よっ。皆様お晩でございます。寿司職人見習いこと国勝でございます。よろしくお願いいたします。本日やっていくゲームはこちら、カイロソフトさんから、海鮮寿司街道やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。りゅうきさんこんばんは、いらっしゃいます。ありがとうございます。けいたろうさんいいよ、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はね、いつもと毛色を変えてね、肩の力を抜いて、最近ね緊張することが随分多かったんでね、緊張感のないゲームをやりたいなと思って行き着いた先がこちらでございます。もうね1時間ぐらい前にポチッと買いましたもう何でもいいからやりたいなと思って、ふと寿司握りたいなと、思った時にね、そういうニーズに応えてくれるのがね、我らがカイロソフトさんですよ。はい、こちらの会社さんはですね、スマートフォンのゲームとかを手掛ける会社さんなんですけれどもね、結構前から PC 版の方もね売っておりまして、でもう結構古いタイトルになるんですけれどもね、こちらをやっていこうと思います。琥珀さんこんばんは。これまた珍しいでしょ珍しいでしょう。今日はね味変でございますよ。いつも同じゲームばっかりしててもね、それもそれでいいんですけど、最近ちょっと凝り固まってたかなと思いましてね、今日はね全く毛色の違うゲームで海鮮寿司街道やっていきたいと思います。完全初見プレイでございますのでね、まったりやっていければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんカイロソフトの方はご存知でしょうか。カイロソフトさんのゲーム何かやったことありますでしょうか。結構そのドット絵の結構いろんなゲームを出しているのでね、何かワンタイトルぐらいはみんな触ったことがあるんじゃないかと思っているんですけど、大丈夫かな、世代間のギャップとかがあったりするのかしらタイトル数すごいんですよね。これも何年前のタイトルかちょっと分かんないですけど、どうなんすかね。ボンスワール夜勤の休憩中メルシー。今夜勤の休憩中ありがとうございますゆっくり見ててくださいよ。食事しながらでもね、BGM 代わりにでもなればなとなってくれれば幸いですんでね、楽しんでってください。じゃあもう早速やっていきましょうか。完全初見プレイなのでね、寿司屋さんのねお店を経営するゲームなのでね、多分いや本当にまだ全く触ってないので、このタイトル画面以外見てないんですよ。なのでどんな感じなのかやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。そろそろ寿司を食べないと死んじゃうもんなそうですね、なんか一瞬別ゲーの香りもしましたけどね。多分ね最初はねお店の名前決めるとこからなのかな。じゃあ空きスロットでねやっていきますんで、よろしくお願いいたします。店の名前だ。店の名前はまず決めるところからなので、わさびナスかミルクレープサバ寿司どっちかにしようと思ってるんだけど、皆さんどっちがいいですか名前っつったらもうそれしかない。わさびナスかミルクレープサバ寿司 どっちがいいんだろうその2つが今パッと出てきた。別に全然他の名前でもいいんですけどね、お店の名前なんで一回名前決めちゃうと確かこれは基本的に変えられないと思うんで、大事なところですよ。このお店の方針にも関わってくる部分なんでね。名は手を表すとも言いますんでね、名前でそのお店の内容も多分そっちに寄っていくんじゃないかなと思う次第なんでね。どうしましょうね。ドラえもんの経営ゲームとかもカイロソフトで出してたような、あった。
結構配信でここのゲームやってるとこありますよね。いや、これ結構ちょうどいいんですよね。うん。すごくちょうどいいんですよ。この、なんだろう。箸休めにちょうどいいって言ったらなんか失礼かもしれないですけど、空いた時間とかに軽い気持ちで遊ぶのにすっごいちょうどいいんですよね。その割にすごいネタの宝庫だったりもするんで、初見の人でも十分楽しめるんじゃないですかね。世代がバレるネタがすっごく盛りだくさんなんで、反応したら負けなところはあるんでね、そこは皆さんの忍耐力が試されるところでございます。悩んだらもうミルクレプナスでっていう手も合体しちゃう感じ。どうしよう。ミルクレプナスか。ラインナップ気持ち悪くないですかミルクレプナスは若干気持ち悪いのでは。じゃあナスクレープにしようか。ナスクレープでいいんじゃない？間違った。お店の名前はナスクレ、あれ待って。あ、いた。ミルクレープワサバナス悪くない。ワサバナスやっぱ合体させようとしてるかみんな。選べないよな、この2択じゃな。もういっそのこと全然関係ない名前でもいいんだけども、もうなんもなければ国かつ寿司、もう噛んだからこれはなしだな。国かつ寿司は噛んだからなし。呼びにくいし、ワイの名前なのに死ぬほど呼びにくいおかしいな、自分の名前のはずなんだけどな。いいな。ワサバナスか。ワサバナス。寿司関係ないじゃん国か寿司、あ、いい。国か寿司いいですね。国か寿司いいぞ。じゃあ国か寿司、みんな国か寿司良くないですか？ちょっと今グッときた。国か寿司うまい。いい。いい。国か寿司良くない？いいね。国か寿司。深いね。これはいい。じゃあこれにしましょう。よし。じゃあお店の名前は国か寿司で参りましょう。ではよろしくお願いいたします。あ、いいですね。このゲーム始まるとだいたいお店に最初にね、案内人の子がいるんですよね。こちらでは江戸前美奈子さんがゲームのチュートリアルの案内をしてくれるようですね。たまにお金貸してくれたりもするので、まあいい女っすよねやめよ、よそ。おはようございます。はい、おはようございます。しまった。ボールがデッドボール狙いの方針がそれこを投げてしまった。大正解琥珀さん大正解やりますね。おはようございます。美奈子さんおはようございます。私は店長のサポート役を務める江戸前美奈子と申します。これからよろしくお願いいたします。こんばんは、寿司街道だ。暇人さんこんばんは。今日もありがとうございます。寿司街道ですよ。お寿司握っていくんでね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、国和寿司と申しますのでね、お店の名前今後ともどうぞよろしくお願いいたします今は小さな店舗ですが、今後は料理や施設を充実させ、日本一の回転寿司を目指していきましょう。素晴らしい。よろしくお願いいたします。困ったことがあったらいつでもメニューのシステムから遊び方を選んでくださいね。まずはレーンを広げて座席を増やしましょう。メニューの建築を選んでください。いいっすね。周りこうぐるぐる回ってる。すごい。なんもないのにお客さん入ってきた。さあ、これ建築をまず選択をする感じなんだね。まずは環境から回転レーンを選んでみましょう。環境、これね。ある。最初からこういう自販機とかも設置できるんやね。いいね。まずこれね、レーン選びます。敷き始めたい場所をタッチで決めると、そのままドラッグでレーンを伸ばせます。座席は自動的に作られますので、今後の店内の配置も考えて伸ばしてみましょう。了解しました。で、ここに置けって言われてる。いや、これ、間違った。これね、操作方法がね、まだちょっとよく分かってないので、
こうして、こうか。なるほどね。画面をこう、つまんでこうスライドする感じね。とりあえず、奥にこのままぐーっと伸ばしていけばいいんじゃないか。こっからなんか独立した。これなんだ変なことになったぞ。座席分かれてるけどこれいいのかしらこれいいのかしら。ダックスフントさんこんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日はね、国和お寿司屋さんとしてお寿司を握っていきますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。これでいけんのか。まずはその回転寿司なんでレーンを設置するんですけど、これで合ってんのか。金額が、最初の資金が50万。ゲージが長いからどのくらいまでいくんだろう。どうなんだろう。今このぐらいまで伸ばして10万円分一回敷き詰めちゃいますか。なんか形変わった。つなげられるんだ。つなげられる。こっからスタートしてなんか変なことになった。なんだなんか変なことになったぞ。なんだこれ。なんかわかんない操作が。かぶってていいのかな。こっからなんか伸びたけど、これはいいのか。果たしてこれで一旦これでいくか。いた。さあ従業員1人に対してとんでもない長さのレーンが今生まれましたが、果たしてこれで大丈夫なのでしょうか。ちなみに今この店何売ってんだろう。既存のレーン選択でつながる。なんか多分既存のレーン選択でいけたのかな今ので。このカイロソフトあるあるでなんか触ってって肌感で覚えていくパターンのやつ今のラインナップこちらです長この長さでいけるかな。ラインナップこんな感じ。いや待ってオレンジジュース1100円ってどういうことだちょっと待って俺の店どうなってる。国和寿司どうした。寿司のラインナップ。でもあれなんだね。いわゆるその一般的な100円の回転寿司ではないんだよね。ラインナップ的にはご当地系のそれなりの値段でやってる多分回転寿司なんだろうね。このラインナップで言うと、大将やってますよ。 DA さんいらっしゃいませ。いらっしゃい。何握りやしょう本日もありがとうございます。今日はね毛色を変えてお寿司握るんですけれどもね、ジュース高マジでそうびっくりした。店長ラインナップ初めて見たけど、本当にこの店これで合ってる。だって海鮮がエビしかねえけどエビしかないんだけどラインナップ海鮮が。あと卵とサラダ軍艦とギリサラダ軍艦に海鮮紛れてる可能性がちょっとあるぐらい。大体カニカマだけどね。大体カニカマか細かく切ったイカの端っこのところみたいなのがちょっと入ってるか入ってないかぐらいのサラダ軍艦とねたまに貝とか入ってるけどね。貝類の切れ端とかね。きゅうりとかんぴょう巻きとおいこの店マジで大丈夫か。せっかくレーン余ってるし乗って流れてくる動画撮って SNS にあげようぜ多分口コミめっちゃ荒らされそうな気配しかない。この店オレンジジュースしかうまいものがねえって言われる。しかもかんぴょう巻きも1100円じゃねえかよ。どうなってんだこの店。かんぴょう巻きなんなんだこれ。美味しさ1で1100円。確かに美味しさ、そっかこれ美味しさか。美味しさ1で1100円この店やばすぎ。おいこれ立て直しで俺ここに派遣されたパターンか。で美味しさ2で1100円オレンジジュース。ほんまや。このツートップ美味しさかすすぎるだろひどい。多分オレンジの入手先がかなりの高級品を扱っている会社さんとか。そういうこと。美味しさ2だけどあれか、美味しさもお寿司として見た時の美味しさだから、多分ジュースと見たら美味しいんだよきっと。お寿司としての美味しさが2なんだよ。お寿司じゃないから。じゃあかんぴょう巻きはちょっともう深く考えるのやめようぜこれ。この店のヤバさがだんだん際立ってくる。で多分あれだよ。じゃああれなんだ、寿司屋を経営するんじゃなくてこのお寿司屋さんを立て直すゲームなんだよきっとちょっとこれ内容見てみるか。とりあえず
内容見れるんでしょこれ。決定で詳細見れるから。調理の手間 D。これさ、かんぴょう巻きさんかんぴょう巻き終わってるよ、もう。これ、調理の手間 D ってこれはいいのか悪いのかわからん。いろいろ見れる。そう。自家製かんぴょう巻き自家製の可能性もなきにしもあらず。これ、強化します。これ、卵を強化します。謎のコマンド。卵を強化というパワーワード。待って、まだ寿司屋としての営業始まってすらいないんだけど、何も物売ってない状態で、もう突っ込みどころが多すぎんだよ。どうしてくれんだよ、これ。物売るってレベルじゃねえぞ、本当に。まだ何も始まってない。もう、寿司屋再建請負人国かす。ちょっと話変わってきたぞ。でもほら、美味しさ5だからさ。そう、美味しさ5で、ちょっと他のとはね、一線を画すからね。今、調理の手間が D と。強化したら、美味しさはもちろん上がるんだろうね。ごめん。そう、卵が先か鶏が先か。卵だけにね。卵だけに。本当に、どういう経緯でこのお店の経営がスタートしてんだからね。前振りがなさすぎて。いろんなものが怪しすぎる。なんで俺、家族人質に取られてるんか。なんで俺この店の経営承諾したんだ。俺頑張りますならんやろ、この状態で。この卵の相性って、相性グラフかな、これは。男の子供に人気と。で、男性の若者と中年まで行くよ。女性は、年配以下は食べるけど、そんなんじゃないかなぐらいのあれなのかな、この数は多分。そういうことなのかな。旨味5。このさ、食、香り、彩りでいいのかなこれ。食、か、菜って多分。旬ってあるんだけど。卵は旬選ばんか。ごめん、今俺、あれだ、みんな、失念してた。寿司屋だもんね。お魚だから旬あるんだよね。ごめん、今すごい変なこと言ったんだけど、魚ラインナップなさすぎて、そうだよ、お魚がメインだから旬があるんだよね。ちょっと待って、今、みんな一回落ち着こう。そう、お寿司屋さんだから、旬があるわけですよ、お魚って。そう。だから、カレーだったら、寒い時期の方を、寒い時期が春先にかけてたよね、とかさ、秋になればサンマとかが出てくるよね、とか、青物の時期とかもありますよね。ちょっと待って。そうだよ。寿司、みんな寿司のゲームだから。旬があって、食い物だから旨味ゲージがありますよと。待って、旨味ゲージ、青のゲージめっちゃ、これ1ミリなんだけど、ゲージミリなんだけど、最初だから。じゃあ、かんぴょう1って本当にほぼ1じゃん。このミリで言うと多分これ 100% 分の1とかっていう。一回ちょっとやめよう。ちょっと。板前寿司なのかも。そう、板前さんもいる。これ多分人も雇うんだよ、このゲーム。確かね。多分、どんどんゲーム進めていけば、立派な板前さんに来てもらったりとかもできるはずだから。そこも目指していこう。でも、ツッコミどころ多すぎてゲーム進まねえんだよ。カイロソフトさん。よし、進めよう。黙っててもツッコミどころどんどん増えていくからみんな。落ち着こう。大丈夫。まだ始まったばっかりだから。もうツッコミどころなんかね、無限に出てくるから、この先。こういう感じですよと。使った食材、卵。舐めてんのか目利きとかあるけど、卵に目利きもクソもない。もう国数殺しで、このゲームツッコミともね。ツッコミが止まらない。進まない。ね、食材複雑なのもあるからね。こうやるんだよ。マジで1ミリも進んでなくて笑う。まだ卵しか見てないんだけど。1年4月の午後1時半から進んでないからね。13時半からゲーム一周も進んでないから、もう進めよう。こんな感じで見れますよと。素材見れますよと。なるほどね。で、甘エビなんだね。美味しそうだね、こうやって見るとね。そう、カイルソフトさんドット絵のゲームなんだけど、やっぱドット絵がいいんですよね。食い物系のゲームすごく多いんですよ。みんな美味しそうなんですよね。スマホでラーメン作るゲームやってたんですけど、それも美味しそうなんで。これも手間 D で美味しさ5と。卵が300円で、エビは500円だね。
まあこの世界観だとこんな感じなのかな。甘エビはやっぱ女性の方が人気あるんだね。うん。多分甘エビっていうぐらいだから、エビも種類いっぱいあるんだろうね。食って食感かな、もしかして。これ多分口のアイコンなのかな。旨味が2で食感が良くて、彩り、香りもまあまあで、彩りがちょっとあるんだね、これ。ツッコミにも旬があるかもしれない。いや、多分ね、春夏秋冬に合わせたツッコミが飛び交ってくると思うよ。これ、ワイの体力持たねえんじゃねえか、これ。今日さ、ごめん、カイロソフトさんのゲーム単発でやるつもりだったんだけど、1回で終わんねえんじゃねえか、これ。下手するとこれ3回とか4回とか平気でありそうなボリュームを感じる、これ。みんなごめん、これ単発のつもりだけどシリーズになるかもしれん。タイトルにシャープ1とか何も入れてないんだけど、後でタイトル直すかも。やべえゲームにちょっと手をつけてしまったかもしんない。こんなつもりじゃなかったんだけどな。なんたって開始して10分15分1ミリも進んでないからね。ちなみに甘エビの旬は冬だそうです。ね。あれなのかな、味が濃くなるのかな。寒い時期になると味が濃くなったりとかするんでね、魚介類、ものによってはね。そういう楽しみ方もあるんじゃないかな。まあ使う食材は甘エビですよと。いいね。サラダ軍艦は300円と。海鮮そのものじゃないやつは300円スタートなのかな。女性全然食わんやん。嘘じゃん。男性人気しかないけど嘘でしょ。サラダ軍艦って女の子も食べるでしょ。食べないの？嘘やん。おい、突っ込みたい。ちょっとこれ今突っ込んだら多分もう止まんないけど、どうする？サラダっつってアイコンの違うサラダ2つ並んでんだけど、どうする？これ触れない方にしようか。進まないよね。でこれ一回するしよう。ちょっとこれ多分後で分かるから、きっと後で何か分かってくるはずだから。くそ進まねえ。全く進まない。あと酸欠になるわ、こんなのね。恐るべししゲームだ。突っ込んでるうちに鮮度バチクソ落ちてそう。笑いの鮮度はね、今叩いておかないと多分後から落ちてくる可能性も。いや、スルーしても落ちねえか。どんどんスルーして先々進んだ方がいいかもね。恐るべししゲームだ。本当にそうよ。ね。ざわ、ツッコミ殺しのゲーム。体力が持たないし、酸素が足りねえ。だね、進んでないんだって。そんなこんなで今9時も26分30分に差し掛かろうとしております。ネタをどんどん強化していくと値段も徐々に上がっていって、やがてそれは高級品になりそうね。これそっか、カイロゲームごめん、ちょっとネタバレになるんだけど、カイロゲームズさん多分ね、これもね例に漏れないと思うんだけど、強化していくと価値が上がってて値段も順次上がっていくっていうね、なんか謎のシステムがね、今までの飯ゲーではカイロソフトさんみんなあったんだけど、寿司もそうなのかな。この画面のさ、伸びしろ見てほしいんだけどさ、多分このピンクゲージに対してこの空欄まで伸びるんだよね。これがごめん、一瞬消えたけど空欄まで多分伸びるんだよね。これ値段えぐくなるんじゃないか、このサラダ軍艦ですら。多分3万円ぐらいにはなりそう。まあキュウリの美味しさ6なんだけど、なんか待って、他の寿司ネタよりキュウリの方がうまいってどういうこと？意味がわからん。これ食感が振り切ってんだ。食感が6なんだ。なるほどね。誰も好きじゃないけど、なんかもうキュウリに対してお前のこと誰が好きなん状態になってるんだけど、男も女もゼロなんだけど。でもほら出た、このキュウリ、このちっちゃいキュウリ、何それ、わけがわかんねえ。マジちょっともう次行こう。で、かんぴょう巻きね、美味しさ1のくせに1100円とか意味のわかんないやつね。男性も女性ももうなんなら嫌いまであるけど。カイロソフトさん、ペースト配分って知ってる？ゲームスタート時点でネタが多すぎてさ、寿司ネタだけにっていうことなのかもしんないけど、年配の人好きだわ。年配の人好き。ここら辺嫌われすぎだろ。本当にそう。みんな、そう年配オンリーっていうとがり。子供は確かに食わんわな。確かに子供は食わんよ。それはね、わかる。子供は食わんわ。ワイらも食うかって言われたら、嫌いじゃないけど興味ないぐらいの。だからあれだから、合ってるか。ね。香りが4なんだけど、
あれなのか、若いうちはその、かんぴょう巻きの香りとかってピンとこないけど、あ、でもね、たまーにかんぴょう巻き食いたくなるときはある。なんか香りを食ったときにかんぴょう巻きの匂いっていうのがなんか、ある気がするわ。言われてみればね。勉強になるね。かんぴょう巻きの魅力は香りなんだよっていうのがね。刺さんないわ、マジで。年配男性に一つマークがついてるだけである。そう。年配の人は食えるものしか食わんから1100円でも売れるだろうというカーイロソフトさんのちょっと悪辣なこのゲームのセッティングをした人のちょっとやめようぜ。深掘りすると良くないかもしれない。で、これだよ。九段のオレンジジュースだよ。美味しさ2の1100円。いや、ワイはさっきも言ったけど寿司としてのうまさ。でもほら今さ、年配の人にだけ刺さるから、年配の人にだけ刺さる評価のかんぴょう巻きだったじゃん。だからその刺さる層の幅とかも関係あるんじゃない？もしかして。だからこれ子供向けた幅が狭いからその美味しさのレベルが低いのであって、かんぴょう巻き1だもんね。だからあれなのかもしんない。価格もあれだよ。だから刺さる層に対してもう君たちこれしかいかんでしょみたいなちょっといいかもう先行こうか。ほら子供人気ほら層がさ、層のほら縦幅が狭いからいいのかもしんない。もしかしたらパックが1100円ならそこの自販機で200円ぐらいで缶で売ってそう多分自販機設置したらみんなそっちで買うで。あ、そうだよね、自販機あるもんね。彩り4ってあるんだけど、まあ子供はねパッケージで買うから、アンパンマンが印刷されてるジュースを飲みたいっていうよりアンパンマンジュースが飲みたかったりするから、子供は。そういうことだよ、きっとそういうことだよ。使った食材オレンジジュースってもう完成品だからね。だから入荷したのそのまま置いてますっていうことよな。まあラインナップはこんな感じよ、要するに。いやーすげえね。でお店ゲームスタートしてから多分1時半から全く回ってないんだけど、じゃあそろそろまあ一旦見てほらゲームスタートして流れてる皿が今表示された。ちょっと一回様子見よ。やっと皆さんお待たせいたしました。やっとゲームが進みました。お客さんの名前が下に表示されるんだけどキャンパスライフ大学生って書けお客さんの名前をジャンル分けなんだろうけど、大学生って書きゃいい。なんだキャンパスライフって。ちょっとバカにしてんだろちょっとお客さんのことバカにしてね。カイロさん頼むよ、頼む。ツッコミどころ追いつかねえんだよ。突っ込む人ワイしかいないからさ、手加減してくれ。手心加えてくれ、頼むから。私が初めての客のようですね。はい、もういらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、ポケモンみたいね、短パン小僧とかねそのジャンルだよねいそう。キャンパスライフ普通にいそうなんだけど、ポケモンでいそうだわ本当に。おもろ。もうねだいたい疲れてきたよ。まだこのゲーム始まってからね誰も寿司食ってないからね。どんなお寿司が流れてくるかお茶を飲みながら待ちたいと思います。まだこいつ茶しか飲んでないからね、ゲーム始まってから。誰も寿司食ってないし、誰も寿司触れてない。板前は寿司握ったのか。サラダ軍艦だったけどよし、じゃあちょっと時を進めましょう。というわけで、はい、ゲームスタートしました。なんか満足度が今ゲージ増えた。女の子も来ました。これ紙パックのジュースかな、今流れてんの。お寿司手に取ってんのかな、これ。板前寝てんだけど。税込み1260円。これさっきの、ね、金額税別だぞ多分今1260円で売れたってことは販売価格は税込みだぞ今売れたのはなんだろう、サラダ軍艦かな。なんだこれ、なんて読むのこれ。魚川岸ヘッドライン最新号が発行されました。なんだこれ、なんて読むのこれ。漁船岸ヘッドラインとかな、そんな感じなのかな。読み方は分かんないんで誰か教えてください。
読者の皆様はじめまして。はい、はじめまして。本誌は魚に関するホットな話題をどこよりも新鮮にお届けする新しいタイプの情報誌です。今後はよろしくお願いいたします。いいですね。やっぱ鮮度は大事だからね。はい。おいで。さて、最新の話題です。以前から開店準備を進めていた、先駆け国和市が、ついに本日オープンいたしました。ありがとうございます。なんか早速取り上げてもらってますね。あれなのかな、お店の紹介してくれた女の子がいろいろ話進めてくれたのかな。ちょっとドア閉めようかな。なんか笑いすぎで隣から壁ドンされそうだから。ちょっとね。よし。OK。ちゃんとドアを閉めまして。新しくできた回転寿司屋さんに、近隣の住民も、興味津々。早速お客が訪れ新鮮なネタを味わっている模様です。今後も新たな動向をお伝えしていきますのでお楽しみにということでね、情報誌にも載りました。ありがとうございます。これからお客さんがバンバン入ってくることでしょう。夜の8時でございます。開店初日だからこんなもんかね。とりあえずね、普通に自販機で、待って、今自販機で1190円とかなったけど、これ自販機のラインナップどうなってんだ。すげえな。お、ファンアップ。なんだこれ。この卵結構美味しい。俺ファンになっちゃう。いい子。なんだ、キャンパースライフくんめちゃめちゃいい子じゃん。ありがとね。ファンになってくれたか。みなこさんやりましたね。お客さんが料理に満足してファンになってくれました。なるほどね。美味しさが高いほど満足しやすく、料理との相性も関係しているようです。そっか。子供じゃないけど若い男性に結構人気あったんだっけか、卵は。どうだったっけ。人気も上がった。人気13アップだって。待って、24時間営業なんじゃね。今午前の5時とかだけど。ここが先駆け国和市か。ちょっとお腹いっぱいだからジャンケ的利用して帰ろうっと。そんなことあるんだ。いやいいだろう。いや使ってってくれ。もうあえて突っ込まん。もう多分ね、これ突っ込んでたらね、多分キリがなくなるからいい。いや喉乾いてんだろ。もう買って飲んでって。いいよ。お客さんが食べ終わりレジで食事代を支払いました。ありがとうございます。ありがたいですね。食べたお寿司代金は、帰り際にレジでまとめて支払われ、私たちの手元に入ります。なるほど。人気のお寿司をおすすめに設定してより多くの売り上げを狙っていきましょう。設定なんかできるんだ。さらに画面右上の寿司コイン、この10って書いてあるやつかな、これかな。寿司コインをもらいました。この後意味を持つことになりそうなので大事にしましょう。この寿司24時間営業だね。板前さんちょっとブラック企業な。やべ、ちょっとブラックな感じがする。売上ランキングとかこんな感じで出るんだね。流れてる皿はこれで見えてと。ほう。店人気39とかいろいろあるけど、とりあえずあれなのかな。10万使って、誰だ。はじめまして、築地市場の方向から来ました。ざっくりだね。ざっくりだね。築地鮮魚店さん。お店さんだね。卸業者かな。よろしくお願いします。美味しいお寿司を作る秘訣はとにかくいいネタを組み合わせることです。なるほど。当店は新鮮な食材をいろいろと取り揃えてますのでぜひご利用ください。それでは売り込みだね。鮮魚店と知り合いになりました。素晴らしい。いいっすね。訪れる場合はメニューの購入を選択しましょう。そういうこともできるんだ。季節によって出回る食材が違うようですのでたまに見てみるといいと思います。じゃあ早速見てみようか。1個増えたね。いらっしゃい。いろいろと取りを揃えております。すげえ、鮮魚店おもちゃ売り場売ってるぜ。みんなどうする。突っ込ませる気しかないんだけどこのゲームどうする。おい、魚がねえぞ。ちょっと待った。魚がない。鮮魚店なのに。ごめん、ちょっと一息つきたい。ですね、ちょっと話が変わりますが、今日はでもあれか。
エナジードリンクの方もね、今日用意しておりました。すいません。レッドブルの巨峰フレーバーいつものやつ飲みながらやっていきますんでね。いつもの失礼いたします。爽やかな音からいただきます。非常に美味しい。非常に美味しい。良きですね。目が覚める。すごいな、今日、肩の力を抜いてまったり遊ぼうと思ったら、下手するといつもよりも体力使ってるまである。ここまでで。まだ1時間経ってない。30分ちょいしかやってないんだけど、だいぶ疲れたね。一応ラインナップのあれ見ていく？笹の生垣15,000円。置いた周囲の魅力が。なるほどね。設置するとなんかいいことがあるんだな。おもちゃ売り場15万かな。おもちゃ売り場が建築可能。お寿司以外のラインナップを増やしていく感じね。でさ、粉抹茶はまだわかる。食塩水って何？抹茶より高いこの食塩水ってなんだ？みんな助けてくれ。助けてくれ。もう止まんないツッコミが。もう、いや、でもどっから季節アップの玉ってなんだこれ。季節に使ったパワーアップ。強化アイテムか。これは多分強化アイテムなんだな。これ寿司の強化にも使えるのかな。どうしよう。一旦全部待って、在庫あるじゃん。待って、全部在庫あるじゃん。どういうこと？食塩水は生物系の食材をパワーアップ。これパワーアップアイテムだ。在庫はお店の在庫だ。所持数はゼロだ。じゃあ一旦これ買ってみようぜ。待って、今買ったら値段上がったぞ。で、これも買って、やっぱ買うと値段上がるんだ。ビックラポンテコットということは、じゃあおもちゃも売りも買おうか。これも買おう。めっちゃ工事業者の方、新たにおもちゃ売り場が建築可能になりましたよっ。いいね。買えるもん一回全部買っちゃうか。何も考えずに。で、生垣だけ厳しい。ちょっとこれは後回しにしよう。ラインナップ増えたから。次までにお魚を入荷しといてください。お願いします。で、今いろいろ買いました。さあ、建築できるものが増えましたよ。調理場増やせるじゃん。待って、調理場増やせるってことは板前さん増やせんじゃない？違う？待って、これでしょ？おもちゃ売り場。とか、これ建築するのにもお金かかるんだ。待って。サラダバーあるじゃん。魚資料館。ちょっと待ってね。何を目指してるんだ？こっちに空きの空間あるね。どうしようか。じゃあちょっと、いろんなラインナップを、ちょっと、こっちの空間に作ってみる。でもこっちも空いてんだよな。こっち壁際空いてから、ここに一旦なんか、いろいろ並べてみるか。サラダバーとかこの辺にあってもいいんじゃない？試しにサラダバー置いてみよう。待って、ごめん。おもちゃ売り場買わなくてもビックラポンあったわ。ビックラポンありました。最初から。なんだよ、あるんじゃん。一旦ビックラポン置く？寿司屋の出入り口絶対あるもんね。置かなきゃ無作法というもの。はい。画面をスクロールしながら、立てる場所を選びます。建物をタッチしながら動かせば細かい調整もできます。こういうことか。なるほどね。これ回転はこれ押すのか。なるほど。物がもうあるところには置けないんだ。なるほどね。これ2方向だね、置ける向きが。いやー、なんとも言えない。
置けるとしたらここしかないんだけど、どうなんだろう。個人的にここにはサラダバーとかを置きたい気持ちがある。いやー、どうしような。サラダバーってちなみに何マス使うんだろう。サラダバー。これだね。これも3万。ガチャポンとサラダバーの値段が一緒でどういうことよ。一旦この辺、自販機の前を、なんかあれだね、1個開けとくか。ここにサラダバー1個設置。これって2個ぐらいあってもいいのかな、見栄え的に。どうなんだろう。いらなければ後でばらせばいいや。ドン。OK、サラダバー2個設置。で、あとは、ガチャペン。ビッグラポン。ビッグラポンじゃここでいいか。ビッグラポンってあれか、商標登録されてんのかな。で、ここに設置。金がなくなる。一旦これで様子見る。さあ、どうよ。施設を設置しました。お客さんが利用すると料理以外の副収入が得られます。副収入扱いなんだ。お店の人気アップの効果もありますが、維持費もかかるので、おい、ちょっと待って、維持費かかるって聞いてないんだけど。これ金大丈夫かこれ。当然じゃ当然か。サラダバーなんかそうだよな、特にな。気をつけて設置していきましょう。やばい。赤字の影が見えてきた。おい、大丈夫か。みんな見て。街こんな感じだ。なんたらヘッドライン。国和市の店内に新しくカプセルマシンが配置されました。素晴らしい。地元ケーブルテレビではそんな話題になることか。地元ケーブルテレビで話を聞いた近所の大学生は、カプセルマシンがあるとはいいね、バイト帰りに寄ってみようかなと独り言をつぶやいていたようです。ラインナップ相当いいのかな、大学生がわざわざ来るってことは。店内の施設が充実するほど新規の利用客も増加しそうですね。いいね。なんかこういうさりげないアドバイスがどんどん出てくるのはありがたいですね。なんか結構広いね、マップが。店広がんのかな、ここから先。楽しみですな。これ本当に大丈夫か。序盤赤字になりそう。さあ、ゲームを始めて、甘エビ、まだ海産物を1枚しか売ってないんですが、寿司屋としてどうなのかというところは、一旦置いておきながらね。あとやっぱり流れてる皿の量が少ないな、圧倒的にね。やっぱり人は増やしたいな。ははー、明太パークも欲しい。どんどん増やしたいですな。売り上げがやばい。待って、今日じゃない、今期って書いてんだけど、今期の営業が終了しました。合計11皿の販売で売り上げは5850円になりました。この後お店は閉店して、季節は夏に変わります。時間の流れ的にはそういう感じでいいのかな。ネタの旬も変わるため、メニューの経営からおすすめを変更してもいいかもしれません。この世界の時の流れがちょっと怪しいぞ。一応閉店した。人がいなくなった。何？季節変わったっぽい。なんか左上のなんかこの辺のアイコンがなんかすげえ変わった。ヘッドラインが更新されました。再進行。はい。全国の寿司屋経営をしている方に朗報です。なんと業界でも有名な寿山食べ郎さんでいいのかな。寿山食べ郎さん82歳が商売繁盛の秘訣を語ってくれました。美味しいことは必須じゃが、お客さんは好きなお寿司には高い金額を払ってくれるんだよ。特に子供には卵、ご老人はあんこがおすすめ剤。待て寿司の話してた。あんこ、ごめん、盛岡の寿司屋であんこ流れてるのってあんまり見たことないな。スイーツの流れにはあるけど、みんなの住んでる県とかにはあんこの寿司ってあるのかい。あなたのお店でもおすすめに設定してみるといいかもしん。新米ってなんだよ。あんまり聞かん。もう長そう。次行こう。
まあこんな感じで進めていきますよと。なんか維持費とか減っていくとさ、このままいくと赤字の可能性全然あるね。こういうのもあるんだ。ほう。維持費が800円で、基本料金2500円。じゃあお客さんが1回使えば元は取れるからそんなに気にしなくていいんだ。これでいろいろ見れるね。で、カプセルマシンも1人使ってくれれば大丈夫そう。維持費はなんとかなる。これ自販機飾りじゃねえか。選択できねえぞ。なんだよ。季節変わったから。なんだこれ。刺身包丁。刺身系の食材をパワーアップ。これも買っとくか。購入。一旦これで。しばらくはあれだね。お金が増えないとちょっと危なっかしくていろいろ増やせないね。一回セーブしとこう。 OK。 なんかこうやって見るとお店の外人自体はいっぱい歩いてるね。店長、お店も軌道に乗ってきたのでそろそろ新しい商品メニューを開発をしてみませんか？いい提案、ナイスです。業者に発注していた開発室が届きましたので。開発室が届く。こちらを立ててみましょう。これどういう扱いなんだろうな。まあ深く突っ込むのはやめよう。開発室が建築可能になりました。素晴らしい。やっていこうか。開発室を設置しないことにはじゃあ新商品とかはどうしようもないってことか。まあトリマ建築してみるか。聞いてみると街中の真ん中の方にある森ほんまや確かに道ぐるって囲んで森えぐいでしょこれ。もうコード突っ込みどころが多すぎるよ。これか。開発室ってあるけどなんかあれだね。プレハブってことなんか衝撃の事実が次々と。あれこれ開発室さ、25000か。いける。じゃあ開発室をどっかに設置したい。どうする？まあどうしようかな。まあこの辺に適当にまずは適当にどっか置いとこう。適当にこの辺でいいんじゃないか。一旦ね。この辺に置いとこう。置きました。こっちあれだね。作業部屋っていうかバックヤードみたいにいろいろその根臭いものっていうかお客さんにあまり見られたくないものを置くのはいいかもしれない。開発室が完成しました。新商品の開発には職人が必要です。今回は知り合いの方に来ていただけました。のり巻きタラバいい名前だ。のり巻きタラバいいね。お寿司屋さんになるべくして生まれてきた名前だね。はじめまして。精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。いい名前ですね。のり巻きタラバさん。カニ好きそう。商品開発の準備が整いました。メニューの料理から、新商品を開発するを選びましょう。さあ話が進んできたよ。来た。新商品を開発する。まず開発するお寿司の種類を決めます。なるほどね。軍艦巻きとかいろいろあるからね。握り寿司とかね。形によって選べるネタが変わってくるようです。握り寿司。伝統的なお寿司。旨味が味わえ食感も楽しめる。寿司ネタ1個とトッピング2回で開発。トッピングっていうとわさびありのかとかなしとか。軍艦巻き。平均的な味わい。こっち平均なんだ。さっきのも平均か。まあ伝統的なか。いろいろ違うんだね。軍艦のみ使える寿司ネタも多い。サラダ巻きとかそういうことか。なるほどね。寿司ネタ2個とトッピング。2個なんだ。それできゅうり2個とかなんかよくわかんない。サラダ2個とかいう形になってたんだ。そういうことね。巻き寿司、かんぴょう巻き系だね。はい。海苔で巻いたお寿司。彩りよく風味豊か。利益が高い傾向です。めたいな。お寿司の種類4種類作れます。今だと握り寿司が2種類。軍艦巻きが2種類。で、これなんか、巻き寿司が4種類作れますと。いいね。
寿司ネタなしネタなし。じゃあ寿司作ろうか。まず寿司ネタが少なすぎるからちょっとお寿司のネタいこう。さすがに新商品の設計を始めます。これ寿司の話してんだよね。設計とか言い始めたけど、まずはベースにするお寿司を選んでください。はい。なんでこれ、甘エビベースにするか。開発費3万とか言い始めたけど、店倒産しない？大丈夫？次へ進む。最後に今回の新商品を調理する職人を選んで開発を開始します。本当にいけんのか。参加、調理力20、目利き、もう1名とかなんかいろいろ分かんないのあるけど、そもそも選べないからね。ドニマキさんしか選べないから、まあいいのかな。これでとりあえず行きますか。分かんないから。じゃあお願いします。お任せください。美味しいお寿司になるように頑張ります。これ一つよろしくお願いいたします。お客さんの見えるところで、こんな無駄に広い空間空いた端っこのところで一人黙々と商品開発をね、そのお客さんを尻目にやってるわけだ。今この女の人もちらっと見えてたんだろうね。あのおじさんあそこで一人何やってんだろう。売り物じゃないけどなんか一人でずっとお寿司握ってる。何作ってるんだろうあの人。なんかダンディーなおひげのおじさん何やってるんだろうって多分思ってる。作品のベースがほぼできましたので、次はいい食材を見つけるために市場に行きます。おい、この店大丈夫か？順番おかしいぞ。職人の目利き能力と寿司コインが多いと。出た。ここで寿司コイン使うんだ。とてもいいネタを入手できる場合があります。それではのりまきたらばさん、よろしくお願いします。この日のためにコンタクトレンズを慎重に新調してきました。必ず特上品を仕入れてきます。心配だ。何とは言わないけど心配だ。頼むぜマジで頼むよ、いろいろと。おい、まず視力良くないじゃん。目利きっつってんのに。あとちょっと冷房効いたか。ちょっと冷房効きすぎたか一瞬。頼むよマジで。難しいとか言ってんだけど、贈呈寿司コイン。これ寿司コインさ、0でも5でも一緒なんだけど、10でも一緒なんだけど、これ寿司コインつけない方がいいんじゃないか、もしかして。寿司ベース握りおじさん、見せ物と化する。もう一種のね、マスコット的なやつか、名物おじさん的なやつかもしれない。もう0でも5でも10でも難しいってなら0だよ。じゃあ目利きスタート。いってらっしゃい。甘エビ熟練度。なんか出た。なんか点数ついた。なんか経験値得た。なんか寿司コインもらえたのかな。なんだこれ。おいがっくりじゃないんだよ。なんだそれ。目利き評価22。でも最初だから劣悪な品を選んでしまいました。いいの？それお店に並ぶんだけど。ほら見て、このお店の白髪のおじさん超真顔だよ。このヒゲのおっさん大丈夫か？なんかすごい目こすったけどみたいな。このおじさん目悪いんじゃないか？大丈夫かこの人。勝負は水物と言います。こんなこともありますよ。もういいや、進もう。いい、もう間違いなんか誰でもあるから。もういい。次行こう。料理で挽回しますのでご勘弁を。くそ畜生め。今サラダバーで3000だか4000ぐらい買ってる人いたけど、出せるところでサラダバーだけ周りにぐるっと囲った方が稼げる説ある。試作品のベースができました。さらに美味しくするために食材を追加しましょう。いいね。トッピング追加ってあるけど、なんかいろいろできる。何これ。岩塩1万円。1万円の岩塩。1万円の七味。1万円の刻みのり。こっからよ。1万5000円のマヨネーズってなんだよ。
でもマヨネーズと甘だれかけときはうめえんじゃねえか。甘エビだよね、選んだの。甘エビ初ってなんだ。相性か。やってくとあれか、相性分かるようになってくるのか。なるほどね。ちょっとガチめに行くか、じゃあせっかくだから売れたいからね。マヨネーズと七味の組み合わせで外れることはまずないと思うんだ。あんまりその甘エビにかかってるのは見たことないけど、普通のエビとかはあるけどね。でも案外甘エビにマヨネーズ七味合うんじゃねえか。それでいこうぜ。マヨネーズ七味。あ、待って、調理レベルが、あ、ダメだ、いけない。開発続行できない。職人の調理能力が不足しています。何が難しいんだよ。言ってみろ、お前。何が難しいんだ、お前。マヨチュッてやって七味ペッてやるだけじゃねえか。何が難しいんだ、お前。言ってみろ。おい。何なんだよ。何なんだよ。くそー、俺の心を乱す。ちょっとドリンク飲んでちょっと落ち着きますね。進まねえ。1時間経っつってゲーム始めてから進まねえって。メニューコンサルの人事から修行に出すと、調理能力は成長するようです。なるほどね。仕事を覚えさせることができると。くそー、どうすっか。一旦マヨかけとくか。一旦マヨだけかけとこう。これでいけんでしょ。じゃあこれでいこう。お願いします。よーし、もう一頑張りだ。完成が楽しみです。タラバさんよろしくね。君だけが頼りだよ。今のところね。今のところ君が頼りだから。こんにちは、お邪魔します。私は日本お寿司連盟のものです。なんか偉い人来た。偉い人来たよ。お寿司連盟代表いきなり来たよ。いいのか、いきなり代表来て。こんなよくわかんない店に。連盟はお寿司の普及と業界の技術向上を目指し、全国のお店を厳しい目で審査し、今厳しい目で見られたらちょっとしんどいか。半年ごとにランキング形式で発表しております。なるほどね。先駆け国勝寿さんの登録も完了いたしましたので、上位に食い込めるように頑張ってください。次回のランキングは来月に発表されますのでお楽しみに。それでは。さあ、話がどんどん進んでいきますね。なんかさ、キャンパスライフくんのなんか評価が今端っこの方でめちゃめちゃ下がってたんだけど、キャンセル2回ぐらい食らってなかったか。大丈夫これ。ヘッドライン最新号が発行されました。国勝市でお客さんの注文がキャンセルされる事態が発生しているようです。もう早速じゃん。大丈夫かこれ。待って、どういうことだ。匿名希望の声によると、料理は美味しくて満足しているのですが、注文しては届くまで遅かったりしてキャンセルしちゃうんですと原因を語ってくれました。うわ、調理場を増やしたり、調理能力の高い職人さんを配置すると解決されそうですね。うわー、さっき言ってた問題が早速噴出してきた。マジか、人増やせって。回ってねえんだ全然。これ急務だね。お金足りる？ちょっと待って。これなんて建築か。15,000円でいける。人増やそう。調理場で作られた料理は目の前のレーンに流されます。調理場は回転できるので、レーンに合わせて向きを変えてみましょう。了解です。こういう感じので回転ボタンをこう。あ、そっち向きもいけんじゃん。とりあえず席2つにしてみる。これでよし、席2つにしてみました。こんにちは。店内のサラダバーを利用しに来たのですが、お寿司が美味しそうで食べることにしました。あ、嬉しいですね。逆にサラダバーだけで食いに来てたのか。あ、ケタロさん、おやすみなさい。国和氏が繁盛する夢を見てきます。適当。おやすみなさい。お疲れ様です。じゃあ、ケタロさん、今日もありがとうございました。いや、繁盛するといいね。この配信というか、多分パート2やりそうな気配がもうすでにあるので、次回お楽しみによろしくお願いいたします。ケタラさん、今日もありがとうございました。ケタラさん、いい夢見ろよ。お疲れ様でございます。またよろしくお願いいたします。明日もね、忙しいかもしれないから頑張ってね。おやすみなさい。じっくり休んでね。
さあサラダバーをご利用のお客様、お寿司を食べると。今日は朝からダイエットをしていたので味の方も期待していますよ。施設につられてお客さんがやってきました。いいね。今後はインテリアも配置してお店の人気をアップさせてお客様をもっと増やしましょう。了解です。サラダバーの売り上げがさ、一発で3000、4000平気で超えるんだよね。すごいな。さあ、お寿司ラインナップ。これちなみに、キャラクターの、ちょっと待って。話がどんどん進んでいく。試作品が完成しました。早速試食会を開いて味を評価しましょう。来たぜ。鮮やかな香りだ。君は誰だい？学生かな？学ラン着てるから。マヨネーズがいい味を出していますね。よしよしよし、いいぞ。マヨネーズが甘エビを生かしています。ちっちゃい女の子を生かしていますとか言うんだ。美味しさ5、価格500円。一緒じゃね？なんか実績解除した。えいお待ち、始まりの一家だって。マヨエビ。解明できる。マヨ甘エビにしとこうか。なんか、エビはまた出てくるんだろうし。マヨ甘エビ。これでいこう。OK。お、ひまじんさん。国が寿司自分もこれで失礼しますね。明日は遠くに仕事なので、昼終わりだけど寝ます。寝ながら、グーボカンコルベットの装飾付け配置します。寝ながらか。了解了解。じゃあ、ひまじんさんも今日もありがとうございました。お疲れ様でした。ねえ、コルベットの方も頑張って作ってくださいね。お仕事もね、明日頑張ってください。いつもあれ遠出だから大変だね。体調に気をつけてくださいね。ひまじんさんお疲れ様でした。ありがとうございました。ひまじんさん今日もいい夢見ろよ。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。じゃあ甘エビを、保管したいと思います。保管 OK。 新商品が完成しました。優先的に例に流す場合おすすめに設定しましょう。話がやっと進んだね。 OKOK。 お、話進んだじゃん。のでじゃあ料理のマヨ甘エビ、こいつを設定してどうすればいいんだ。どこで設定するんだろうこれ。これの設定の仕方がわからんな。経営かな。あ、これだ。おすすめがある。この画面でおすすめ料理を2つまで設定できます。ほうほうほう。設定した料理を優先して作りますので、利益を取るか満足を取るか手腕が問われそうです。なるほどね。じゃあマヨ甘エビ売りたいね。せっかくの商品だから、じゃあこいつをガンガン売ってこう。なんか利益がどうのってちょっと倫理観が問われるところか。どうなんだろうこれ。シンプルに売り上げ上がるのかな。まあ若いなんかちっちゃい女の子いるし、まあジュース流しときゃ売れんじゃねえか。よし、じゃあこれでいこう。おすすめ料理を設定しました。お客様の反応が気になりますね。いや楽しみやね。山奥でした。山奥、仕事場山奥大変。そんなことあるんや。大変ですな。ほんと気をつけてくださいね、山行くの。ねえ。山奥か、大変だな。車で行くのかな。ねえ、自然豊かな場所ね。今の時期虫もいっぱい飛んでるからね。あと虫刺され対策とかしてってくださいね。ほんと大事。カモヤだけどアブとかもね、怖いですからね。気をつけて、本当に今実際気をつけていってね。なんか最近はその自然と都会の距離が全然近いようなイメージがある。クマも降りてくるしさ、なんかあんまり見なかった虫もその辺普通にいるしさ。この間久しぶりに職場でカミキリムシ見たよ。しかもでっかいやつ。手のひらの半分埋めるぐらいの大きいサイズの。マジで怖い。都会とか田舎関係ないもんね今ね。忘れてた。いいねポチ。ケイタロウさんありがとうございます。皆様ぜひぜひいいねボタンの方を押してくれればモチベーションになりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。いやー本当はね、配信者たるもの間に挟んでいくのが本当なんだろうけど、最後にしか言わんからね、大抵。ケイタロウさんありがとうございます。嬉しいぜ。嬉しいぜ。
申請、ヘッドラインがまた出ました。じゃあこれ読んでいきます。高評価8回押しました。8回どっちだ？押して解除して、押して解除して。偶数だから解除なんじゃねえか、それは。それは解除なんじゃないか？奇数回でいいんだよ。0から押すなら奇数回でいいんじゃないか、多分。ぜひグッドボタンの数が増える方向で、ぜひお願いいたします。またグッドボタンでそうやって遊んで、もう、国風のことそうやって持って遊ぶんだから、全くもう。ね。国風市で新商品が登場しました。早速ね、話題を重なっておりますよ。その名もマヨ甘エビ。早速挑戦者1号と言われる OL さんにご感想を伺ったところ、まったりとしていてしつこくない。私の気分もゆったりしてしまいます。しつこくないのか、あれがカロリーオフのマヨだったのかな。深い味わいを語ってくれました。素材が旬を迎えている際に商品を開発するとうまくいくとの情報もあるので、なるほど。作るタイミング大事か。国和氏から次の新商品が開発されることを期待しています。いいこと聞いた。旬のタイミングで作るとプラスなんだ。なるほどね。記事に、掲載されたお店の人気が大幅アップしました。そんな上がるんだ。人気5アップ。いいね。素晴らしい。なんかだんだん寿司屋さんっぽくなってきた。いい感じじゃない。夏休みに入りました。外食産業に活気が出てお客様が多く来店しそうです。いいね、素晴らしいですね。ということは、寿司職人もう一人増やした方がいいか。ワンチャン増やせる。今期の、全国寿司ランキングが発表されましたよ。何点が獲得できるかドキドキしますね。一発目だから点数がどのぐらいかっていうのが全然わからん。わー、情報がまたいろいろ出てきてよ。みんなどうする？まずは寿司の点数121点。100点超えてるけど、なんでトップが9割なんだ？接客は2人いますよと。あれ、この人あれか？のりまきさん。一応売り場出てんのか。一応売り場に出てるんだね、のりまきさんも。で、自販機と、エンタメって枠なんだ。なるほどね。座席の数なのかな？こうやって評価がつくと。合計点230点。1回目だからね、星1でございます。さあ、星1。最初だからこんなもんだね。次の画面では詳しい評価基準が確認できます。そんなのもあるんだね。各項目を選択していろいろ見てみましょう。まずはきゅうり軍艦。総合品質の最も高い料理が一つ選ばれ点数がつけられます。お寿司ラインナップの中で一番いいやつがあれか、採点の対象になるわけだ。なるほどね。旨味、食感、香り、彩りの全てが平均的に高くなるよう商品開発するといいでしょう。なるほどね。商品開発も奥が深そうだ。おいで。接客能力が高いスタッフが2人選ばれ点数がそれぞれつけられます。今2人しかおらんはずだけど、何人いるのか。接客能力が高い職人を雇うか、レベルアップして能力を伸ばすと高得点が狙えますと。なるほど。エンタメは最も品質が高い施設が2種類選ばれ点数がそれぞれつけられます。施設にアイテムを使ってパワーアップしたり、さっきパワーアップアイテム買ったね。そういや、周囲にインテリアを置いて魅力を上げるといいでしょう。なるほどね。なお、自販機よりもピンボールなどの遊べる施設の方が得点が高くなりやすいです。いろいろあるね。回転レーン、最も品質が高い座席が2種類選ばれ、点数がそれぞれつけられますと。アイテムを使って強化したり、周囲にインテリアを置いて魅力を上げるのも効果的だよ。なるほど。接客能力の高い職人が近くで働いても魅力はアップします。これもカイロソフトさんあるあるで、いろんなその設置物がお互いシナジーするんだよね。お互いの魅力とか性能を引き上げるっていうシステムがあるんでね。お、金だ、嬉しい。お寿司連盟から賞金13万円を受け取りました。ありがとうございます。会長大好き。会長大好き。ありがとう。会長ありがとう。これからお寿司屋さんとして頑張ります。モチベーション上がっちゃうね。人間は現金なものでお金をもらえるとテンションが上がるんでね。こんにちは、ご苦労様でした。
初挑戦で星を獲得するとは私の見込み通りでしたよ。星0とかもワンチャンあるのか。特別賞を持ってきましたので役立ててください。ありがとうございます。採点は料理以外に店内の施設や、座席の品質、接客も評価されます。アイテムやインテリアを活用し、さらなる高得点を目指してみてください。それではまた次回。新たにランニングし見て、このレーンの下にちょっと読みにくいけど、ランニングってこれ、青字で書いてあるの。おい。ね、怒涛の突っ込みどころだよ。まあ、ダメだ、わからん。納得いかん。なんでだよ。くそー。もう一回突っ込むのもやめよう。さあ、一旦ちょっとこれで様子見ようか。さあ、実際これで、お寿司の流れる速度とか間に合ってんのかね。ちょっとしばらく眺めて様子見たいところ。なんかさ、キャンセル出てる。いやー、これ職人足りてないな。今入った情報によると、国和市の入場者が50人目を突破した模様です。ありがとうございます。順調にお店が成長してますね。兵士では来場したお客さんへの独断インタビュー、単独インタビューに成功しました。ありがとうございます。このような記念すべき日に来れて嬉しく思います。たっぷり食べて帰りますと笑顔で語ってくれました。今後もさらに多くのお客さんで賑わうお店になることを期待しています。とりあえず板前さん増やそう。じゃないとやばい。全く足りてない。どうしようかな。向きがあるけど、一旦、画面向きで設置しとこうか。これで、3人いたらさすがに足りるんじゃないか。そんな気がする。人の追跡を開始します。今、登場人物触るとやっぱり、いろいろデータが見れるんだね。これもカイロソフトさんあるあるですね。一般人のステータスがなぜか見れるという、独特システムでございます。これがカイロさん独自システムがね、満載でございます。で、人の追跡を開始して動向を追う機能があるのと、これ共通なんでね、カイロソフトさんのゲームは。この後もう一回タッチすると詳しい情報が見れますと。品質が20を超える座席が誕生しました。座席の魅力が高くなると椅子が進化し、何言ってるかよくわからん。より長時間お客様が座れるようになります。アイテムを使ったり、周囲に観葉植物などインテリアを置くと効果的みたいですよ。本当に何を言ってるかわかんないんだけど、まあ。順番に見ていこうか。キャンパスライフ君、若い男性、食欲32、期待度1。腹ペコです。お腹空いてるね。予算が1万円。食事歴、評価、値段。これはこれから食べてって増えていくのかな。お客さん情報、好き嫌いなものないね。卵とサラダめっちゃ好きじゃん。若い人ってこうだよね。若い人ってこうだよね。これ食ってる人と食ってない人でラインナップ違うのかな。食事歴、卵、マヨ甘エビと卵。かんぴょう死ぬほど嫌いじゃん。なんでみんなかんぴょうのことそんな目の敵にするの。いいじゃん、かんぴょう。悪くないよね、かんぴょう。そんなあからさまに毛嫌いしなくても。でも甘エビとは卵大好きだね。こういう感じなんだね。なるほどね。座席が、待って、嬉しい悲鳴。座席が不足していますって表示出た。座席増やせばじゃあその分お客さん入るって話だね。座席も増やそっか。そしたらなんかいいことありそうだね。まもなく閉店です。このペースで売れてるなら結構いいんじゃないか。じゃあ座席もお客さんもちょうど履けるから座席増やそうじゃん。それなりに増やせそうだね今ね。こっからでいいのかな。よし。こっからこう増やしてもう一個やっちゃうとそれが邪魔になるんだね。どうしよう。
でも広げるならこのぐらいに広げたいよね、バランス的に。いっちゃうか。いっちゃえ。細けいことはええんだよ。OK。これどうなんだろう、お客さん。ここの名物おじさんが邪魔で、通れないとこあるのかな。なんか新商品っていうかしたって出てきたな。品質の種と、この辺買えるのは買えるときに買っとこう。おーっと売るものがなくなってしまいましたので本日は終了です。そんなこともあるんや。こっからはまたあれだね。待機ゲーだね。やばい、情報量が多すぎる。回転寿司のレーンが全長20メートルに達しました。今20メートルあるんだね。プラス1メートルとかってことなのかな。レーンが長いほど座席数も増え、一度に並ぶ料理も多くなるため、お客さんにも好評のようです。なるほどね。あるお客さんは遠くから好きなネタが流れてきたので、ドキドキ感は回転寿司の醍醐味ですね、と語っていました。記事に掲載されお店の人気が大幅アップしました。なんかさ、このお店開いてるこの町村でいいのかな、町でいいのかな、すげえ平和な場所だね、多分ね。レーン増えたし、ついでに料理人もう一人増やすか。今ならいけんじゃないか。君はここで頼むぜ。OK。さあ、だんだんお寿司屋さんとして規模感が大きくなってきましたね。今回は編集部で調べたもっとお寿司を食べてもらう方法の調査結果をお知らせいたします。定番以外の目新しい料理があるとお客さんも増える傾向にあるようです。新商品の開発が大切なようですね。なるほどね。さらにお客さんごとに、食欲があり、施設によっては食欲を上げる効果や食べた食事の消化を促進する特別な働きもあります。ランニングマシンってどういうこと？店内でカロリー消費していけってことこの情報を活用すればあなたのお店の繁盛間違いなしです。なんかさ、ちょっと倫理観よそう。深く突っ込むのはよそう。いいんだよ。みんなが美味しくお寿司食べてくれれば俺はそれだけで幸せだから。いいんだいいんだ、いいことにしよう。あとなんか、女の子のお客さんがあんまり座席にたくさん座ってない気がする。そもそも頭数が少ないのか。もっとラインナップ増やしたいよね。これさ、お魚の種類増えるのいつ頃になるんだろうね。今のところ全然増える気配がないからさ。あ、そうだ。板前さん。ちょっと修行に出してみる？なんか、この調理のさ、レベルが上がるともっとレベルの高いお寿司作れるんでしょ？確か。なんか、ないの？そのメニュー。なんかメニューない？職人管理のメニューでなんかない？解雇のボタンしかないんだけど。解雇のボタンしかない。そんな悲しいこと言わないでよ。なんか修行に出せるなら修行に出したいけど、修行に出すボタンがどこにあるんだろう。店舗情報かな。やべえ、今んとことんでもねえ赤字を叩き出してるね。全然収支がプラスになる未来が見えない。まあ立ち上げ資金から考えれば時間かければ黒にはなりそうだね。今んとこね。最高品質出してるのが自販機なんだよな。施設のところね。維持費が月間で 15,700 円ってことは月間でこれ以上稼がなきゃいかんのね。なかなか見るところがいっぱいあるね。あんまりお金使いすぎるとじゃあちょっと船そうだね。あとは料理の、そうだ、アイテム使ってなかった。改良しよう、改良。
改良に使用するアイテムを選びましょう。適したものを使うと大幅にパワーアップ可能です。品質、食塩水、これ生ものでいいのかな。刺身系、どうなんだろう。食塩水でいけるのかな。ちょっと一回マヨネーズかけたやつジャブジャブしてみる。食塩水でちょっとネタを洗ってみよう。さあどうだ。結構数字増えたんじゃない？旨味と彩りがアップしました。いいんじゃない？美味しさ上がってないけど。なんだこれ、効果20丸。相性これでいろいろ確かめんのか。刺身包丁もせっかくだから使ってみるか。なんか違う気はするけど。どうだ。増えた。増えたよ。美味しさ増えた。来たぞ。食感と彩りがアップしました。ちょっとこれうちのナンバーワンメニューになるんじゃないか。あと品質も上げていこう。さあどうだ。なんか一気に4上がった。旨味アップ。いいね。料理が1個更新されました。いいね。脂質アップは多分これ全然違うんだろうから。一応これ丸とか×とか全部出しておいた方がいいのかな。ちょっとでも無駄遣いか。いや、食塩水全部使っちゃおう。使えば使うだけ上がるね。いいね。金額変わらずだけど、これ金額とかもそのうちあれだね、レベル上げても金額とかは上がっていく様子は多分今なかったよね。どうなんだどうなんだこれは。大丈夫かな、いけんのかな。あれだね、なんかお客さんもだんだん予算プラスってなってるけど、お財布の紐が緩くなったっていう解釈でいいのかな。維持費が引かれても若干黒字だね。いいね、黒字経営できてるね。さあここから放置期間です。なんだってお金がないからね。あとせめてショップの方のなんか違うな、建築のしてないものがいろいろあるから、この辺もじゃあ置いてみるか。一旦おもちゃ売り場置いてみようか。じゃあせっかくあるからね。どこに設置しよう、おもちゃ売り場。サラダバーの横になんかそういうのがあるとちょっと話としてはおかしいけど、まあ一旦いいことにするか。回転できないんだこれ。じゃあ一番端かな、おもちゃ売り場。ここだな。お願いします。7万円。あとはランニングジム3万か。一応1個設置してみるか。せっかくあるからね。どうなのそれは。使う人おるんかなこれ。どうなんだろう。飲食店としてどうなのって話ももちろんあるんだけど、なんか知らんやつが出た。パンプキンさんか。回路ソフトのゲームで必ず登場するパンプキンさん、いろんな名前で出てくるね。今回コンサルタントだ。いや、散歩していたら素敵なお店を発見してしまいました。おっと申し遅れました。私経営コンサルタントのパンプキン2世と申します。2世なんだ。飲食店の経営には、仕入れや広報、そして人材管理など幅広い知識が必要です。私の豊富な人脈を駆使すれば必ず役立てると思いますので、ぜひご活用ください。コンサルタントの方と知り合いましたね。いつでもメニューのコンサルから声をかけることができます。これさ、もしかしてまだチュートリアル出してなかったんじゃない？今気づいたんだけど、まだチュートリアル終わってないやつや。メニューどんどん増えていくもん。人事。今日こそ早速ですが、前回伝え忘れていたことがありました。業者との契約や使用先の紹介は寿司コインを相手方に送ることで交渉を有利に進めます。これだね。寿司コイン今16枚ある。寿
寿司コインはお客様がレジや施設を利用した時に手に入りやすいので頑張ってください。言われてみればいつの間にか増えてるか枚数。それでは始めましょう。今先駆け国和さんへのご提案は合計で10件ありますよ。いろいろある。だって修行の旅へで15枚使うんだけど、ほぼ全部じゃん。募集、いや能力上げた方が本当はいいよな。張り紙、近隣の職人さんを募集します。このクオリティを上げるんだね。これは近隣のと、これが広範囲の。へえ、やっぱ広範囲の求人の方がいい人来るのかな。そんな金はないんだけど。提案書がそっち。あ、こっちだろ。牛コイン倍必要なんだけど。イカもプリンもだね。現代の寿司屋では欠かせないラインナップや。イカ欲しいじゃん。雑誌広告、ライブハウスで PR、オフィス街で PR、せんべい屋で PR、会社の受付で PR。込みどころが多すぎる。で、特殊提案はなしと。なるほどね。分かってきたよ。これさ、いやでもどうなんだろう。求人出した方が金がない。15,000で求人出して今日雇うってことは多分雇ってまたお金かかるでしょ。足りないんじゃないか、下手すると。あとだな。いつでも行けるもんね。ずっとここにいるから。じゃあしばらくはあれですね、画面放置タイムですね。白メガネさん、こんばんはいらっしゃいませ。ありがとうございます。今日は最近ね、宇宙の厳しい環境に揉まれて最近ずっと肩が凝っていたのでね、地に足をついてお寿司屋さんの経営に着手しておりますのでね、今日はまったり寿司を握っていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今んとこまったりできてるかって言われたら、下手するとノーマンズスカイよりもはるかに忙しい状態ではあるんですけど、はい、寿司ゲームをやっていこうと思っております。なかなかね、経営が軌道に乗ってるかどうかは別として、赤字にならないようにヒーコラ言いながらいろいろ試行錯誤しているところでございます。店舗名先駆け国和寿司ということでね、やってきてまいりました。職人さん今、メインの職人さん1人と、あと名もなきバイトが3人、合計4人と。レジにも1人いるから5人なのかな。で、うちで一番単価高いのはサラダバーとなっておりますのでね、ぜひぜひご賞味いただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。寿司屋としてどうなんだ。海鮮が甘エビしかない。海鮮が甘エビしかないんですけど、今売れてるラインナップこんな感じなんですけど、海産物が甘エビとマヨ甘エビしかないっていうどうなんだそれはっていう状態でございます。なんなんだろう。もっとなんかギュギュッとお寿司ギュギュッと握れるかと思ったんですけど、全然握れてない。寿司っぽい寿司が今のところあんまりない状態なんですけど、大丈夫なんかな。本当にこれでいいのか。ツッコミどころ満載のカイロソフトさんの作品、はい、海鮮寿司街道という、ね、タイトルのゲームやらせていただいております。こちらのカイロソフトさんはですね、そうですね、ゲーム小参の方だと知ってる方多いんじゃないですかね。スマートフォン携帯ゲーム、昔だとなんだろう、本当に古いパソコンのゲームでももしかしたらあったのかな。そっちではやったことないんですけど、ドット絵のゲームといったら、カイロソフトさんで言われるぐらい有名なゲームメーカーさんでいろんなゲームを出してるブランドでございます。結構飯屋系ラーメン屋さんとか、なんか他にもあったな、喫茶店とかもあったな、そういういろんなゲーム、いろんなお店の経営ゲームとかシミュレーションゲームとかを出してるゲームメーカーさんでございます。その中からね、今回お寿司屋さんの方のゲームをね、手に取ってみました。今回単発の配信になるかなと思ったんですけど、どうなんだろう。なんかもうね、ツッコミどころが多すぎて終わらねえんじゃねえか。本気で遊んだら終わんない気がするツッコミどころが多すぎて、あと深掘りできそうな要素が結構多いんでね、かなり遊べるんじゃないでしょうか。
またまたお店が広くなる余地もありそうなんでね、ゲームシステム見てるとそんな感じでやっていこうと思いますので、ぜひぜひお付き合いください。よろしくお願いいたしますね。結構前に雑談配信の時になんかわさびナスとミルクレープサバ寿司の話をしたと思うんですけど、なんかそれ以来なんかまともに回転寿司でも何でも寿司食いに行ってないなぁとね、最近思い立ったところなんですけど、なんか寿司食いたくなるですね。さあ、さぎだ、海鮮がない耳が痛いマジで何もない。ほら、しかもなんか案内の女の子も変なこと言い始めた。店長、和菓子を食べていたところ、新しい提案が思い浮かびました。寿司じゃねえのかよって話。あんこのお寿司をいや、待って、変なこと言い始めたぞ。マグロ寿司がどうとかさ、そういう話をしてほしいんだけど、話は聞かせてもらいました。なんでみんなフットワーク軽いんだよ。もっと別のところあるだろう。進めるべき方角がさ、寿司屋だって言ってんのにさ、何なんだよマジで。そのうちあれだぞ、なんかマグロとかイワシとかって言い始める前に今度多分カルビ焼肉寿司とかなんかハンバーグ寿司とか言い始めるぞ。こんな感じだと。提案書出してきたよ。提案書、あんこが追加。見るけど一応コンサルだね。商品の提案が出てます。しかもこの寿司コインってのが40枚あるじゃん。作れるね、あんこを。よし、じゃあ詐欺にならないようにコインも溜まったんでね、この金色のコインが30枚でイカを、なんで最初からないんだって話はちょっと一回置いといて、ちょっとイカの開発ができるんでイカを開発したいと思います。あんこのお寿司、それはおはぎ。確かに確かにあれも厳密に言うとそうか。お米とあんこや。確かにおはぎだ。わあ、作りてー。あんこのお寿司って言ってアイコンがおはぎかどうか確認したくなってきた。うわ、やべ、ちょっと待って。あんこいくやべ、なんかすごいアイコン見たくなってきた。いや、イカ作ろう。海鮮なさすぎる。じゃあイカを開発したいと思います。では早速業者を探してきますので、今から探すのか。そういう順番もありなのかな。結果をお待ちください。了解です。ちなみに今のお寿司の方のラインナップなんですけど、ラインナップが今こちらになっております。マヨ甘エビ、卵甘エビ、サラダ軍艦、きゅうり軍艦、かんぴょ巻きとオレンジジュースとなっております。値段今初めて気づいた。旬の食材値段が跳ね上がってる。倍になってる。値段がマヨ甘エビと普通の甘エビ500円だったんですけど、旬の時期になったら値段倍になってるですね。こんなことになるんだ。なるほどね。いいじゃん。そうか、ラインナップ旬のものバンバン増やすと利益率が跳ね上がるのか。これおもろい。今ラインナップこんな感じで、まともな海産物が甘エビしかないので、さすがにちょっと増やしたいですよね。なのでイカが完成したらお寿司屋さんのラインナップ高い。そんなことないですよ。その分新鮮なネタを取り揃えておりますんでね。これはもうぜひ手に取って口に運んで、その価値があるかどうかを確かめていただいてからね、文句言うのは食ってからにしてもらいましょうがね。うちはこの値段でやってるんで、国か寿司、先駆け国か寿司はこの値段でやってますんで、まずは食ってから物言ってもらいましょうか。値段見てもらえるとすごいんですよ。1回のさっきの価格あるじゃないですか。多分あれ税別なんですよ。みんなお寿司食べたって言うと金額が1200円とか1300円って出るからなんか税込み価格で出てるのか分かんないけど、ちょっとなんか違う金額で出てるGoogle の口コミとか開かないでください。Google でどこの店かなって探さないでください。絶対いい評判はないと思うイカ完成したっぽい。素晴らしい。
無事に契約が結べました。あ、しかもあれだ。ホタルイカだ。違うわ、ホタルイカじゃねえ。なんだこれ。あ、握りもホタルも巻物のイカもある。へえ、すごっ。新たにイカが販売できるようになりました。これどういう仕様になるんだろう。ってことは、じゃない、ちょっと待ってね。料理の新商品開発。ああ、イカが作れるけど、出ました。皆様この赤い35という数字をご覧ください。こちらなんですけれども、これ調理の難易度表してまして、うちで雇ってる職人さんの腕前だとそもそもイカを握れないです。何が難しいんだ、言ってみろ。イカを握るのの何が難しいのか言ってみなさい。怒んないから言ってごらん。何がどう難しいのか。話が進まねえ。どうしたらいいんだマジで。頼むぜマジで。イカはお預けでございます。あと軍艦もなんか握れんじゃない？軍艦のイカも、いやホタルイカうまそうなんだけどな。イカ握るならホタルがいいな。じゃあ軍艦でこんな感じでいろいろ握れる。どのみち調理35必要。調理スキルが。でその調理スキルなんですけど、今まともに雇ってる人この人しかいなくて、調理スキルが20とかあるんですね。タラバさん一回鍛えてみようか。試しに。せっかくだから。修行のたびに出せるので、ちょっとじゃあ修行に行ってきてもらおうかな。しばらく帰れないものと覚悟してください。どうなんだろう。イカも作れないのはいかん。土正論。まさにそう。正論。まさに正論。実際本当に本当にそうすぎて何も言えなくなる。さすがにイカぐらいは握れるようになってくれ。では、のりまきタラバさんと共に修行の旅に出かけます。結果をお楽しみに。いってらっしゃい。マジよろしくお願いします。いやー、すっかり魅了された僕は先駆け国勝氏の第一人者と言えるのではないでしょうか。ねえ、道草中の少年。道草食うと同時にお寿司を食いに来てくれたのかな。いいね。なんかいい時代だね。友達が近くの運動場でよく遊んでいるらしいので声をかけてみては。話は聞かせてもらいました。提案書の方へ追加しておきます。何を？人がいなくなったから魅力下がった。いや、なんか誰かまずいって言ってなかったか。誰かすげえなんかまずいみたいなこと言ってた気がする。気のせいか。みんななんか口々になんかセリフ吹き出しが出てセリフを喋ってるけど、なんかちょいちょい不穏なセリフが流れてきてるような気がする。本当に大丈夫かこれ。まあ大丈夫か。職人さんが一人減ったけど、まあどうなんだろうね。でも修行の旅もう終わった。早い。のりまきタラバさんどうなったでしょうか。おちょっと待ってな。情報を見たい。勝利24。25欲しいんだよな。なんでギリギリ1足んないんだよ。話進まないじゃん。時給だけ上がりました。相変わらずイカは握れずといったところでございます。これさ、もう求人出した方が早いんじゃない？もしかして。いつの間にかほら、お店の予算もさ、結構カツカツだったのが、なんか、10万ぐらい増えたから、ちょっと求人出してみようか。試しに。一回セーブしながら。ちょっと求人出してみよう。25,000の求人でいいんじゃないかな、とりあえず。お願いします。どんな感じの人が来るんだろう。
れなんだよな、こののり巻さんは最初からいる人だからね、きっと求人出せばなかなかいい人が来るんじゃないだろうか。4人の応募がありました。すごいね、最初から4人も来るんだ。お、すげえ。目利き30、調理45。あ、全然数字すごいね。調理32。熱いぞ。山田五郎太さん。いいね、五郎太さん。東南アジアへ修行に行きました。いいぞ。目利き32。あ、目利き32いいな。実は魚アレルギーです。でも目利きはできるんだ。後天性のアレルギーかなんかか。どうなんだそれは。最後、実家パン屋です。何しに来てん？北川桃江さん。マスコットキャラなのかな、ピンクのツインテールでね。磯貝明さん。でもこの感じだと五郎太さんか飯山にぎろうさん。めっちゃ握ってくれそうじゃん。めっちゃ握ってくれそうな名前してるね、にぎろうし。いやー、いい名前だな。にぎろうしいいな。ただ今欲しいスキルで言うと五郎太さんが勝利32で30超えてるんで、じゃあ五郎太さんやっときましょう。五郎太さん、今日からお願いいたします。かわいいな。わーい、やったー。この顔でこんな感じなんだ。こんな渋い感じなのにすごいなんか愛嬌のあるおじいちゃんや。わー、やったー。国家寿司で働けるなんて夢のようです。他にもやっていますか？一回いいことにしましょう。お金がいくらかかるかわかんないんで。今いないな。あ、座席に設置、職人を設定できます。じゃあここに五郎太さんを設定します。魅力アップ進化。座席の魅力ってそういうこと？もしかして魅力13。ここだと魅力13。正面だと今見たら椅子の種類変わってる。勝手にレベルとかランクが上がって座席が綺麗になったりいろいろ変わってくんだ。こんなバラバラでっていうツッコミはなしにしよう。ゲームだからね。一定期間になるとお店のランキングが勝手に発表されてお店の点数がわかるというイベントでございます。さあ何点でしょうか。接客レベルがぐっと上がり、エンタメが上がり、座席が上がり。点数上がった。星変わらないけど星1、317点。まだ始めたばっかりだからね。今のとこ配信を始めて今1時間40分ぐらいのところでしょうかね。だいぶ数字は遊び方が分かってきた感じかな。で、このランキングが終わった後にお寿司連盟という偉いところからね賞金がもらえるというね、13万円いただきましたのでね、ありがとうございます。いいですね。お金もらえるんだったらいくらでも頑張れるですからね。これで設備投資ができるのではないでしょうか。どうしようかな。美味しいお礼に私のおすすめスポットを教えてあげるね。何のことだ。なんか提案書がまた増えた。公園での PR ってなんだ。この PR ってこれか、広報か。これやるとどうなるんだろう。試しに雑誌広告打ってみますか。どういうものかまず分かってないから、まず試しにね。じゃあ雑誌広告を打ちます。では走行をまとめて雑誌社へ打診しておきます。結果をお楽しみに。はい、お願いいたします。ところに余裕が出てきたので、求人をもうちょっとやってみて、職人さん、もうちょっといい職人さんが出てこないかちょっと期待してやってみるのもありかもしれない。30万あるからね、お店の予算が。広告1回2回打つぐらいなら結構いいんじゃないだろうか。あと忘れてた、今商品開発できる。今甘エビがまだ旬なので、エビをさらに、ラインナップ増やしたい。でね、多分イカがねまだ作れないんですよ。イカの必要数値が35で足りないので、
まだ作れないということもあるので、まあ握り、お前エビ握りどうなんだろう。同じことばっかりやってる気がする。で今回はこの調理の数値が大きい五郎太さんにお願いしようと思います。よし、じゃあ五郎太さんに、あれ、待って、こうか、 OK。 よしよし、じゃあお願いいたします。お任せください。美味しいお寿司になるように頑張ります。うまい具合にお願いしますよ。あれか、下のここのゲージが甘エビ完成までの経過時間と、その間にこの4つの項目がだんだん時間経過で上昇していく。これがお寿司のクオリティになるんだね、多分ね。2回目だけど1回目はちゃんと見てなかったから多分そうだと思う。ふむ。五郎太さんはね、画面の端っこ、お店の端っこ、この辺でね、名物おじさんとして商品開発に勤しんでおります。お客さんのね、ここでお寿司食べてるのを尻目にここで。この目利きは難しいですね。コインを投下すると、目利き、いいネタを見つけてこれるようになると。どうしよう。これって、やっぱ妥協しない方がいいのかな。これやったらお寿司のランクとか跳ね上がるんじゃないだろうか。よし、ガンガン行こう。作戦ガンガン行こう。目利きスタートだ。それなりのやつ頼むよ。目利き中、甘エビ熟練度20点、経験値9、寿司コイン分で20点。まず目利き評価40点。これどうなんだ、わからん。コインいっぱい使ったつもりだったんだけど、評価的にどうなんだい、それは。試作品のベースができました。ここにトッピングを加えてもっと美味しくしましょう。で前回七味マヨネーズにしたくて、ここに七味を乗っけるこういうカスタムにしたんですけど、この調理スキルが足んなくて作れなかったんですよ。今回はこれでいきます。これは美味しいでしょ、さすがに。よーし、もう一頑張りだ。完成が楽しみです。こんな感じになるかな。美味しいお寿司になればいいけどな。うちの看板寿司になってくれたら嬉しい。未だにイカも握れない未だにイカの一つもお店に並ばないような店舗ではございますが、広告を載せた雑誌が販売されました。広告の影響でお客さんが増えてます。素晴らしい。客足がどうやら増えていくようです。お客さん来ないことにはね、売り上げ上がらんからね。店長、この前テレビで情報番組を見ていたらいいアイデアが浮かびました。コーンのお寿司を開発してみてはいかがでしょうか。まあでもコーンはあるか。提案書が出ました。コーンはね、やっぱお寿司屋さんあるもんね。こと回転寿司においては。あ、こんにちは。はじめまして。近くの商店街のものです。村山寛平さんかな。ランキングで先駆け国勝さんの活躍を見て、私たちは一つの企画を思いつきました。それは地元の活性化のため寿司コンクールを商店組合で開催しようというのです。ほう。よければ参加お願いします。優勝できればお店の宣伝にもなると思いますよ。へえ、なるほど、いい案ですね。私たちも参加しましょう。メニュー経営からコンクールを選ぶとエントリーできます。はい、了解です。どのタイミングでいくといいんだろう。ちょっと順番にやっていきたいところ。今お寿司開発してるから、これの開発終わったらちょっと次進めていきましょうか。おいで、今31万6000円あります。少し予算を使って、あ、来た。女性人気高そうですね。いい感じ。
食感が実にシャッキリポン。シャッキリポン、あんま言わんのでは。マヨネーズがいい味出してますね。ありがとうございます。甘エビとマヨネーズがいい組み合わせ。褒められる。美味しさ7。マイベスト更新です。ありがとうございます。今うちのお店で一番美味しいお寿司はこいつです。じゃあ名前もちゃんとマヨ甘エビとこれにしましょう。じゃあこれでいきましょう。これでいきましょう。でこの後にアイテムを使って評価をするともっといいものになるんじゃないでしょうか。これでラインナップの設定が変えられるんだけど、料理のクオリティが、イカが旬だ。待って、イカ並んでんだけど。イカってさっき開発したっけか。購入した時点でとりあえず並ぶのか。そっか、ラインナップとしては並ぶんだね。もう手に入った時点で。そっかそっか、それならいいね。お寿司のステータスを見ていきたいんですが、マヨ甘エビと七味マヨ甘エビ、これを比べたい。ステータスこんな感じです。うまみ、食感、香り、彩り3412が4412。ちょっと上がりました。うまみが。アイテムを使えば食感もう一つ上がりそうだね。ちなみにイカはイカ食感6やばいな。春夏が旬。中年と年配のお客さんにすごく人気があると。イカいいね。今じゃああれだね、お店の方でおすすめのラインナップをこう移し替えることができるんで、このおすすめのところにじゃあイカ入れときましょう。イカ売れれば利益上がるからね。さあこんな感じの経営ゲームでございます。経営の裏側も知れるっていうね、そういうね面白いゲームでございますよ。こんな感じで商品ラインナップやってるんだとか、キャンペーンやってる時にはお寿司の旬とかに合わせてね、お店のおすすめとか店長おすすめとか出たりしますけど、まあこういうニュアンスとかそういうイメージでおすすめ設定とかしてんだなっていうのがなんとなく分かってくるね、いいゲームだと思うんですよ。ちょっとダンスが薄いんで換気しますね。扉開けます。ちょっとコショコショ声になりますね。判決になっちゃう。座席が不足しております。いいね、人気店になってきたね、だいぶ。お店が人気っすよ。ありがたいことや。素晴らしいね。また新しい提案。ついに来た。見て。サーモンのお寿司だって。マグロじゃねえのかよ。川で釣りしてサーモンって養殖じゃないじゃん。でもこれでサーモン寿司がワンチャン作れそうなので、ちょっとコンサル見てみますか。うわー、ダメだー。寿司コインが足りない。頑張って60枚食べてサーモン作ろうぜ。絶対その方がいい。あとはあれだね、コンクール出てみようか。これはよくわかんないから一回出てみるか。町内寿司コンクールで出品するお寿司を選びましょう。こういうことになるのか。なるほど。何がいいんだ。平均して高い方が強いのか。今一番平均整ってるのがエビ系なんだよね。まあイカとかの方が突き抜けてるけど、お金欲しいからちょっと平均値高そうなやつでいこう。4412、これでいきます。七味マヨ甘エビでコンクールに応募お願いいたします。はい、一押しでございます。先駆け国か寿司の一押し商品でございます。開催は来月、楽しみですね。
やっぱりコンクールだから優勝とかすると得点があるんだろうね、きっとね。レッドブル飲みながら。炭酸がうまいね。うん、炭酸が実にうまい。うん。この手のゲームのまあ長所でもあり短所なんですけど、待ち時間が多分長くなるんですよね。うん。まあ、食べ物の話題なんかいくらでもあるからね。うん。まあ、それこそ解散の話で言うと、最近その新しい職場の年配の方と仲良くおしゃべりする機会があって、その人が海釣りする人なんですよね。うん。で、つい先日、2日3日ぐらい前に岩手県なんで都なんですけれども、都の方で船に乗って沖の方で釣りをしてきたっていう話を聞いたんですよね。こんにちは、今日は私の夢を叶えに来ました。伝えに来ました。いちごのお寿司が食べたいので、ぜひメニューに追加しておきます。考えておきます。変なのばっかりだ。いちごのケーキとか言ってくれた方がまだ話わかるのに。頼むぜ。あ、コンクール開催。どうなるでしょう。会場での調理は山田五郎太さんにお願いしましょう。じゃあ五郎太さんお願いします。緊張のせいで今朝はご飯を3回もおかわりしてしまいました。精一杯頑張ってきます。絶好調だね。ちょっと眠くならないか。食いすぎて。今日はよろしくお願いしますね。これは期待が持てますね。時間が迫ってきましたので、そろそろ出発しましょう。こんな感じなんだ。ありもしない魚めっちゃさばいてる。エントリーナンバー本能みりん。料理はエビータです。なんかシソ挟んでる。おしゃれだ。点数高。料理は味噌握りです。待て。下手すると味噌握りに負ける可能性あるのか俺。いや、ビジュアルは勝ってるでしょ、完全に。慎重に。点数高いんじゃない？ギリ味噌握りに勝ちました。賞金10万円が贈られます。優勝するとお金もらえるみたい。素晴らしい。惜しくも敗退しましたが、初めてにしては上々の点数いただきましたよ。各審査員には好みがある。なるほどね。好み合わせて作るといいわけだ。了解。寿司コインもらえた。これは嬉しい。なるほど。これを繰り返していくわけだ。流れがだんだん分かってきましたな。変な話だけどね、サラダバーとかいっぱい並べとけば多分ね、売り上げ上がると思うんだ。申し訳ないんだけど。絶対言っちゃいけないんだけど、カイロゲームあるあるで。待って、この辺つけてね。魚資料館。お金に余裕あるから、これじゃあ設置しましょう。これ設置したら結構いい感じかもしれない。場所どうなんだろう。おもちゃコーナーとなんか別々のところに置きたいから、この辺でいいか。一旦。これと、あと立てれるもの。ランニングジムって、今仮に1個つけてるけど、一応これ効果出てんのかな。これ、がっちりと乗り合わせても大丈夫かな。3つぐらい並べとこう。いっぱい運動してお腹空かしていっぱい食べてね。深いツッコミはなしの方向でお願いいたします。サラダバーを追加して、単価がね、サラダバーがえぐい単価高くて、お金稼ごうと思ったらシンプルにサラダバーだけぐるっと並べた方が下手すりゃ稼げるまである。お客さんに来ない可能性もあるんですけどね、全然。ちょっとこれでしばらく様子見ようかな。
構お客さんとかの吹き出し見てるとうまいって言ってくれてるから、割となんだろう、世間一般の寿司のラインナップとしては結構美味しい部類なのかな、この世界観で言うと。悪くないかもしれん。寿司コインが60枚になったらこのサーモンを導入したいんでね、もうちょっとですね。この寿司コイン貯まるの待つのがとにかく時間かかるですね。寿司コイン待ちが長いんだな。こんにちは、毎度どうも。お店の敷地は足りてますか？築地鮮魚店さ、お魚以外のもの何でも売りすぎだよ。なんでもこの世には一瞬でお店を広くできる便利なハンマーがあるとか。この職人を見つけ出せれば店頭で仕入れを行いますので探してきてくれませんか？こっちに人探せってこと？提案書だ。ごめん、ちょっと何を言ってるかよく分かんなかったけど、これか。ハンマーの依頼。ハンマー職人を探して日本全国を旅してきます。待って。コイン80枚とかいう、とにかく時間かかるじゃん。お魚のラインナップ増やそうよ。お店の広さもそうだけど、どっちがいいんだろう。なんかお会計の時にこの寿司コインが増えるらしくて、お客さんがなんかチップでもないけど寿司コインをなんかここで払ってくれる時があるらしいんですよね、ランダムで。だから客席の数増やした方がもしかしたらコイン集まりやすくなるかもしんないんだけど、先に80枚貯めて席増やした方が話は早いんだろうか。先長いよ。長いってなかなか厳しいものがありますな。あとランニングマシンもしかしたら端っこしか機能してないかも。今なんか並んでたね。ちょっとこれ並び順変えた方がいいな。じゃあ確か建築物の配置替えが撤去になっちゃうのか。仕方ないか。撤去してお金がもったいない気がするけども、これを再設置しますよと。これで待ちです。前にその寿司ネタの話題で盛り上がったっすよね。かなり昔の雑談配信で。そのよくわかんないゲテモノで盛り上がった記憶はあるんですけど、ゲテモノって言われたらどうなんだろう。僕はゲテモノだと思ってないですけど、わさびナスっていうお寿司があってですね、これが絶品なんですけど、いかんせんなんか不人気らしくて。どうしたこんにちは、素敵なバラいりませんか？近くの雑貨屋にバラの植木が売ってました。乙女心がくすぐられます。お店に置いてほしいな。なんかいろんな提案が出てくるね。もう寿司コイン使うんでしょ？コインは貯めたいな。今60枚超えたので、今サーモンを追加で作れる状態にはなったんですけど、いやーでも客席伸ばした方が本当はいいんだろうな。今のペースだと割とすごい寿司コインバンバン増えていくじゃん。じゃあやっぱり客席伸ばそうか。お店のサイズ伸ばしてね。そうすると寿司コイン貯まるスピードが多分増えそうな気がする。こっちの方向で行きましょう。結局あれなんですよね。そのわさびナスとかが僕大好物なんですけど、わりかしその回転寿司屋さんだとそっちにもこっちにも多分あると思うんですけどね、わさびナス。そのたまに置いてない店舗もあるらしく、そうわさびナス置いてないセンスのない回転寿司屋さんが世の中には存在するらしいんですけど、ちょっと僕的には考えられないですけどね。
わさびナス置いてないだなんて、そんなことがあり得るのか。あんな美味しいものが置いてないだなんて。ちょっとまあそのラインナップを決める人のセンスをちょっと疑うところなんですけれども、今回のこのゲームにもわさびナスがあるかどうか、これが大事な肝でございます。さすがにゲーム進めれば出てくんのかな、ナス。あると思うんだけどな、ないかな。メジャー商品でしょ、あれって。夏休みに入りました。外食産業に活気が出てお客様が多く来店しそうです。素晴らしい。いいね。客席を増やすチャンスでもある。素晴らしいね。今期の全国寿司ランキングが発表されました。点数に応じて。点数前と変わらずか。あ、ちょっと増えたね。ちょっと増えました。で、賞金がもらえます。素晴らしい。いいね。あ、コインが80枚貯まって、ハンマー職人を探せるでしょう。じゃあよろしくお願いいたします。これによって、お店を拡張することができるようになるかもしれない。なんかいつの間にか街歩いてる住民の数めちゃめちゃ増えたね。一番最初の 1.5 倍か2倍ぐらい歩いてるんじゃないかな。こんにちは、はじめまして。私が生徒会長です。有名人なのかな。我々生徒会では若者の魚離れを憂い、寿司コンクールを校内で開くことを、強行採決しました。でもね、生徒会長さんがシンプルにお寿司好きなんだろうね、これ。よければ参加お願いします。可能であれば子供向けのお寿司をお願いします。肉とか、出た、肉寿司。学生はお肉好きだからね。でもラインナップにお肉寿司ないぞ。参加しても勝てないんじゃないか、もしかすると。どうなんだろう。コンクール。これでいろいろ見れますよ。2つあるコンクール。それぞれ出れるのか。町内コンクールと校内コンクール。賞金15万もらえたらハッピーだな。食感命だ。食感のいい寿司あったっけかな。うまみの寿司と食感の寿司。行ってみよう。あ、イカがいいじゃん。イカが旬だよ。若者に人気ないけど。ちょっと厳しいか。甘エビの方がまだワンチャンあるか。平均値も高いし。どっちがいいんだろう。突き抜けてるイカの方がいいのか。若者人気ないしな。難しい。多分若者なんだよな、これ。年齢層で言うと。なんか黙ってサラダ軍艦出してる方が勝てる気がするんだけど、気のせいか。いや、食感があれだったらイカ出すか。イカ出しとこう。ね。わさびナス食べたことないですね。なんですって。あの美味な寿司を食べたことがないと。白メガネさん、本当っすか？めっちゃうまいっすよ。わさびナス。ぜひ一回食べてみてほしい。騙されたと思って。ビジュアルが結構インパクト強いんで、初めて見る人からすると。それでなんだろう。ちょっとノーセンキューな人も結構多いらしいんですけど、なんだろう。お口をリセットするときにわさびナスをチョイスしておくと間違いがないので、お口リセットされるし、わさびナス単品がものすごくうまいというね。最高のコンビネーションなので。あれ、ほんとおすすめです。一回食べてみてほしい。一回食べてハマったら、回転寿司に行くたびに、毎回一回ずつはわさびナス必ず間に挟むようになると思う。癖になるんでね。癖になってんだ。わさびナス食べるのって絶対なるはずなんでね。ぜひぜひ試してみてください。おすすめでございます。本気のおすすめ。なんとなく、あれだね、寿司コイン貯まるペースが、お客さん増えたおかげか、こっちのペース自体が増えてる気がするですね。これで座席伸ばしたらすごい勢いでコイン貯まるんじゃない？もしかしたら。あとはハンマーが見つかってくれれば、ハンマー職人が見つかって、このレーンを伸ばせるようになってくれれば
いいね。すごいな、夜中だけどいっぱい人歩いてる。なんか後ろの木が色づいて、なんか秋の様子ですね。秋の様子を呈しておりますね。いいね、秋だね。秋の旬の商品ないけどね。今ないでしょ、旬の商品。ないね、今旬はね。そうだ、おすすめ商品のあれを変えるの忘れてた。経営のおすすめの、今だとイカ、甘エビでいいかな、とりあえず甘エビにしとこう。では、七味マヨ甘エビ、こいつにしたい。よし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 。あ、りゅうきさん、あ、やべ、熱立てあります。おはようございます。りゅうきさん、おはようございます。見て見て、座席 L 字になったよ。もう少ししたらね、座席の長さがまた、店舗の長さが伸びて座席も増える予定なんでね。もうね、絵面がね、ずっと変わんないから、でもまあ眠くなるよね。これは仕方ないと思う。だって、配信画面変わり映えしないもん。自分で言うのもなんだけど。うん、マジで変わり映えしないもん、正直。今日は学生にお呼ばれしてね、学校内での寿司コンクールというなんか、ゲーム内でしかありえない独特なイベントに参加してくるんで、これでどういう風な結果になるか。これによって、いい結果が出ればね、お小遣い稼げるんでね、行ってみましょう。さあどうだ。うちはイカの寿司で勝負いたします。うわ、焼肉。おいおい、ちょっと待って、邪道だろ。いや、勝てねえ。10点出してる。いや、若者は肉好きだよ。わさび&わさび。だから、かば焼き太郎、絶対このコンクール舐めてかかってるでしょ。罰ゲーム商品じゃねえか。合計10点でした。お帰りください。さあ、うちのシンプルイカ寿司、いかがでしょう。イカだけに。多分、冷房効いてる？お、超上から目線8点。8点。お、8点。うわー、惜しい。ギリギリ勝てない。あれだね、でもイカちょっと強化したらワンチャン勝てそうだね、これ。いやー、悔しいな。これイカ寿司強化すればワンチャン勝てそうな気がする。でも3箇所で寿司コインもらえるからありがたいですね。ちょっとイカの強化してみる？アイテムでそのまま強化できるんで、これが抹茶粉、これがあるから。もう座席か。強化アイテムがない。誰だこいつ。森のクマックス。森いっぱいいるからそこから来たか。はじめまして、クマックスです。私は糸電話でパンプキセンから疑いました。じゃあほぼ隣やん、いる場所。直接喋ればいい距離やん、そんな。今後のお付き合いも兼ねて1本ハンマーをお送りします。ありがとう。クマックスさん、いい人だね。僕ともじゃあ糸電話でお話ししましょう。クマックスハンマーを1本手に入れました。ありがとうございます。これが敷地拡大のハンマーですね。ハンマーで店舗の周囲の森を撤去すれば、待って。クマさんがハンマーを起こして森を粉砕するっていう。これどこから突っ込んだらいい？何のメタファーこれ。怖いんだけど話が。すごいな、人間の愚かさを暗喩するような、なんか恐ろしいゲーム設定。まあ、やるか。店広げたいしな。建築でいいのかな？違うな。どこでやるって言ったっけ？どこでやるって言ったっけ？あ、購入か。これだ。5万円で、じゃあ、クマックスハンマーを使用します。使用します？違うな。手に入れたのか。別にこれも買っとこう。この辺。この辺はね、買えるだけ買って。待って、なんかトリコみたいなアイテム出てきた。グルメオイルとか出てきたよ。グルメオイルは、
商品強化系でしょ。食材に使ってパワーアップ。ガスバーナー、食材を炙ってパワーアップ。エビとかイカ炙れんじゃね？これは熱いですぞ。ピンボールが導入できます。ちょっと待とう。アイテムから使うのかなこれって。どっから使うんだあれ。建築でいいのかな、使い方がわかんない。さあ、待って、話が。ヘッドラインが出ました。美味しい寿司のためには握る技術の他にも目利きがとても大切です。私たちは目利きを極めて30年。坂東玉五郎さんに坂東玉五郎さんにお話を聞きました。新商品のコツは職人の目利きを高めていい食材をつかむことです。その食材がたまたま旬だと目利きがいつも以上にうまくいくんですよと語っていました。市場に出かける際には参考にしてみるといいかもしれませんねという話でしたね。ハンマーの使い方わかんないんだがどうしたらいいんだ。畑を散歩していたら新しい案が浮かびました。大根おろしを乗せたお寿司を開発してみてはいかがでしょう。天才か？天才だ。ちょっとこれはぜひやりたいね。さて、購入したハンマーの使い方を教えてくれ。どうしたらいいんだ。あ、これ熊草ハンマーなんだ。そういうこと？ちょっと待った。広がるってこのサイズ？ちょっと待って。思ったよりも広がんないぞ。まあ、一旦ここの端広げてみる。とりあえず。いった。いい感じだ。思ったより広がった。で、2本なんで、もう1箇所いけるよね、と。君に決めた。よいしょ。ありがとうございます。いいね、話が進みましたね。見て、めっちゃ広くなった。ので、じゃあ座席をまず伸ばしましょう。早速ね。こっからスタートでいいのか？こっからスタートでいいのかな？こっからこう伸ばしてここまで。奥だと多分ダメだからこんなもんにしとこうか。じゃあこれで9万円の出費で増やします。 OK。 これで座席が8つか9つぐらい増えたのかなってなると、職人さんも、待って、こいつレーンがないって、もしかしてこいつずっと仕事してないんじゃないか。ちょっと待って、衝撃の事実。レーンに顔向けないと寿司握んねえんだこの人。目の前にあったレーンの端ここにあるからそういうことだ。ごめん申し訳ない。じゃあ今向き直しますね。寿司職人さんに申し訳ないことをした。でこいつを撤去して、でもう一回配置バランスを考えながら一旦この辺かな。でもう一箇所、これは奥向きでこの向きでやってほしい。 OK。 どうだ。 OK。 魅力アップ。あとここ通路塞いでるからここもちょっと直そうかね。せっかくだからね、直せるとこはどんどん直していこう。本当はこの辺の建築物を移設するコマンドがあればいいんだけど、ゲーム進めれば出てくるんじゃないかな。で今撤去したものは配置だけ調整してもう一回再設置。ここでいいんじゃないかな。よし、わりかし順調なのでは。
オッケー、いいね。よきだね。寿司コインさえ貯まればね、もっとラインナップ増やすんだけど。ちなみに今の旬は何だろう。特に旬はないか、今んとこ。今んとこないね、旬はね。時間かかりそうだね。寿司食いてえな。なんでさ、寿司屋のラインナップさ、肉寿司いっぱいあるけど、うまいよね、あれね。なんだ本腰入れちゃったんだろうね、肉寿司のラインナップにね。一時期なんだっけ、肉寿司のラインナップの鴨肉みたいなのっていつの間にかメジャーになってたじゃないですか。鴨肉が意外と好きで。酒飲みだからかな、香りが強い鴨肉すごいいい感じなんですよね。なんか鴨肉食いたくなってきた。鴨肉単品なら全然寿司じゃなくてもいいんだけど、業務用スーパーとかで売ってる鴨肉のちょっとちっちゃいブロックみたいなやつ、あるんですけど、自分の好きなサイズにスライスして食べるスモーク鴨肉みたいなやつがあって、あれ最近食ってない。まだ食べたいな。脂身のところとかもうまいですけど、多分塩分とカロリーがやばくて、あれ食わなくなってから割と体調良かったりもするんだけど、あれうまいからね。忘れた頃が今だから、ちょっとまだ食べたい気分。めっちゃ褒められる。近くに動物園があるので、そこでもこの寿司屋を PR してみては。いいのか待って、X の方今、カイロソフトの非公式ウィキの方に、X のツイートいいねしていただきました。ありがとうございます。いいねしていただきました。ぜひぜひね、こちらのゲーム非常に面白いので、間の空いてる時間、暇な時間とか潰すのに本当にちょうどいいのでね、カイロソフトさんのゲームぜひぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。はい、案件ではございません。勝手に言ってるだけでありますんでね。はい、でも興味ありましたら、国和もカイロソフトさんのゲームいろいろ気に入ったのあるので、ぜひ遊んでみてください。今度牧場物語やりたいんだよね、カイロゲームズさんの。あれも面白そう。あとなんか G1 ダービーとかね、いろいろあるんですっけ。G1 ダービーだっけ、タイトル違ったかな。レーンが伸びたから寿司コインのたまりも気持ち早くなり、そう利益が入る速度も上がってるような感じがする。寿司職人さん実はまともな職人さん2人しか雇ってないから、もう3人枠空いてるんだね。今ここの厨房って青い帽子かぶってる人が1人2人3人例の中にいると思うんですけど、この人たちって実はあれなんで、遊戯王でいうとこのお寿司トークンなんでいないんですよ、ここに人って。トークンいないんですよ、ここに。思い出した、雰囲気似てると思ったら牧場物語もそうか。でもなんかジャンルとしてはシミュレーションゲームで近いと思う。牧場物語自体は全然違うメーカーさんのはずなんですけど、カイロソフトさんもなんか似たような牧場物語ってタイトルだったかな、放牧物語だったか、すっごいギリギリなラインの名前で確か似たようなゲーム出してるんですよね。それも面白そうだなと思ったんだけど、今日迷ったんですよ。その牧場経営のゲームやるか、お寿司握るか。お寿司に来ちゃいました。美味しいものに関わってる時間の方がね、間違いないんで。だからもう結局今日は食べ物。やっぱね、心がさんの時はね、緑とか自然に癒されるのもいいけれども、とりあえず美味しいものをずっと眺め続けるっていうのも全然やっぱね、心身ともに健康の秘訣だと思うんでね、三大欲求のうち食欲を埋めるっていうのはね、間違いなく健康への近道なので、はい、今回はお寿司の方を選ばせていただきました。はい、先駆け国和寿司でございます。呼びにくい名前だけどね、結果的に。国和寿司ね、すげえいいと思って教えてもらなんか名前募集した時に、そう琥珀さんがどうって挙げてくれた名前、これだって。琥珀さんだっけ、慶太郎さんだっけ、国和寿司挙げてくれたのどっちだっけ。なんかみんないい名前バーッと挙げてくれたから、誰のやつ採用したんだっけかな、ね、それにプラスしてしれっと先駆けってつけて、頭の中に国和寿司って言ったら男塾って言葉のテンポ感だけで急に頭に出てきたから、頭に先駆けってつけました。
先駆け国和志でございます。呼びにくい。早口言葉みたいだ。順調に寿司コインが63枚貯まったので、このタイミングで新たなお寿司を作っていこうと思うのですが、いかがでしょうか。コンサルの方の商品開発。いちごとか大根欲しいな。でも今ならサーモンでしょ。みんなサーモン食べたいよね。お寿司って言ったらサーモンだから、これを開発したいと思います。じゃあお願いいたします。いい感じに来るかな。どうだろうな。楽しみだね。もうマイクマイク遠めに使ってるけど音大丈夫かな。今日あんまり意識してなかった。最近あれだったっすもんね。これ私事になるんですけど、なんかいろんなことがありすぎて、リアルでもこっちの活動の方でもいろいろ動きがありすぎて、ちょっと精神とかが疲れてたところが実は疲れてた節があって、ちょっとマイルドなゲームやりたかったんですよね。もしやるとしても配信はねしたいなと思うんだけど、ちょっと気力が気が晴れてないというか、腰が重くなってるっていう感じだったんで、今回味変で寿司を少しつまんだぐらいにして、次の配信もどうしようかね。このゲーム自体がやり込みゲーだからね。いっそのことこのままいったら、このゲーム自体やることは多分同じルーティンの繰り返しになると思うんだよね。突っ込みどころが新たに生まれるだけで。お、3も完成した。OK。多分こんな感じで商品増やしていってね、ラインナップ変えて店広くして、客数上げて、頭数上げて、単価上げて、そういうのをどんどん繰り返していくゲームだと思うんでね、やることが多分どんどん変わってくる。彩りが上がっていくのはそうですけど、やっぱサーモンうまそうだな。サーモンロールとかも欲しいね、そろそろね。これでラインナップにサーモンが増えた。サーモン意外と安い。300円だって。いいね。今甘エビが旬だから、ちょっと待って、甘エビが旬だったら、じゃあそこも変えよう。待ってね。もう入ってるわ。ちなみにジュースの方ってあんまりおすすめにしても売れねえんじゃねえかな。せっかくだから、いやジュースでいいな。バランスタイプでいこう。バランスタイプで人気1アップ。いいね。商品の種類が増えるとやっぱり彩りが良くなるから、みんな食欲もそそるだろうね。やっぱサーモンだよね。うん。アルバイトくんどうしたの？ハンバーグとか出してみたらどうです？やばい。どんどん回転寿司らしくなってきた。いいぞ。なんか次々回転寿司らしくなってきたね。いちごはさておき、まあコーンとハンバーグ。うわー、コイン80枚は多いな。割とコーンとハンバーグと、ごめん今気づいた。あんこもそうだけど、このプリンも寿司ネタかっこプリンって書いてあるから、これもしかしてプリン単品でレーンに乗せらんない？どう思う？これもしかしてシャリと絡めないとレーン乗らないのか？このプリンとかあんこって。いちごってさ、いちごのお寿司食べたいっていうお客さんがいて、いちごのお寿司食べたいっていうキャラクターがいて、今ラインナップ、開発ラインナップにいちごってあるんだけど、これもお米に乗っける前提でここに並んでる。おいおいよしてくれよ。うちの店なんだと思ってるんだよ。プリンと酢飯はちょっと醤油かけてウニですよの一歩手前。しかも調味料のラインナップに醤油って選択肢ないしちょっと攻めの姿勢強すぎか。一旦攻めの姿勢強すぎるまであるな。いやーちょっと癖強かこの店舗は。
どこ目指してんだろう、この寿司屋。いや、本当にどこ目指してるのか全然わからん。何なんだろうね。これ困っちゃうね。さて、どうしたものか。本当はね、店内にその装飾を置いてお店の魅力を増やすっていう選択肢もあるんだけど、なんか、単純にその客の頭数を増やせるレーンだけガンガン増やしていった方が間違いないんじゃないかなって、正直思ってて。席の魅力とかはもっと魅力を上げる協力アイテムが増えてきてから考えればいいのかなっていう。なんか新商品が増えたらしい。購入か。このピンボール買った方がいいんだろうけどな。あとは食塩水、グルメオイル、ガスバーナーを。値段上がってきたね。強化アイテムの。グルメオイル買って、抹茶粉買って、お金がいくらあっても足りない。このパワーアップアイテムも単価がどんどん増えていくから、あんま気軽に使わない方がいいのかもしれない。もしかしたらね。買うだけ買って全部キープかな。問題これよ。このピンボール、予算30万ある。7万5千。買うか。娯楽は大事だからね。生垣も買うか。よし。買い占めました。富豪の遊び。買い占め。で、これを全身全霊で建築します。ピンボール3万。客足増えるんかこれ、そもそも。どういう種類のラインナップなんだい、君は。音がすごそうだから端っこでお願いします。で、まずこれで1個と、インテリアだね。これもともと2つあってプラスなんだ。じゃあ、こいつを適当なところにまず、こういうところに、結構自由に回転できるね、こいつ。なるほど。どうするのが良いんだろうか。どうしよう。全然関係ないけど、ここ派手にしてあげようか。たまにここで商品開発するからね。こういう感じで。あんまり意味なさそうだけど、ちょっと賑やかしてみるか、その辺。間空いてるから、この辺に適当に竹置いとくと。いいね。周りの魅力もアップするんでね。ワンチャンいいんじゃないでしょうか。あとどうしよう。せっかくピンボール置いたから、ピンボールの横にでも置いておこうかな。こっちにしとくか。この辺でいいか。OK。バランスはできれば気にしないでおくれ。この並びどうなのって思わなくもないけど。定期的に開催されるランキング。どうなんだろう。寿司ランク入れ替わってるね。エンタメの点数も上がり、358点。星1のまんま。まだかかりそうだね。13万円もらった。ありがとう。ありがとう。いいね。順調。さて、寿司職人さんをぼちぼち雇ってもいいのではないでしょうか。なんか握るスピードも職人さん雇うとその方が早いらしいんでね。じゃちょっと寿司職人さん、また凄腕の方いれば、コンサルの求人事か。今だと6万円のちょっといい募集をかけることができる。いい職人さん欲しいよね。お願いします。よし、人件費お金かけてこう。うちは労働者に優しいお店目指してこう。世の中世知辛いからさ、うちのお店ぐらいはね、みんなに優しく接してこうよ。いや、この寿司屋エビしか流れてねえマジで。大体ピンクなんだよな、流れてるラインナップが。
間にちょっと卵とかなんか白っぽいのも混じったりするけど、だいたいピンクなんだよ。サーモンも色ピンクっぽいしさ。どうなんそれは。どうなんでしょうこのお寿司屋さん。エビ屋さんでいいじゃん、もう名前。やっぱ経営難しいね。それ考えるとやっぱりチェーンのさ、どこでも同じ味で食べれる寿司屋さんってすごいよね。ラインナップあんだけ揃えててさ。でお店も基本的に黒字なんでしょ。経営ってさ、すごいね。お店を持つってすごい大変なことなんだね、こうやって見るとね。なんか、今このレジ前だけ見るとなんかうちも繁盛してますみたいに見えなくもないけどね。もっと繁盛させたいところ。飲食店とかって多分1日の、粗利利益とか考えずにその日1日の売り上げっていう数字だけで見たときに結構な金額にならないと多分ダメなはずなんですよね。どのぐらいなんだろう。1日に100何十万200何十万とか売り上げないと厳しいんじゃないかな。100万とかの売り上げ出れないとかなり厳しいんだと思う。職人の募集をかけたら5人の応募がありました。素晴らしい。ステータス高っ。勝利50とかあるけど。マジか。りゅうこさんすごいね。りゅうこさん。限りなくお笑い芸人の名前に近いけど。目利きが高い。フランス料理が得意です。どうして寿司の世界に渡り歩いてきたのかな。寿一郎さん。いい名前だね。カリフォルニア二郎。いいね。お国柄が出るね。本当は巻物得意なんだろうけど、ライスに、魚を乗せる仕事と聞いて楽だと思ったのかな。秋なし、この間も来たよね、君。右郎くんとね。龍子さんと一郎さん。これ3人すごいぞ。3人雇っちゃうか。雇おう。お願いします。で、寿さんも採用。で、二郎くん、お寿司に興味あるんだって？よろしくね。めっちゃ金髪になったけど二郎くんなんだよな。ハーフかな。こんなもんかな。残り2人は大丈夫です。この間の募集にも来てくれたけど、また今度ね。じゃあ、ここの位置に、まずは、どうしよう。龍子さん真ん中の方いいな、じゃあ。どうしよう。じゃあ、一郎さんここに来てもらおうかな。で、龍子さんにここの真ん中の席を担当してもらって、で、ここは、二郎くんにやってもらおうかな。じゃあ、お願いします。よーし。これでついに各場所に職人さんがずらっと並びました。もうこれでお寿司に並ぶスピードとかも全然上がってくるんじゃないでしょうか。少なくともね、お客さんが商品流れてこないからキャンセルだっつってマイナス評価になるっていう案件がね、最初発生したんで、それが発生しなくなるんじゃないでしょうかね。よし。ぼちぼち安定してくるんじゃないですか。こうなってくると、やっぱりラインナップを増やしたくなってきますよねと。なんかまたアイテムが、何これ、ヤシの木って。カチの種。こんなのもあるんだ。買えるものはどんどん買っていきます。金があるうちにね。これが装飾品。常夏だね。夏っぽいね。常夏アイテム2つゲットした。だって、じゃあせっかくだからちょっと、どうしよっかな。並びを変えるのもあり。並び変えてみようか。お店が閉店するタイミングで内装少しいじろう。そうするとお店の人気が上がるんじゃないでしょうか。最近全然お寿司の開発してないな。今ならいけんじゃないか。マックスハンマーに入荷した。これいくらだっけ？15万。買います。さあ、これでまた
座席の数を増やすことができます。やべ、金がねえ。みなこさん、実家で牡蠣の養殖で稼いだへそくりがあるのでご利用ください。もう蓄えはありますのでお金を使いすぎに注意してね。みなこさんありがとう。10万もらった。いつもお世話になってご迷惑をおかけして申し訳ない。ありがとう。これでしばらく大丈夫そうですね。オッケーオッケー。何も考えずに買い物した結果がこれだよ。危なかった。優秀なマネージャーがいたからなんとかなったけど、マジで危なかった。ちょっとしばらく経営が傾きかけたんで少し様子見ですかね。あんま買ったはいいけど。このままじゃ危ない。倒産する。店潰れちゃうよ。営業社員、こんにちは。近くの会社に勤めるものです。社内コンクール。なんでさ、この世界観って自社とか自分の学校内とかで平気にその生物を扱うお寿司のコンクールやろうと思うんだろうね。お店の中にその魚臭いもの持ってこられたら嫌じゃないのかね。この世界観がわからん。前にカイロソフトさんのラーメン館全国版みたいなゲーム、ラーメンを作るゲームやった時も同じような感じだったの。そこでそんなコンクールやるみたいなコンクールが全国各地すごい頻繁に起こるっていう謎の設定があって、そうずーっと何かしらやってた。何かしらコンクールやり続けてた記憶がある。何だったんだろうね。何だったんだろうねって言ったらおかしいんだけどさ。なんかあれだね。このピンボールゲームの横に自販機欲しいね。と気づいた。自販機置けるよね。せっかくだから置いちゃおう。間違った。ボタン間違っちゃった。並びとしては実に自然である。よしよしよし。そうすると、ずっと気になってた。いや、とりあえず常夏のやつも、ここの自販機の横に。いや、邪魔だな、これ。ここに置いとくか。お金が足りない。1回の維持費が37,500円。ほぼ4万ぐらい維持費かかってる。いや、お金かけすぎたな。意外とカツカツになってきた。維持費が37,500円ってことは、1回の売り上げがそれを超えなきゃいかんと。どうなんだろう。いけんのかな。あんまり数字ちゃんと追ってなかったけど。って言ってる間に寿司コインが今89枚溜まっているので、またあれしますか。商品開発いきましょうか。バラも何もしてなかった。大根おろし、ハンバーグ増やそう。人気になりそう。肉寿司。よし、ラインナップにハンバーグが増えた。お客さんに小さい子供とかね、あとは学生さんいるからね。若い子とか男の子は好きでしょ。ハンバーグ嫌いなわけないもんね。ハンバーグの後に師匠ってつければそれでお笑い芸人が完成するぐらいにはね、男の子に人気なラインナップの一つだからね、ハンバーグはね。あって損はない。むしろあるべき。今の時代。ねえ、今気づいた。Y、現実の方の Y、今日晩飯食ってない。めっちゃ腹減ってる。今気づいた。ぼーっとしてた。一日何もしなかったから、体力使ってなかったからね。今気づいた。飯あんまり食ってなくて腹減ってるわ。大変だこれ。一食しか食ってないんだ今日。いやーね、腹減っちゃった。どうしよう。あと食えるもの特にないしな。ちっちゃいゼリーがちょっとあるけど。お、当店も繁盛してきました。そうね。そろそろ他に出入り口があってもいいかもしれません。あら、いいじゃないの。玄関の建築を得意とする業者がいると話に聞いたのですが、玄関を増やせる。いいね。増やしたい玄関。おいくらで増やせるんでしょう、玄関は。100かかるな。
構かかりますな。あとね、そろそろ座席をがっつり増やしたいところ。このためにレーンを2列にしてみるのはいかがだろうか。どれ？ちょっと考える。マックスハンマーが1本か。本当は2本欲しいんだけど、まあ悩ましいね。どうしよう。もうちょっとしてから考えるか。ハンバーグ完成。いいね。よいしょ。ハンバーグよいしょ。嬉しい。ハンバーグ嬉しい。さて、このハンバーグですよ。今せっかく職人さんがいろいろいらっしゃるので、今ラインナップ。今イカが旬ですね。今旬だから、今このイカの開発をするとだいぶ評価が跳ね上がる可能性があるので、今からこいつを評価していきます。これじゃない、商品開発だからこっちか。で、イカの握り寿司を評価したい。で、一番調理のレベルが高いのがリュウゴさん。目利きも40あるじゃん。すごっ。いや、リュウゴさんお願いします。うちのエース。OK。これでぜひぜひお願いいたします。激うまなイカをね、一つお願いしますよ。一旦セーブしとくか。OK。なんかやっとじわじわと寿司屋さんらしくなってきたね。寿司屋さんっぽくなってきたよ。よかった。なんとかなりそうだね。ここまでが長かったな。長かったって言ってまだ始めて2時間。でも3時間経つんだね、もうね。もう3時間経つんだ。やばいね、時間経つのが。最初の30分ぐらいゲームが全く進まない時間があったんだけど5だと目利きが難しい。これはね、全振りでいいんじゃないか。厳しい。いやー、どうしよう。もうちょっとコイン溜まってから行けばよかったか。なんとかお願いします、これで。いってらっしゃい。お願い。どうだ。20点。13ポイント。10ポイント。学士、傷物か。どうなのか、これ。どうなんだ、これ、マジで。キマジンさん、国和、これだけ言います。納豆に砂糖を入れて混ぜてから食べてみてください。うまいです。では失礼しました。それね、前にね、言われて試したことある。東北だと秋田県の方がよくやるんですよね。砂糖入れて食べるやつ。結構うまいんですよ。結構うまいの。今話が出るので、皆さんもぜひ試してみてください。納豆を食べるときに、砂糖を入れて食べる。しかも、お客さん、ここだけの話、とびきりの情報をお教えします。死を忘れました。いいのよ、気にしないで。いつもと違うなとは思ったけど。国和氏で聞き慣れてたけど、まあ、そんな気にしないから大丈夫。いいのよ。ね、耳寄り情報です、皆さん。ゲテモノと驚く中で、納豆に砂糖とマヨネーズです。砂糖とマヨネーズを納豆に入れて混ぜて食べてみてください。めちゃめちゃうまいです。納豆が化けます。そう、納豆が納豆じゃなくなるんです。すごい全く別の代物になるので、騙されたと思って一回やってみてほしい。限界まで混ぜまくるとふわっふわのソースみたいになるんですよ。ふわっふわになるんです。そう、マヨ。納豆にマヨと砂糖、この組み合わせすごいのよ。ワイもね、騙されたと思って試してみたの。もうね、お米に合わせるものじゃなくなる。サラダとかにかける感じになる。雰囲気としては。だからドレッシングとかソースみたいなやつのなんかペーストっぽいやつ
みたいな扱いになる。結局ね、マヨネーズとその砂糖のおかげで、粘りが出たのが、それ自体が、ソースっぽいものに変容するというか、納豆の糸引いてるネバネバの部分、ただの部分っていうものじゃなくなるんよ。そのネバネバが、マヨネーズと砂糖に一緒に溶け込んで、それ自体が一つのソースとして確立するような感じ。それがね、レベルが高いんですよ。昔ホテルの料理人をやってた方が職場の先輩にいて、その人がそういう食い方してたと。本当ですかと。でも元料理人が言うなら味はうまいんだろうなと思って騙されたと思って試してみたんですよ。そしたらこれが大当たりだったわけですよ。うまかったんですよ。これ騙されたと思ってぜひやってみてください。すごいっす。甘納豆も好きだけど、これはこれでうまそうだ。いや本当にうまかったっす。本当に慣れてなければちゃんとゲテモノっぽいラインナップに聞こえるんだけど、多分東北でいう秋田県の方だったら納豆に砂糖は多分馴染みは結構あると思うので、それにプラスマヨネーズって考えてもらえれば意外と悪くないなっていうのが伝わるんじゃないかなと思います。ぜひ興味ある方は試してみてください。国勝のおすすめでございます。うまいんだこれが。最近やってないな。納豆冷蔵庫あったっけかな。久しぶりに食いたくなってきた。米あるし、配信終わったら久しぶりに甘い納豆で砂糖マヨ納豆でご飯食べてみようかな。久しぶりにうまいんだよな。シーチキンもあるからいろいろ試してみるか。さあ、イカのグレードアップが何がうまいだろう。イカだと甘だれ七味なんかどう。イカちょっとくどいか。甘だれ七味うまいんじゃない。甘だれ七味これでいきましょう。ちょっとくどいかもしれないけどお願いします。おいしくなーれ、おいしくなーれ、にぎにぎぎゅん、おいしくなーれ、にぎにぎぎゅん。シャリはふんわり握ってね、頼むよ。なんか品質アップって今表示が出たな。いいよ、すごくいい。そしてまた大将が、千際さんがなんか新商品入荷したみたい。お金ないけど覗くだけ覗いていくか。いやー結構厳しいな。いやーまあ食塩水だけ買っとくか。ちょっと厳しい。一旦このぐらいにしとくか。本当は全部買いたいけど、また赤字になったら次はどうなるかわからん。ぼちぼち厳しい。さあヘッドライン最新号が発行。お、寿司コインを多く手に入れる方法。お、素敵な情報だ。以前に店舗内のレールが長すぎて座席と設備が遠くなっていた。ほう。お客さんは座席近くの設備を利用する傾向がある。へえ。あ、設備を使うとコインが手に入るのか。なるほどね。はははは。これはいい情報だ。よし。じゃあちょっとそれを意識していろいろ設置してみよう。例えば甘だれをバニラアイスにかけるとうまいみたいな。それ初めて聞いた。バニラアイスに甘だれってうまいんすか。醤油じゃなくてバニラアイスに醤油はね、なんかどっかで見たことある。昔食い道楽の先輩がいて、いわゆる日本全国に道の駅ってあるんですよ。その高速インターみたいなやつとか、あと下道のところどころに休憩所みたいなのが施設があるんですけど、それ道の駅って呼んだりもするんですけどね。そういうところに醤油ソフトとかそういうのがあったりとか、なんかそういう覚えはあるんですね。甘だれ、みたらし味、そういうことね。甘だれってみたらしのことね。なるほどね。みたらしバニラは美味しそう。それはありだ。それ美味しそうだな。甘いで、その組み合わせはすごくいい。練乳ソフトみたいなもんだね、多分。甘さに甘さプラスで、香りと風味が変わるパターンのやつだ。それ美味しそうだね。いいね。さあ、試作品が完成。中年と年配に人気になりそう。お、すげえ。5だ。うわ、すげえ。これはなかなかいいのでは。うわ、すげえ、ポイント上がった。けど、伸び悩む。美味しさ8。
最高記録ありがとうございます。これでイカが旬の時はね、イカ2トップで並べられるようになったんで、これでまた売り上げが上がるんじゃないでしょうか。これは七味タレイカっすね。七味タレイカ。これでいいんじゃないか。いや、甘タレイカだな。タレも種類増えるかもしれない。もしかしたら。甘タレだね。七味甘タレイカ。これでいこう。オッケー。お、あらー。お値段もお得ね。500円はね、このお店の価格で言うとお得でしょ。だいぶお得なライン。新作の七味甘ダレイカですが、調理の手間が高すぎて私たちでは握る速度が落ちてしまいます。何を言ってるんだね。お、アルバイト用の調理マニュアルを用意してはいかがでしょう。新要素だ。そんなのがあるんや。どういうことだ。これはあれか。寿司の握る難易度が下がるのか。じゃあ下げれるなら下げたいか。これか。じゃあコイン120個いるんだが、調理能力を向上させます。能力の方を上げてあげるのね。そのパターンか。ちょっと厳しいか。ちょっと厳しいか。とにかくあれだね。最近財布の中身を使い果たして帰ってしまうお客様が多くなってきました。銀行に頼んで ATM 邪悪なこと言ってるぞ。 ATM の設置邪悪だぞ。店舗に ATM を置ける可能性が出てきた。なんて邪悪なことを。そんなことしたらお客さんがみんなお金を下ろしていっぱいお金を使っていくじゃないか。上ね、家計へのダイレクトがアタックや。 ATM を早急に導入しようぜ。これ50枚だね。玄関作るのもそうだけど ATM を置くのワンチャンありだね。売り上げが跳ね上がるんじゃないか。でもそんだけうちのお店も人気になったってことだね。いいことだね。ありがたいね。非常にありがたい。これはいい感じじゃん。いいねいいね。いやー、まだまだかかるね、このゲームは。今でだって今で0時になりましたね。いいね。意外と時間が、やっぱカイロゲームズさんのゲームはね、時間が解けますね。これがね、非常に解ける。お客さんの客足も伸びてはいるが、どうなんだろう。ぼちぼち画面にも変化が欲しいところ。やるならお店の拡張か。なんかいろいろ工夫して決めなきゃいけないかもね。夏休みに入りました。さあ、こっから稼ぎ時ですよ。書き入れ時でございます、皆様。ハンマーって、出た、ランキング。イカの甘だれ七味が最高得点叩き出した。いいね。485点。星の数増えた。星 1.5 いただきました。ありがとうございます。いいね。いいよいいよ。いいよ。話良くなってきた。なんだ、賞金増えたじゃん。16,000円。16万か。16万円頂戴しました。素晴らしい。会長ありがとう。いやー、嬉しい。会長ありがとう。完全に某通販番組の演歌歌手のお母さん、演歌歌手のお姉さんかな、お年を召したお姉様。道が広いからお店も広くなりそうですね。そう。これが伸びしろなんで。この森は平たく言えば伸びしろですね。全然伸びしろですね。この敷地の広さは。ワンチャンもツーチャンもある。一旦こっち側の方にね、店伸ばしてって、そっちが終わったらだんだんこっちの方に伸ばしていこうかななんて思ってました。今のところね。暫定でね。レッドブル飲み干しちゃった。ごちそうさん。レッドブル大好きだ。うまいぜ。
お寿司屋さんにもレッドブル置こうぜ。深夜まで居座ってくれるよ、お客さんが。横島。ATM の開発いけるんじゃない？ぼちぼち。いけるね。じゃあ ATM 置こうか。本当は玄関置くのはありだけどね。じゃあ ATM のリースを話進めます。OK。で、お店も、どうなんだろう、広げた方がいいのかな。今、1日の売り上げがだいたい9万8000円、ほぼ10万近い金額で推移してるから、ATM 置いたら、またクッと上がるんじゃないか。2、3万ぐらい上がりそうだよね。で、そのぐらい上がってくると、今度別の投資に回すお金が増えてくるから、そうなってくると、商品開発、そうだな、店舗内の装飾とか、もっといじれるように多分なってくるよね。楽しみだね。楽しみですね。これはまたね。どんな感じでいけるでしょうか。維持費がね、ほぼ4万近いからね。でも売り上げに対して、その半分以下で、固定費というか、経費が収まってるのであれば、いいか。4割だよね。経費4割。本当は3割ぐらいの経費で抑えた方が、いろいろ、手が効いていいんだけども、サラダバーとかいっぱい置いてっからね、なかなか。この辺の施設も置けば置くほど、いわゆるそのメンテナンス費というか、毎月の経費が、かさんでくるんで、この辺も本当はね、量とかいろいろ加味してバランス取っていかなきゃいけないんですけどね。今、とりあえずごっそり置いてる感じなんで。ATM 来ました。よーし。さあ、設置しようか。ATM だよ。みんなバンバンお金を落としていってくれ。10万かかるわ。出入り口の横かな。配置ここでいけるか。みんなこれでどう？お願いします。うちのお店にお金落としてってお願いします。あれだね、なんかランニングマシンとか無駄に3つぐらい設置してるけど、これいらないかもね。あんまり派手に稼働してるのは今稼働してるわ。3つなくてもいいんだろうな。お腹いっぱい食べた人が腹すかせるために乗るようなもんだから。分散しておいた方が効果出るのではこれもしかして。なんか並んでるし、ここに。ランニングマシン分散しようぜ。なんか見た感じ。店長、そろそろ職人を増やしたいと思いませんか？マジ？控室か。ありがてえ。職人さんはもっとこれできるようにしましょう。ということが得意な業者さんを探さなければなりません。いつものパターンね。オッケーオッケー。ちょっとじゃあ順番にいろいろ考えよう。まずは、このランニングマシン。同じとこに3つ置いとくのはどうやら効果があまり良くなさそうなので、1個ばらします。1個こいつをばらして、で、離れた操作を間違っちゃう。離れた場所に、この辺とかこっちの方に1台ランニングマシンを、彼の真後ろに。さすがに迷惑か。ここに置いとくか、ランニングマシン。本読むとこの隣って絶対おかしいんだけどさ。いやー、生垣の位置が気に食わない。常夏の植物のを見ながら一生懸命汗流してくださいよ。ここに設置します。多分通れるでしょ。なんかほら、ここにもちょっと床あるしね。いいじゃん。避けて通ってるじゃん。いけるいける。大丈夫そうだね。これで運動スペースが2箇所に分散したので、これはいいんじゃないでしょうか。プラス効果を期待しちゃう。期待しちゃう。いいねいいねいいね。奥の席の人が運動を始めたね。ウォーミングアップを始めて、お腹の空白を増やして、また座席について飯をバンバン食ってくれるという、ね、プラス効果が生まれてるわけですよ。そもそも寿司屋でランニングマシン見たことないけどね。実際どうなのってところはあるけど、この世界だとそういうもんなんでしょう、きっと。
あるってことはきっとそういうこと。わからんけど、なんかだってあるから。お店もっと広くしたいね。ハンマーが今1本あるから、ワンブロック分は広げられるんじゃないかな、今。ワンブロック広げたら、どのぐらいだ？ここ縦に1本バーンと広がるのか？もしかすると。いけるんだったらそれで広げたいよね。今29万。広げるだけ広げて、レールを伸ばすのもあり。ここだね。なんか微妙になりそうだな。じゃあお願いします。そうなったか。そうなったか。もう一マス。ここがもう一マス広がったら、この諸々の配置を変えて、レーンを伸ばそう。そうしましょう。一回セーブしとくか。うちの寿司屋も経営始めて3年が経過しました。あまり振るっておりません。正直なところ。正直な話。あまり振るっておりません。もしくはあれだね。わざとここの空間開けといてさ。レジの追加ができるからそこにレジを置いてさ。出入り口もいずれここに追加してってやれば、お客様の出入りがもっと回転率早くなるかもね。今のところだとほら、奥の席からレジまで遠いからさ。出入り口1個しかないし。それだとちょっとね、まだいまいちだから。こういう拡張は一つ考えるのはありかもしれないね。と考えるとだよ。もうちょっとレーンの構造自体を少し工夫してみるのもありかもしれないね。どうしようかな。まあレーンの形も自由にできるからわざわざ1本にしなくてもいいし、2ブロックに分けてもいいよね。それもそれで面白いかも。今 L 字型になってるけど、ブロック分けるとあれか、職人さんを一山二山分けなきゃいけないから、レーンごとで商品の並ぶスピードに差が出るか。ってなるとちょっと怖いところだな。難しいところだな。売り上げが10万円を超えました。ありがとうございます。いいね、順調だね。また失敗した。今冬でしょ。冬の12月でしょ。おすすめラインナップ。エビが旬だからこのままでいいんじゃないでしょうか。今のラインナップってさ、エビ、イカ、卵、サーモン。サーモン開発する？サーモンだとさ、アボカドとかオニオンとかだよね。なんかイメージ。炙りサーモンももちろんあるけど。サーモンマヨ。サーモン炙りマヨ。でも炙りってなかったよな。フェイクアイテムっていうか、強化アイテムでガスバーナーってのがあったけど、多分炙りサーモンにはならないんだよな。どうしよう。ハンバーグあるじゃん。ハンバーグ強化しようで、じゃあ。マヨハンバーグってみんな好きでしょ。じゃあ商品を開発します。ハンバーグ。食材ランク E だって。低いんだ、食材ランク。じゃあみんな結構、簡単に作れるんじゃないか？多少凝ったことやっても。例えばうちの近くにバーキンができました。バーガーキング。熱い。いいな、バーガーキング。バーガーキング今んとこ多分行ったことないんだよな。こっちにないんじゃないか、バーガーキング。なんか前にも似たような話した記憶あるけど、どうなんだろう。じゃあ、リュウコさんにまた目利きをお願いしようかな。バーガーの、ハンバーグのね。バーガーじゃなくて、ハンバーグね。どんな感じになるんだろうか。商品もちょっとずつみんなこうやってレベルを上げてって、お客さんの目を引く、興味を引く
香りがいい、味のいい、見栄えのいい商品をどんどん増やしていかないとね。なんかこうやって見るとさ、なんだ新商品、ホタテを仕入れた。近くの魚屋がホタテを仕入れたらしいですから契約を結んでみてはどうでしょう。ホタテ欲しいね。ホタテは軍艦か。いや、でも握りもあるのか。よし。波以上を当てに行きます。5枚で波以上。増やせばもっと上行く？うわ、すげえ。高級品探してくれるじゃん。ちょっと、高級品、あれだ、ランクの低い寿司だと、少なめのコストでかなり高い期待値、期待できるんだ。じゃあちょっと高級品、探してきてもらおう。お願いします。ぜひ。どうなるだろう。全然数字違うじゃん。いいやん。いいじゃん、いいじゃん。悪くないよ。目利き評価75点。いいね。悪くない、悪くない。こっからカスタム乗るからさらに熱いんじゃないか。30枚も使ったけど、その価値はあったのでは。どうだろう、どんな感じだろう。自作品のベースができたそうなので、ここからトッピング。何がうまいだろうか。マヨネーズはまず必須だよね。ダブルマヨでも、いやー、刻み海苔なんてあんまりやったことないけど。いや、見栄え今パッとしないな。刻み海苔ではない気がする。甘だれはびっちゃびちゃ。びっちゃびちゃだな。ダブルマヨネーズでいいか。じゃあこれでマヨハンバーグお願いします。楽しみだね、出来がどんな感じになるだろうか。美味しさ評価は上がってくれそうだけどね。あとハンバーグが300円だから、せっかくだから今度500円のハンバーグとかに化けてくれたら嬉しいよね。1個あたりの単価が上がるから。そっか、難易度の低い寿司全部強化してラインナップ一新するってのは全然ありかもね。寿司コインが溜まってれば。なるほどね。分かってきたぞ、このゲームのことが。だんだん寿司の造形が深くなってきたね。いいよ、国勝。寿司職人としてだんだん成長してきましたね。うん。良きかな。いいよいいよ。さあ。今あれだね、1箇所の評価が6超えてきた。いいよ。これなんだっけ、味だっけか。味食感。完成した。さあどうだ。凝縮された旨味がたまらないベタ褒め。ハンバーグベタ褒め。やった。うわ、すげえ。よし、美味しさ9。記録更新です。ありがとうございます。価格が300円と。はい。お値段そのまま、うまさが急激上昇。素晴らしい。どうしよう。マヨハンバーグ。でもマヨ2回乗っけてっからマヨマヨハンバーグにするか。マヨマヨハンバーグ。マヨマヨバーグでいいか。オッケー。マヨマヨバーグ。オッケー。いいね。これは人気になるんじゃないの？ちゃんと旬の商品が並んでるからいいね。料理ラインナップ自体はいいね。増えてきたね。多分今の感じだとこの300円の商品に関しては少なめのコストで結構安定した強化ができるのかもしれない。さあだんだんつかめてきたぞ、このゲームの仕様が。じわじわ腹減ってきたな。
今で0時20分。この夜中にね、米食うってのもなかなかどうなんだろうってところではあるけど、メニュー増えましたね。おかげさまで、やっとここまで来ましたよ。なんか、メニューかぶり多いけどね。なんか、いわゆる乗っけただけ進化の商品ばっかりではあるんだけど、寿司コインが溜まったらね、ホタテを入荷したいところではあるんですが、ホタテが85枚。コーンもあるんだけど、コーンよりはホタテが欲しいよねっていうところ。ホタテ増えたら彩り良くなるなぁ。一旦この85枚を、寿司コイン85枚を目標にね、ちょっとこのまま様子見ていきましょう。いい感じにいけるといいね。難しいところではあるけど、やっぱ寿司面白いな。寿司やりますね。うん。みんなお金が足りていないのかな？僕に ATM をもう一個設置してあげた方が良いかい？どうなんだい？なかなかそっか。ATM もそうだけど、元々のお財布の上限の話もあるのか。ちょっとまた部屋が暑いので換気しますね。またコショコショ声になります。あ、涼しい。寿司ランキング発表。以下が142点。点数上がったかな？前回と一緒だ。よし、OK。で、16万もらってありがとう。投資もできるけど、とにかく寿司コインがたまらないことには話が進まないからね。コインがもらえそうな設備を増やすのもありだけど、売り上げに対してどうなんだろう。ちょっと怪しいか。いやー、調整難しいね。なかなか難しいところ。飲み物取ってきていいですか？ごめんなさい、ちょっと缶ジュースがなくなっちゃったので、ペットボトルのお茶が冷蔵庫に入ってるので、ちょっと取ってきますね。国和一瞬離席いたします。少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。戻ってきましたよ。どっこいしょういち。よいしょい。はい、お待たせいたしました。お、皆さん、寿司、コンパンダでございます。ありがとうございます。ただいま国和が戻りました。お待たせ、お茶取ってきましたね。冷たいお茶持ってきたんで、これ飲みながら
やっていこうと思います。今日は寿司握っておりますんでね、よかったらお寿司屋の店舗の方でゆっくりしていってください。また、週刊誌が出ました。月刊誌かな。はい。もう読み飛ばしちゃうんですけど、このヘッドラインの方は。座席の周りにインテリアを設置すると座席の評判が良くなるという話みたいです。なのでこれもね、意識してやっていこうと思います。今もう配信を始めて、ちょっとスタート遅かったかな。9時ちょい過ぎからスタートして、で最初の30分ぐらいは突っ込みどころがあまりに多すぎて、全くゲーム進まない時間を過ごしたりもしたんですけど、今やっとね、職人さんもそれなり雇って、レーンも伸ばして、いろんなものを設置しながらね。で、今は、その黒字化を待ってる状態。今、一応黒字で経営はしてるんですけど、この、寿司コインっていうこの黄色今65って溜まってるやつ。コメント欄で被ってるかな？右上にあるんですけど、この寿司コインを貯めてる最中です。なのでゲームの実況配信なのに完全に待ちですね。完全に待ちの状態。これがないとね、何もできないんで、待ちっすね。あ、そうだ。せっかくだから、コンクール出ますか。なんか勝てそうなコンクールあるっすよね。これ。校内寿司コンクール。これでハンバーグで勝負挑もう。さすがにさ、ハンバーグなら勝てるでしょ。若い子ハンバーグ好きでしょ、みんな。よし。買ったら賞金もらえるそうなんでね。あと新商品の入荷もあるそうなので、それも買っていきたいところ。きたー。待って、25万。買うよ。欲しいから。食塩水買っとくか。お、キジさん。うちの店のために入荷を強化したいと思います。素晴らしい。またこっちで段取り込まなきゃいけないの。じゃあパンプキンさんまたね、お手数おかけします。ジュルリ。うまそうよね。うまそうなもの増えてきたよね。刺身包丁も追加しようかな。あとは抹茶の粉も足していきたい。何フライパンって。やばい、金がなくなる。本当はもっと欲しいけど、一旦、いやー、一回こんなもんにしとくか。ただね、お金がちょっとそうすると足りないので、あれだね、今予約したこの校内寿司コンクールの結果次第かな。多分これでも寿司コインもらえると思うから、それ次第だね。80枚かかるか。追加機能、この控室の増築、これ追加機能が開放されるから、本当はこれも優先して開きたいのですが、厳しい。玄関建築も本当はやりたい。うわー、悩むな。調理マニュアルも本当は早急に欲しいからね。ホタテも追加したいし。ねえ、これ完全にコインゲーでしょ？コインがないと話が進まんのですよ。今日 PR 全然打ってないな。たまには PR を打った方が良いのだろうか。いざコンクールの時間でございます。さあ、うちの方はこの3番の席の方でございます。深川龍子がうちの料理人でございます。1番はガチ。ガチなんだよ。学生の胃袋つかみに来てるもん。焼肉寿司って子供みんな好きでしょ。こっから。で、こいつはね、気にしなくていい。かば焼き太郎。こいつふざけてるからずっと。人前に出すのにね、ずーっとこいつふざけっぱなしだから、こいつはもう全然気にしなくていい。10点です。お帰りくださいって言われてるから。こっから。あれ？俺商品間違ったか？ただのハンバーグ持ってきちゃった。ダメかもー。ダメかもー。ダメだわ。
ちょっと舐めてかかっちゃった。賞金欲しい。優勝して。くそー、ダメか。でも寿司コイン15枚もらえたんでね、一旦よしとしましょう。一旦ね。待って。もう一個さ、なんかなかった？町内のコンクールがある。これは町内コンクールは、若者中年男性よりの旨味が得点高いから、こいつ行こう。3ヶ月後に応募可能になります。パッキンジャップ。じゃあこれは3ヶ月後の楽しみにしときましょうね。ギリギリ。コンクールでは審査基準に適した料理を用意することに限る。知ってるわい。まあそもそもね、やっぱり生地の付録に寿司コインがついてました。目利きの時に使用してみたらどうでしょう。寿司コインってそんな安価なものなの？30枚？こんなに苦労して集めてんのに雑誌の付録で30枚？おい。あれだな、V ジャンプに遊戯王カードがついてくる時みたいな感じでちょっと買い占めた方がいいんじゃないか、その雑誌。ちょっと100冊ぐらい買っておいで。その価値あるぞ。さあ、寿司コインが一気に112枚になったので、さあ行動に移しましょう。じゃあ何を買う？何しようか。そうすると仕入れ強化か、ホタテの解放か、大根おろしもいいけどね、トッピングが増えるのは強いから。トッピング増やす？おろしハンバーグってあるよね。いや待て。いやでもどうなんだろう。大根おろしありだと思うんだけどな。うわマジでもお店の回転を上げるなら玄関建築の方がお店の回転率は間違いなく上がる。そうすると回転率が上がると客の入店する頭数増えるはずだから、寿司コインの回収も早まる。 OK 分かった。玄関にしよう。はい、玄関。今ここに玄関が1個あるから、こっち側に玄関をもう一つ追加することで、ここにレジを置いてっていうことができるよね。天才か。その形でいこう。その形でお茶を飲みながらね、開発が済むのを待ちますか。いいね。流れ乗ってますな、完全に。順調も順調っすよ。いやー、さっきも話しかけたけど、最近リアルの方で寿司食いに行ってないから、そろそろ行きたいっすよね、本当は。寿司食いてえな。現場が変わって給料ちょっと下がったせいで、なんか月に1回ぐらいは回転寿司ぐらいは行ってたんですけど、それも行けなくなっちゃってね。最近そういう外食に行けなくなってるから、久しぶりに行きたいっすよね。なんかこのまま行くと8月の半ばか末ぐらいには現場がまた前の現場に戻りそうなんで、そうすると給料ちょこっと増えるんでね。よし、玄関完成。玄関置いちゃうぞ。どう置こうか。玄関こうかな。玄関置くなら生垣にこうセットか。一旦こうかな。装飾を置くことも考えればゆとりは欲しい。いざとなったらでも場所もずらせるのか。じゃあ一旦ここにしよう。間違った。怒られたんだが、外か。ここか。オッケー。じゃあここに立てます。ドン。素晴らしい。いいよ、すごくいい。で、それに合わせてレジ受付を
追加します。受付そっち向きでいけんだ。それは知らなんだ。だとしたら受付こっち向きの方いいな。もしかすると。そうするとそっち側にまたいろんなサラダバーとかいろいろ置けるんじゃないか。よし。いや、まだ設置できる。まだ設置できるぞ。設置物何がいいかな。こっち側にサラダバーを2つぐらい。あ、これ向き変えらんないじゃん。うわー、向き変わんないんだこれ。あちゃー、マジ？じゃあちょっと話変わってくるな。君じゃないです。向きに影響されないものを、もしくは最初からその向きで設置できるもの。まあガチャポンか。何も考えならとりあえずガチャポンで良いのでは。設置が難しい。ガチャポンのお金19万ある。ガチャポンのおもちゃ売り場。おもちゃ売り場。まあ、ガチャポンの隣はおもちゃでしょう。の、まだいけるか。どうだ。多分今、経費が3万、4万ぐらいだから、こっからプラス1万で5万。8万ぐらいあればいけんじゃないかな。あ、玄関開けたら5分でお寿司。D さん、5分でお寿司でございますよ。さあ、どうなるかな。玄関2つに増えたんでね、これで。もしかしてリアルの話、D さん家は玄関開けたら5分でお寿司屋さんに繋がってるってこと？神物件って話ピンボールも設置しようか、ついでに。ピンボール設置して、で、とどめの自販機でどう？あえてレーンのところで1100円の高級オレンジジュースを売りながら、自販機で雑多なジュースを置く。あ、受付スタッフ。赤貝を食べたい。お、ラインナップが増えるチャンス。いいね。いいよ、すごくいい。よーし、お店の玄関口が整いました。ありがとうございます。いいね、順調だね。これは順調だよ。いいね、めちゃめちゃいいね。すごくいいね。これでこの後ろのとこが空いたらまた並び順は変えていきたいけど、どうかな。あ、だんだん家具の設置場所とかも難しくなってくる頃合い。本当はね、あれなんですよ。この辺の今いろいろレジを挟んでいろんなものを並べたと思うんですけど、レーンに隣り合わせた方がこんな感じでね、レーンに近いところに設置した方が相乗効果が生まれるんですよ。なんかの隣に物を置くと魅力が上がったりとかレベルが上がったりとかっていうのがあったりするので、本当はそうした方がいいんですけど、一旦ねビジュアル重視で、おい、来たよ来たけど買えない。35万する次のハンマー。このハンマー使ってこの土地を叩き潰して店舗に変えるんですけど、さあ今期の売り上げ10万5千円です。素晴らしい。10万5千円売り上げました。10万5千円売り上げてて、固定費が多分今5万いくかいかないかだから、とりあえず半分はってことは、そろそろ寿司のラインナップを強化しないとまずい。4万3000、維持費4万3000か。うわー、どうすっかな。さあ、どうやって利益を伸ばすか問題が今発生しております。難しい問題だね、これ。どうしようね。本当にどうしよう。あ、D さん、だいぶ前までは玄関開けたら10分でお寿司でした。
でしたから、そのお寿司屋さんは潰れました。切ない。残っててくれればよかったのに。このチェーン店かチェーン店じゃないかにもよるけれども、いやでもあれですよね。チェーン店が台頭したことによって個人の経営してるお寿司屋さんっていうのはやっぱだいぶ苦境に立たされたみたいですよね。まあでも仕方ないですよね。昔はお寿司が何かの贅沢品みたいな、祝い事があったらちょっといいお寿司みんなで食べようかみたいな文化があったのに、それがもっと一般家庭の方に普及するにつれていって価格帯が下がったりとか、もっと手の届きやすい簡単なものになったんですよね、寿司自体が。そうすると個人経営のお寿司屋さんとかはね、同じ価格帯ではもう勝負できないですからね。大型チェーンとかの並びとかで全国で商品の質均一にして同じ商品を全国で出しますって言って同じ商品を球数打てるような経営やってるやっぱチェーン店にはやっぱ勝てないはずなんで厳しいみたいですよね。そういう意味でもね、悲しい話ではあるけど、でもすごいですね。玄関開けたら10分でお寿司屋さんは強かった。いやー、もったいない話ですね。なくならないでくれたら嬉しいのになかなか厳しいところ。よし、今寿司コインが78コイン溜まっておるので、いやーどうしよう、商品開発いきます？商品開発するかどうしようかな。今イカが旬だ。イカが旬になってるからちょっとラインナップのおすすめ変えなきゃ。今は七味甘だれイカ、こいつを旬なのでここに入れちゃいましょう。国家寿司が握る寿司食べてみたい。このゲームの中のちょうどいいですね。おすすめはこちら、当店自慢七味甘だれイカでございます。ピリリと効いた七味に甘いタレがイカの風味を際立たせる、これはおすすめの一品でございます。ぜひぜひご賞味いただければと思います。2貫1皿1000円、2貫1皿1000円でございます。イカ2貫です。イカ2貫困ったら大体イカ2貫でできますんでね、どうぞご賞味ください。よろしくお願いいたします。美味しさ8ございますのでね、うちのお店だとなかなか美味しいぶりなんじゃないでしょうか。ぜひぜひお試しいただければと思います。店もね、やっぱだんだんね、こうやって見ると規模大きくなったね。こうやって見るとね、いつの間にかなんかゲーム内時間でもうほぼ4年やってるからね、なかなか育ったんじゃないでしょうか。寿司コインが88枚となると、じゃあ何ができるかって言われると、お店の仕入れ強化、ラインナップが増えたら嬉しいんだけどな。あとは調理マニュアル本当はあればいいんだけど、これもどうなんだろうな。また商品ラインナップでホタテを追加したい。赤貝もあるね。みんな赤貝とホタテどっち好き？今2択。多分ね、あんまりランクは違わないと思う。別事業に手を出して盛大にすっ転んで潰れた感じのチェーン店でした。切ないな。まあでもそういうこともあるんですよね。うちの地元にもあった寿司はいつの間にかなくなってたっすからね。なんか忍者の看板に忍者がいた寿司屋さんだったんですけど、いつの間にかなくなってたっすからね。でもよかったんだけどな、ちっちゃいこじんまりした感じで。悲しいっすよね、時代の流れってね。時代の流れは悲しいっすよ。この時のね、情勢とかね、いろんなのも関係してくるっすからね。こればっかりはまあ仕方ないっちゃ仕方ない。でみんなどうします？赤貝とホタテ、どっちも貝類だから、貝類全然好きじゃないんだけどって人ももちろんいるんでしょうけど、僕昔貝全然好きじゃなかったんですけど、年食ってから味覚が変わって、赤貝もホタテもうまいなって思えるようになってきたんですよね。柚子の切れ端が乗ったホタテとか赤貝とかもね、あれが美味しく感じるようになったんですよね。やっぱりあれなんでしょうね、胃袋もあれなんでしょうけど、味覚が変わるってやっぱあるんでしょうね。結局体が求めてるものこそ美味しく感じるっていうやっぱメカニズムがあるみたいなんで、それ考えるとやっぱりだんだん大人な体になってきたんだな、内臓も落ち着いてきたんだなって感じがするっすよね。
パンダさんホタテに1票入りました。ホタテ1票入りました。まあ、ホタテ間違いないっすよね。ホタテ食いてえな、いわゆるちゃんとしたホタテ。いっそバター醤油で食いたい。ホタテだけ食べるんだったら、寿司とかじゃなくて磯焼きみたいな、網焼きみたいな感じで、もうすんごい長い期間食ってない磯焼きとか網焼きみたいな感じのホタテやる機会ないっすからね、なかなか。昔はね、田舎だったんで庭でやっても怒られないとか、海に行ってそういう行事で食べるとかもあったっすけど、もう今の生活やってて、ホタテを網焼きとか磯焼きで食うなんて機会ほぼないっすね。だからバター醤油、家の中でだってやったら大惨事じゃないですか。ホタテのバター醤油焼き、殻パカって開いたところにバター溶かしたところに醤油ジャッて回して煙ジュー、あれがうまいのに大惨事になっちゃう。家の換気扇じゃ追いつかないからカーテンがね、醤油のね、芳醇な香りを目いっぱい吸い込んで、しばらくずっと同じ香りが部屋から消えないっていうね。下手すると2日3日はしばらくホタテのバター醤油の香りが楽しめるっていうね。ホタテかな。ホタテ2票入りました。じゃあホタテいきますか。ホタテとコーンの軍艦巻きとかよくない？ホタテとコーンか。それって結構メジャーっすか？ホタテとコーン。ホタテとコーンか。あんまりこっちで見たことないけど、食感でも美味しそう。コーンが結構甘いですからね。ホタテとコーン組み合わせるんだったら、ホタテはバター仕立ての方がいい。バター醤油仕立てのホタテだったらコーン合うかな。香ばしさプラスの状態で。どうなんだろう。あれか。刻んだホタテ、いわゆるサラダ軍艦とかに使うような海産物刻んだみたいな感じのホタテとコーンの、合わせる感じ。和える感じか。そういうのもワンチャンありかもしんない。こっちではもうラインナップで見たことない。とりあえずじゃあホタテ購入しましょうか。ホタテを買います。よし。ラインナップ増えたね。そうだ、軍艦巻き作ってない。ホタテ来たらまずホタテの軍艦巻き作ろう。コーンが乗せれるんだったらコーンも乗せたいけど、いけるかな。うまくやりたいところだけど。トッピング、どうなんだろう。コーンがトッピングだったらワンチャンあるけど、やっぱハンマーが高いね。全然買えないや。この辺の購入は一回見送ります。金がなさすぎる。今のこの辺の貯蓄というかプール金、こんなもんだとまだちょっと心もとないよね。一人当たりの単価も来た夏休みに入ったので客足が増えます。シンプル客足増加でございます。いいよ。非常にいい感じで、ランキングが寿司の研究進んでないから全然進んでないから評価ね、全く変わってない。時間経過の割に何も成長してないね。ラインナップ増えてないからね。客も増やしてないからどうしようもないか。あとは職人さんを寿司コイン使って修行に出すのもあり。よし、ホタテ来たよ。待って、ホタテの軍艦の写真がないんだけど、軍艦できる？これ握りだけか、もしかして。早速、ホタテってちなみに、待って、1400円とかするんだけど、バグってね。単価めちゃめちゃ高いんだけど、ホタテ。01個間違ってないですか？年配と中年に人気がある。カニ味噌好き。わかるー。それわかるー。カニ味噌美味しいよね。旬は夏。今が旬みたい。やばい。ホタテ取り扱い難しいかも。そっか、そうきたか。とりあえず、ホタテ強化してみる？下手するとレベル足んないけど、寿司ネタ1とトッピング2で開発ができる。ホタテが D ランクだから、いや、いける。うちの
深川龍子ちゃんならいけるはず。寿司コイン20枚か。ちょっと心もとないか。目利きの時にこの寿司コインを消費してよりいい食材をゲットしてきてもらえるんだけど、もうちょっとコイン溜まってからの方が良かったかな。30枚はあった方が良かったかもしれない。やべ、ミスったか。ごめん、ちょっとミスったかも。今回のホタテ失敗の可能性、ビレ。ちょっとまずいね。若干、大敗ミスった可能性が。お、いけるいける。それなりを見つけてきます。これを上げることによって、あんま変わらんね。変わんないか。変わんないんだったら0枚でいいです。行ってきてください。旬だからね。さあどうだ。お、45点。これは結構いい方じゃないか。このホタテ熟練度ってあるけど、これ熟練度上がるとどうなるんだろう。そっか、もしかして同じ寿司の開発繰り返すと熟練度が上がってなんかいいことがあるのか。ちょっと次はもう前に開発やった別の寿司もう一回開発してみようか。よし、こっからです。トッピングの種類が少ない。ホタテだと岩塩と七味も悪くないけど甘だれでいいんじゃないかな。味潰す？まあ邪道か。真面目にやるなら塩と七味。いや、ホタテは普通にそのままいくだろう。乗っけても塩でしょ。ギリギリ。なんでそもそも醤油の選択肢がないんだ。なんでみんな。なんで醤油ないの？誰だ、寿司屋なのに醤油置かなくてもいいって。甘だれ置いて醤油置かない寿司屋なんてあるか。刻み海苔。そう、なんか刻み海苔あるんだけど一回も使ったことない。乗っけてみるか、刻み海苔じゃあ。でも悪くないんじゃない？別に。まあでも刻み海苔でやるんだったらなんかもっと別のやつの方がいいような気がするけど。100歩譲っていくら軍艦。いやー、海苔巻いてるとこにさらに刻み海苔って、それは海苔好きすぎる。まあちらし寿司とかあるのかな、もしかしたらね。まあこれでいこうか、とりあえず。いやー、外れだったら悲しいけど、まあなんとかなるっしょ。なんとかなるっしょ。いけるっしょ。ホタテうまいっしょ。まさに海苔だけに海苔だけに。おいパンダさん、おいおい、パンダさん、海苔だけにってか。たはもう完全に夜のテンション、深夜テンションです。もうぼちぼち1時近いですからね。いや、どうなるんだろう。今旬変わってるな。ちょっと待って。秋の旬になってるからちょっと変えよう。秋の旬の商品ない。ってことは、シンプルに価格帯が高い商品をおすすめに置く。ホタテでいいや。よし、OK。そっか、さっき1400円だったのは旬だったから価格が2倍だったのか。いいよ、OK。悪くないね。悪くない。よし、さあどうだ。純な風味が口を満たす。いいね。塩は香りがいいのか。うわ、すげえ。めっちゃポイント上がったやん。あんまりだね。まあ刻み海苔って入れとくか。刻み海苔塩ホタテ。そのまんま。商品管理はシンプルな方が分かりやすいから。いやー、あんまり目利きは高いんだけどな。おかしいな。あるさ、ここに1点な。もう独自性が強すぎる。
独自性が強すぎる、この店舗。もうこれでね、ホタテラインナップ2つ並ぶようになったんで、ぶっちゃけこのジュースもおすすめから外していいんじゃねえかなって思わなくもないけど。どうなんだろう。新作ホタテが並んだようです、お店の方にね。そろそろお店の拡張もしていきたいところ。とりあえず時間経過でゲーム進めないと溜まるコインも溜まんないからね。しばらくはこのまま放置したいところ。ところで皆さん、話は変わるんですけれども、以前にわさびナスとミルクレープサバ寿司の話をしたと思うんですけれども、誰かミルクレープサバ寿司試しました？X の方でね、わさびナス試してくれた方はいらっしゃったんで、まあね、ありがとうございますというような話もしたと思うんですけど、まあなんだ、やっぱりミルクレープサバ寿司を試した話はまだちゃんと聞いてないなと思って、実際その人目をはばからずあれを実践投入した心が剣でできている猛者はここにおるかここにおりますかおやー、コメントが消えたな。試合放棄かな弱海洋、ここに現るまあね、無理にはいたしません。もちろん。あんな、旗から見たら、この人何やってんだろうにもちろんなるだろうから。やるなら、個室の壁があるところでやるか、なんか、大学生がわーって入ってる店舗で、なんかノリでやりましたみたいな空気でちゃっかりやってみるとか。そういうのがいいかもしれん。あれはビジュアルが強烈すぎる。結局、お前も試してないんだけどね。あれから寿司行ってないから。でも一回一人で行ったかな。なんかの時に。記憶定かじゃないけど、どうなんだろう。でも結局、その九段の勝負相手の春森さんやね。春森さんと一緒に寿司屋行かない限りは、お互いにお互いのそのおすすめ寿司を食べ合って検証するっていう機会にね、なかなかならないからね。なんかそういう機会がまた欲しいところ。逆に皆さんのその、変わった食べ方とかってあります？寿司の変わった食べ方か、あんまりその人気ないかもしんないけど自分はこれ好きなんですよねっていうラインナップがあれば教えてほしいですね。行った時についでにそれも試したい。新しい知見をいっぺんにたくさん得たい。なんかアルバイト君が何か天才現る。チーズを寿司に乗せてみたらどうですか？うまいと思いますよ。君天才か？もしかして前料理人とかやってた？話は聞かせてもらいました。素晴らしい。ミスターパンプキン。話が早くて助かる。この調子で今後も頼むよ。提案したチーズ。これ行こうぜ。チーズ速攻でしょ。試してないです。そりゃあそう。そりゃあそう。勇気がいるよ。それはそう。ちょっと待って。チーズ来たよ。うわー、95枚だ。大根おろしも75だし、チーズも95。待って、どっちが優先度高い？まあ違う。大根おろしはトッピングに醤油とかが増えないと正直、そんなに強くないでしょ。チーズいこうぜ、チーズ。チーズなんか何乗っけてもうまいでしょ。じゃあ、あと10枚。寿司コイン10枚貯まったらチーズ解放します。熱ー。天才出てきたわー。あれだね。なんか令和って感じ。なんかとりあえずなんか新しいことをする人物をいたら一番新しい年号で肩を並べてる感じを演出するっていう新しさの演出にとりあえず新しい年号を放り込んどくっていう、まあその令和ももう8年とかなるんですけどね。あれ今って令和何年でしたっけ？ 7 年 ?8 年まだ7年か。まだ7か。どっちだ？自信がない。自信がないぞ。令和8年か今。令和8年だね今ね。もう8年なの？早いね。あと2年したら令和10年だよ。みんなどうする？
令和8年、8年だ。えぐいね。令和8年はまずい。あ、パンダさん今 X もらってたの気づいてなかった。ごめんなさい。あ、褒められた。嬉しい。偉い、嬉しい。今日頑張って水銀集めました。褒めて。水銀だけはちゃんと集めたんだよ。褒めて。何本集めたの？今日水銀3000集めました。ずっと集めてなくて。週末のやつがギリギリ間に合ったんで、週末の1800の水銀と400のやつが3つ溜まってたんで、2、3、12、1800合わせて3000ポイント、3000水銀ね、がっつり稼ぎましたんでね。素晴らしかった。建築素材もいろいろ開放したっすよ。来週ぐらいにはまた自然の草とかのパーツを増やせるんじゃないかなと思っております。増えたら嬉しいね。増やしたいね。さあ、寿司コインがなかなかたまらないところ。あれかな、マンネリ化してきたかな、もしかして商品ラインナップ。なんか寿司コインの増殖がピタッと止まった気がする。あ、違う。商品の旬がずれてるじゃないか。今はエビが旬だろ。エビちゃんいってらっしゃい。今だとさ、ジュースすらも単価はあれだけど甘エビに変えた方が商品の出が早くなるんじゃないか。どう？これやったら売り上げ伸びたりとかする？もしかして。どうなんだろう。いろいろ試してこうぜ。あとあれだね。ぼちぼちさ、なんかこの辺の施設の強化もやっていきたいね。どうしよう。維持費800円のなんかサラダバーがね、多分コスパ良さそうなんだよね。維持費の割に1回の料金が高いから、こいつを強化してあげると100単価増えるんじゃないか。意外とランニングマシーンとかってちょっと微妙なラインナップ。カプセルマシンも安価でいいけど、やっぱサラダバーかな。ちょっとこいつの魅力を上げて、施設でいいかな。これ使います。料金と品質アップ。いいね。じゃあこれでゴリゴリ強化していこうぜ。ちなみにこれ今1個強化したけど、こいつが2500円。全部上がってる？全部上がってるね。よし。なんか20丸が丸になっちゃった。どうしよう。価値の種、品質の種。何がいいんだろう。施設のパワーアップもよし。いや、使っちゃうか。この丸は伸び率なのかな。でも全然、伸び率下がるね。品質の種使ってみるか。どのぐらい上がるんだろう。品質だけ上がる。38。めちゃめちゃ上がるじゃん。ただ、食材のも上がるってことは、寿司に使ったら、寿司の人気もしかして上がる？どうなんだろう。ちょっと試してみるか。今だと、エビが激アツなので、これでアイテムで、上がるんじゃん、品質これで。じゃあ、エビの品質上げてみようか。どのぐらい上がるだろう。旨味がなんかあんまりピンとこない。うまさ上がったじゃん。いいね。すごくいい。あと価値とか食材施設の価値がアップ。包丁使えるじゃん。じゃあ包丁も入れちゃおう。いいね。よし。食感がランク上がりました。あと2回使える。グルメオイルとかもどうやら使えるよ。
ガスバーナーで炙ろうぜ。炙ったらうまくなるでしょ。エビマヨなんか炙ったら絶対うまいでしょ。思いのほか上がんなかった。ちょっといまいちだった。そうか。グルメオイルとかはどうなん？結構上がった？甘エビの価値が上がりました。これもしかして元の食材の価値上がってるのか？このままいくけど。あ、食材の強化で甘エビプラスになってるわ。食材そのものの価値が上がるんだ。しかもこれ永続効果か。揚げ得じゃん。じゃあどんどん揚げていこうぜ。あとは品質の種がまだ植えられる。みんなエビ好きだもんね。美味しさ9。いいね。すごくいい。もう一個上がる。すげえ、エビの価値がどんどん上がっていく。これちなみにこの価値の、これ上げると値段上がる？もしかして。どうなんだ？あ、待って、値段一気に上がったんだけど。あ、これで元500円が700円になったのか。これ売り上げ伸びるのではだいぶ。いいじゃん。売り上げだいぶ伸びるんじゃない？これでもうちょっと。一旦こんなもんにしとこうか。すげえ。めっちゃ価値上がったね、これで。嘘、七味マヨだけ上がってる。全然元の素材がどうこうって話じゃないみたい。あ、でも、甘エビの美味しさが底上げされてるな。何が違うんだろう。なんか仕様がわかんないや。一旦これでいきます。いいね。いい感じだね。いい感じよ。順調。成分も挟みつつ、よし、でお茶も飲みつつ。そう、結局食い物提供するゲームしながら当の国数本人は腹減ってる、仕方ないっていうね。今日一食しか食べてなくて晩ご飯普通に忘れてたからお腹空いてるんだよな。寿司食いたい。誰か国数の家にウーバーでお寿司差し入れしてください。めっちゃ喜んで食べます。何言ってんじゃん。いつの間にか寿司コインが100枚超えてるので、さてコンサルの何がいけるかな。チーズが解放できるのでこいつを解放します。よし、いいね。いいよ。チーズあれば無敵でしょ。大体美味しくなるじゃん。ガスバーナーもあるし絶対美味しい。七味やってもよし、タレ塗ってもよし。まあどうしようもなければ刻み海苔かけてもいいからね。意外と香ばしいかもしんないよね。炙った後のチーズの上に熱がこもってるうちに刻み海苔パラパラってやったら香りが立つかもしれないからね。あとあれだね、やっぱり寿司コインの溜まるスピード明らかに速いね。お、パンプキンさんが修行に出たいと。提案書、私の修行。それを自由に言ってくれてもいいんだけどな。ちなみにどのぐらいかかるの？私の修行50。簡単にいけそうだな。そっか。50枚貯まったらじゃあ修行に行ってもらおうか。ここで修行行ってもらったらなんか急にラインナップ変わったりするかも。もうちょっとお刺身というかね、寿司ネタの王道にラインナップされる食材を手に入れてきてほしい気持ちは正直あるな。お、エビの評価上がった。エンタメも評価上がった。いいぞ。513点。点数ちょっとずつ上がってきたね。星は相変わらず 1.5 だけど
でも割といいとこなんじゃないかな。OK。グッドグッド。よし、チーズ来た。待って、そのチーズを直接軍艦に。待って、チーズってネタなの？トッピングじゃなくて。ちょっと待って、話変わってくる。トッピングじゃないのか、お前。チーズでトッピングじゃねえの？待って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 。焦ったトッピングっぽいね。ので、どうしようかな。今の状態だと、あ、商品キャンセルしてる人がいる。マジか、商品キャンセルしてるよ。キャンパスライフ君たちが、職人さん増やさないとまずいか。スピード足んないのか、今。仕方ない、職人さん増やすか。いつの間にか運営資金が100万超えているので求人を出します。求人出して速度爆上げ狙っていきましょう。一旦6万の求人でいいんじゃないか。お願いします。2人ぐらい増やせればバッチリかな。いざとなったら控室もあるからね。うん。そもそも売り場に設置できる職人の数が何人なのか正直よく分かってないので、そこも把握したいところ。こっち見ればなんかもう一人ぐらい並べられそうだけどね、これ見ると。うん。あとは修行に出した方が本当はいいんだろうけどね。修行に出して職人個々の性能を上げていかないと、結局現場に配置できる職人の数なんか置ける場所にしか置けないからね。そしてくると最終的には能力の底上げは絶対必要になってくるんだろうから、できるうちからやっといた方がワンチャンあとは楽なのではとは思いつつですな。レジ2つに増やしたのは良かったね。うん。客の出入りは確実に回転は上がってる気がする。よきよきよき。オッケーオッケー。よし、じゃあ求人が済みました。うわ、目利き68、すごいな。目利き68あるのに、サランライダーな任してくださいって。割と自信ない感じか。春尾さん。春尾さん、いいんですよ、自信持っていただいて。えりこさんは調理45。酔いやすい体質ですが頑張ります。乗り物は厳しいかな。アッキーナもういいよ、にぎろうもいいよ、萌えちゃんもいいよ。うわー、どうしよう。目利きすごくいいな。調理35、目利き68なのであれば、目利き68の方が今欲しい。まだ、調理レベル低くてもいい食材の寿司の開発が進んでないから。うわ、マジ？のりまきさん解雇でよくね？あれ？のりどうしよう、店のスターティングメンバーなんだけど、店のスターティングメンバーなんだけどどうなんだろう。そっか、わいあれだ、まだ控室開放してないから。記録26って、あ、違う、レベル1個上げてるからその分記録高いのか。君、接客19。君、接客態度良くないね、君。君。のりまきくん。ちょっと、年長者だからって、ちょっと、みんなに対して先輩風出してるんじゃないかい、君。さらばだ。さらばたらば。そうですか。
いつかこの日が来るとは覚悟していました。他の寿司屋に再就職して頑張りたいと思います。ではさようなら。商売敵に。今見ると顔が似てるな。春尾さん、じゃ買い物ですが今日からよろしくお願いいたします。他にも雇いますか？それは残酷すぎる。でここにじゃあ春尾さん、今日からお願いいたします。魅力アップ。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあ春尾さん早速修行に送れば目利き70とか超えるんじゃないこれ。今64でしょ。春尾さんちょっと思いついたが吉日でちょっと修行に出すか。控室増やした方が絶対話早いと思うんだけどな本当は。ただ他の話が修行の旅へ。じゃあ春尾さんいいっすか、お願いしちゃって。目利き伸ばしてきてください。いってらっしゃい。で空いたところにアルバイト設置。 OK。 一旦これでまた様子見ましょうか。で行ってる間に次のコイン目標何枚って言ったっけ。50枚って言ったっけか。人事じゃなくて大根おろしくん赤貝じゃなくてこれだ、私の修行で50枚だ。あと19枚貯まればパンプキンさん、物売りのパンプキンさんの修行に行ってもらってラインナップを強化していただいて、今後ともね縁の下の力持ちとしてうちの店をどんどんね拡大するにあたって支えていただいて、下支えが必要ですからね。なのでパンプキンさんにはそこをねお願いしたいです。パンプキン2世さんよろしくお願いいたします。今後ともそのね店名の方が先駆け国和市っていう名前になってますけれども、そちらのね店舗の方どんどん拡大していきますんで、今後とも協力をしまずにね力を貸していただければと思いますんでよろしくお願いいたします。こんな喋ってるうちに残り8枚のところまで来ております。春尾さんが帰ってきました。さあどうなった。すごい目利き15アップ。どうした。目利き83。もう君でいいでしょ。じゃあ目利き83ってことは適当に新しい筋開発してもだいたい記事市場からいいネタ見繕ってくれるってことじゃないのかい。熱いね。一旦ここでセーブしてで寿司コイン50枚貯まりましたので、じゃあ修行に行ってもらいましょうかね。よし行ってらっしゃい。なんだ町内会長さん来た。はじめまして、巣鴨町内会の会長です。市役所と連携して観光客を呼び寄せるための寿司コンクールを企画しています。みんな寿司好きね。本当にこの世界の住民寿司好きすぎだよ。というわけでコンクールのお誘いが来ましたので、なんかお客さんがレジに並んでる。席がないって言ってる。やばい、座席不足だ。つうことはついにこれを買う時が来たね。よし OK。 じゃあ話を進めようか。みんな覚悟はいいか。俺はできてる。でもう一個広げられる。もう一個いけるよ。どうしようか。もう一個いけるんだ。玄関そこでしょ。でこれからレーンをそっちとそっちに伸ばしたいからどうしようかな。どうしよう。悩みどころ。どうしたらいいんだろう。このレーンとかも閉店したら全部並びを変えてしまうのは一つありだけど、
じゃあここを開放しちゃって、ここにレジここにするか。OK。さあ。夜になってお店を閉店して、準備時間になったら、店内の配置いろいろ変えますか。すごいお金かかるけどね、多分やる価値はあるでしょ。多分いけると思う。ここの出入り口をここの端っこのところに置いて、で、この辺を全部こっちの端っこに可能な限りお引っ越しして、で、ここのレーンのね、いやー、レーンの形どうしよう。どうすかな。やるなら、このレーンを、第一一山、二山に分けた方が、この間の分も席増えるから、多分その方がいいんだよね。依頼を同時に2個こなせるようになりました。いらない強化だったかも。なんたって2個こなせるって言っても2個仕事触れるぐらいのコインがないからね。あんまりいらなかったかも。ここは様子見タイムですな。素敵の、いや、結構派手に増築しないとまずい感じだな。職人の配置を少し考えなきゃいけなくなるね。足りるかな。結構スピード厳しいか、そうなると。内装の設置、厳しいかもしんない。下手すると内装は内装です。期間を経由しないと、元の状態に戻せないかもしんないな。レールの設置でお金もかかるから。で、さあ、夜です。ここでセーブして、職人さんが床に吸い込まれていく流れがあるんで、その時にいろんな設置物を全部設置位置変えて、いやー、夜迎えないんだから全然。あ、そっか、これ月の終わりとか季節の終わりごとだけか。そして俺あれだ。またおすすめの設定忘れてた。これもったいない。わー、せっかくイカとホタテが旬だったのに並べてなかった。わー、もったいない。じゃあダブルホタテでお願いします。さあ、閉店するぞ。閉店したら模様替えでございます。いいね、みんなやっぱり食べてくれる皿数増えたね。金額もかなり増してる気がする。よし、切った。じゃあこれでまずは本当に大事なやつだけ配置を変えます。これも変えちゃおうかな。開発テーブルとかも配置いまいちだから、これも変えちゃう。で、設置したこの辺もここにあると邪魔だから一回全部撤去。 OK。 ここも一回消しちゃうか。よし。で、この状態でランニングマシン、この機械にこの辺の配置もガラッと変えちゃうのはありっちゃありだけどな、悩ましいところだ。一旦この状態で玄関だけ設置位置も決めちゃって、ここだねの1個浮かせて、そこの壁に受付カウンターをこの形で置きまして、で、あとはこの辺のラインナップ、いや、
先にこうだな。今この形になってるけど、こっからスタート。これか？こっちか。レーンのスタートここかな。こっから、こうして、でまずは、ここまで敷きたいです。まずね。まずここまで敷きたい。問題真ん中なんですよね。この真ん中が、ここの真ん中を撤去したいんですよ。お客さんの通り道を確保したいので、ここは避けたい。その方が流れいいと思うんだけどな。どうなんだろう。比較的この方多分多いんだよな。ここを撤去すると、2席減る。3席減る。代わりに、ここが1、2、3、4。席数増えるんじゃね？下手すると。嘘だな。1席、2席減るな。で、撤去で、ここと、こっからここまでを撤去します。問題こっから。寿司職人をじゃあどうしましょうという話ですよ。一番優秀な職人さんこの人なんで、こいつを撤去して、魅力が下がる。で、これをここら辺でお寿司握ってもらおうかな。こっち向きでいいか、とりあえずね。間違った。OK。あと、ここ向きが気に食わないから、これ向き変えよう。お金足りてる？ 56 万。いけるね。で、次カウンター、ここに、この向きで置きます。OK。これでどうよ。さあ、お寿司の職人さんも間に合った。よし。真相開店でございます。どうぞよろしくお願いいたします。玄関がまだ1個死んでいる。玄関が1個死んでいる。頼む。オープンザ玄関。よし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 。オッケーオッケー。さあ、真相開店いたしました。どうなるかね。いい感じに機能してくれればいいけど。ぼちぼち。ちょっと様子を見たいところ。レーンを二山にして3人と2人だから、お寿司に並ぶ速度がどうかだよね。足りなくなるとお客さんからクレームが来るからね。注文キャンセルっていう引き出しが出てきて、お客さんからの評価下がっちゃうから、ここが難しいところよね。さあ、売り上げもどんだけ伸ばせるかな。またしばらくこのままちょっと放置というか、ちょっと観察していきましょう。寿司コインがいろんなところからちょっとずつ入ってくるですね。オッケーオッケー。順調順調。固定費、経費が4万7000ぐらい引かれたんですかね、今。4万 3000？4 万7000ぐらい引かれて、売り上げがな、もっと伸びてくれればもっといろいろ装飾まみれにしたい気持ちはあるんだが、経費半分使ったのか今。まあまあ苦しいか。で、座席数を増やした割にはって感じだから、ここで一発広告を打とう。で、今まで雑誌広告そっか、宣伝同時にできるのか、仕事しながら。それ熱いな。
今欲しいのは鮮魚店の仕入れ強化欲しい。控え室の増築も割と欲しい。これあると修行の旅に出しやすくなるんだよな。あとは調理マニュアル、これもあるとすごくいい。コーン作れるよ、コーンついにコーン作れるよいやー、正直プリン単品欲しいけどね、寿司じゃなくて。でも寿司ネタって書いてるからな。デザートって言い換えてくれりゃ安心して注文できるのに。あと大根おろしが欲しい。いろいろ欲しいもんありすぎて困りますね。いやいや、困っちゃうな。あれもこれも欲しいもんだって。この手のゲームは時間が解けるね。非常に解けます。なんだかんだパソコンの前に座ってゲームするっていう時点で肩凝るのは決まってんだよねあー、またキャンセルが出てたな。今エビ大人気なんだけど、そっか、今おすすめにホタテ入れてるから、それのせいで握らねえんだ、エビを。職人がエビを握ってくんないから、仕方ねえ。エビ出すか。キャンセルの原因それじゃあね、ちょっと話変わってくるね。さてさて、いろんな商品入荷してきましたが、ダックスフンドさん、国和氏の声で寝落ちしてた。おはようございますありがとうございます。でもこれ実は嬉しいんですよね。このなんだろう、起きたらめちゃめちゃ発展してたでしょでしょ。紆余曲折ありまして、ここまでやってまいりました。いい感じでしょう。クマックスハンマー45万か。今45万払うのはリスクでかいか。まあ買っちゃうか、勢いで。はい、ドン。ありがとう。あとは放置ね。めっちゃ発展したでしょなんとレーンが2山並んでおります。素晴らしいと言われてみればだいぶ進んだっすね。職人さんも凄腕の方ばかりが今入ってきております。いろいろレベルが上がって商品もね、ラインナップが一気に増えたんで、ランキングですよ。しっかりいろんな数字が多分最後見た時から増えてるんじゃないですか。513点。まだ星 1.5。厳しい世界っすね、寿司の世界は。いやー、厳しい世界やで。どうしたもんかね。お金いただいて、店舗ももう広げるだけ広げちゃうか。ちょっとでも考えるか。今何個？クマックスハンマー1本だとこのぐらいしか拡大ができない。今拡大すると装飾品が置けるのか。拡大するか。お金貯まったら、50万貯まったら拡大しよう。拡大して貯めた資金でいろいろ設備を設置して賑やかにしてこうね。でも今のペースなら運転資金50万円まではすぐにプールできそうな感じはあるよね。寿司コインもなんか順調に溜まってきたね。100枚溜まるね。寿司コインが100枚貯まるのであれば、どうしようかな。100枚貯まっちゃうなら何ができるだろうか。貯まりました。100枚。素晴らしい。100枚貯まった。この辺でじゃあ商品入荷したって言ったけど、なかなか、なんだ、醤油
醤油ってそういう扱い？魚介系の食材はパワーアップ。ホタテめっちゃ強化できるやん。じゃあ12000するけど買います。13800円値上がり買います。 OK、 いい買い物した。やっと醤油来たよ。これ絶対言っちゃいけないんだけど、寿司屋さんなんだから醤油は常備しとけって昨今のお寿司屋さんはさ、お醤油だって3種類4種類平気で常備してるのに、甘だれしかないってどういうこと？しかも甘だれあるのに穴子とかないってどういうことよ。チンはハグだね。変なお店。よし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 。じゃあ今のうちに増築しましょうか。お金まだ40万しか貯まってないけど、いいとこまでいけるんじゃないかな。じゃあクマックスハンマーでここを開発。よいしょー。オッケー。で、思ったより広くなったな。ということは、レーン伸ばしてもいいな。レーン伸ばして横の方にいろいろ並べても悪くないかも。そうしよう。この資金だったらいいとこまでいけるんじゃないかな。こっからこのぐらいが限度かな。このぐらいが限度だね。これで7席増えるね。 OK、 順調順調で7席増えて、でこれで確かね、いい機会だから職人さん増やすか。その前にこいつだね。テーブルの向きが違うと板前さんがレーンにお寿司を乗っけることができないという異常事態が発生するので、こいつを一旦撤去して設置位置を変えます。2回転でプラス真ん中にもそろそろ欲しいね。人件費がかかるけどもうそろそろ必要でしょ。じゃあここで OK で、レジカウンターの横に装飾を増やしたいです。違う、開発テーブル撤去したままだった。これまた設置し直そうぜ、せっかくだから。じゃあここで設置をお願いいたします。あとは装飾、インテリア、この辺を追加で設置したいところ。サラダバーもなんか適当なところに置きたいけど、どうしようね。まず自販機のラインナップ、ここにもう一個足しちゃえ。ついでついで。物はついでで足しちゃう。で、この竹をこことここに設置して、ガチャポン、みんな大好きガチャポンを、いやーどうすかな。これだったらガチャポンこっちに置いて、でおもちゃ売り場、おもちゃ売り場でだいたいラインナップっていうか配置的にはね、レジカウンターのすぐ近くだからね、置いて、もう一つ隙間がある。そこに何を置くか。ピンボールゲームが熱いんだけど、若干ね、これは好みじゃないところが正直ある。それだったら資料館、お金かかるけどこいつを設置しよう。お願いします。残り14万。維持費考えるともう1個ぐらい置いてもいけそうな気がする。ピンボールゲーム置くか、結局。
こだな。随分偏僻な配置にはなるけど。OK。よし。いいところなんじゃないでしょうか。季節変わったんで旬の商品も多分変わってるね。今何が旬なんだろう。うちのラインナップで旬のものはないか。じゃあまあ一番高いラインナップとりあえず置いとこうかな。何がいいだろう。甘エビとホタテのままでも良さそうだけど、いいか。ホタテと甘エビのままで。こうなってくるとまたね、新しいラインナップ欲しくなるね。で、100枚の寿司コインを使って、コンサルにまたお仕事をしてきてもらおう。いやー、控室欲しいなー。どうすっかな。作るか、控室。あ、でもその前に仕入れ許可だな。本当にそうか。本当に調理マニュアルの方が実はいいんじゃないか、国和よ。どうなんだ。修行の旅とかって選択肢もあるけど、どうなんだい、国和。実際修行の旅の方がコスパいいのか。生産性爆上がりするんだ、これ実は。ラインナップ増やすか。赤貝を増やしたいです。お願いします。で、もう一個仕事ができるらしいので、じゃあオフィス街に宣伝してきてもらおうかな。よし、OK。じゃあこれでセーブして経過を待ちます。割と順調に進んでいるのでは。なんかだいぶお店の中も賑やかになりましたね。すごいいい感じだ。手前レーンの真ん中のバイトさんめちゃめちゃサボってるけどね。よいしょじゃないね。今めっちゃ花ちょうちん作ってたやん。厨房で花ちょうちんね、全然衛生観念が。衛生基準満たしてないやろ、お主。やっぱりエビ人気だね。みんなエビ注文する。いいね。いい感じだ。だいぶ経営が安定してきてる感じはあるね。地元の田舎のスシローと、くしくも同じ間取り。くしくも同じ間取りだ。マジか、こんな感じなんですね。かぶってしまったか。スシローとかぶってしまったか。合理性突き詰めるとやっぱ大型チェーンと同じになってくんやな。PR 無事成功で新しい客層開拓。そっか、PR すると客層が増えるんだ。なんか最近売り上げ頭打ちだなと思ったらそういうことだ。じゃあ PR ガンガンやってこう。やっと意味わかったわ。PR やっていかないと話進まない。ガガーイ。これでラインナップどんどん増やしていこうね。じゃあ1個空いたらお金があるうちにどんどん。でも今10万だ。厳しい。お金が貯まったらどんどん広告打って新しい顧客を取り込まないとね。ちょっと客足が遠のいてる感じはあるけど、売り上げ大丈夫かなこれ。ちょっと心配だな。うまいこといくといいけど。もう1時40分。早いね、時間経つのね。あっという間だな。やっぱりあれだよね。普段さ、ほら、ずっとノーマンズスカイやってるじゃん。
あれはなんだろう、結構動きのあるゲームだからさ、眠気もそんなに激しくは襲ってこないんだろうけど、この手のゲームは基本的に派手に画面が動かないから、しかもなんか一定のリズムを画面の中で刻むせいでなんか余計に眠気誘うよね。自分で言うのもなんだけど、ワイもバタバタしないから喋る時もなんか落ち着いて喋れるから、それも余計にね、眠気誘うかもね。ちょうどいいかもね、この時間の配信でね。もうずっとあれか、夜の配信はずっとカイルソフトのゲームやろうか。多分この寿司屋さんに関しては多分もう1回ぐらい配信でやるかもしんない。もう1回とか2回とか。終盤に行くにつれてね、多分 Y の知見が正しければ、カイルソフトさんのゲームは終盤に向けてよくわかんないその機能がどんどん解放されてって、ゲーム性がそもそも根本から変わっちゃったりするから。前にラーメン作りのゲームやってる時はいかに高くもやしを積むかみたいなゲーム性に途中から変わってってそうなんか謎の進化を後半遂げるゲームがそのカイラソフトさん多いから、多分ね、なんか全然違うゲームやってるみたいな感じで配信できそうな気がしてるもしかしたら寿司の方の配信はもう一回やるかもしんないです。その時はね、ぜひぜひよろしくお願いします。またね、寝落ち配信のお供、寝落ちのお供にしていただければね、こちらとしても嬉しいので、ぜひぜひお付き合いいただければと思います。ところで、先日のツイッターでのパンナコッタ小説の朗読会会場はこちらで合ってますか？いや、ですね、ですね、どうしよう。困ったな。パンナコッタなんですけど、だいぶでして、読みたい方、もしいらっしゃれば、DM で個別にお送りさせていただきます。そもそもPDF で出力しちゃったせいで、ポストに添付できなくて、今回初めて知ったんですけど、X のポストって PDF 形式のファイル添付できないんですっけね。かといって文字数は1000文字超えてるので、短いと言いつつも。そうすると、ポンと上げることもできず、しかも内容的に朗読でどうこうできる内容じゃないんですよ。グロサスペンスだったんですよ。なんか作ったら。ほんと申し訳ない話。お題いただいて、そのお題に沿って、その場の即席でバーっと小説打ったら、なんかわかんないけど、サスペンスになって、グロ描写が入って、で、若干ホラーで、欲しいです。了解です。じゃあ、DM で送らせていただきますね。じゃあごめんなさい。今画面の中でコインの蓄積をしてる間に、じゃあ今、声いただいたダックスフンドさんの方には、今、DM の方で送らせていただきますね。もしかしたらあんまり印象のいい内容の作品ではないので、楽しんでいただければ、もしよければ感想とか聞かせてくれたら嬉しいです。次もね、また機会あればなんか思いつきだったんですけどね、好評ならなんか即席で書くのもいいかなと思ってるので、ぜひぜひ気になっていたので、割と本当に嬉しい。そう言ってもらえると嬉しいです。まだ今リスナーさん一人と、あとは同業の方一人にしかまだ見せてないので、声かけていただければ。ちょっと待ってくださいね。じゃあ初 DM じゃないか。前回応援の DM もらってるから、これに添付させてもらいますね。じゃあ直接ファイルのこれかな。これを、では商品の方をメッセージも添えて、よしと、
サスペンス、なんだっけな。ジャンルがなんか、調べたらなんか結構、何サスペンス、その後味が悪いサスペンスってなんか日本の言葉でなんか独特な呼び方があるらしいですね。なんて言ったっけな。で、サスペンスと。ポチポチ。ポチ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 。はい。ではまたメッセージの送信失敗した。どっこいしょ。あれメッセージ今届きました？送るの失敗したみたい。ちょっと待って。ゲームが進んでるんで、ゲームも進めながら。さあ、ランキングは、まあ、何もしてないので、いつも通りでございますね。で、お金をいただいて、このまま時間経過。エンコーンサスペンス。エンコーン。あ、送信は、されたっぽいか。あ、送信失敗してる。いけ。よし。よし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 。送信できました。確認お願いいたします。エクサたまに調子が悪い時ありますよね。そうなんですよね。やっぱり容量多い添付物とかだとあからさまに調子悪くなるんですよね。それはやっぱもちろんあるですね。あとなんか複数のもの、でっかい添付物とそれに添えて文章も同時に送るってなると、なんかちょいちょいそういうのが起こるですね。それが悲しい。もうちょっと安定、まあ、ユーザーたくさんいるアプリですからね。多少不安定になるのは仕方ないのかもしれないですけどね。さあ、そんなこんなでいつの間にか寿司コインが148枚溜まってるので、結構何でもできるのでは？何でもできそうな予感。売上14万6000。売上めっちゃ上がってるじゃん。今、あれかでも、経費が5、6万かかってるのかな。あ、文章また送信失敗してる。あら、やだ。添付物の他に文章も添えたんですけど、どうやら文章がダックスフンドさんの方にうまく送れてないみたいです。申し訳ないです。どうしよう。どうしましょうね。困った。いや、今のうちにコンサルにいろいろ仕事を振ろう。120。まあ一旦控室広げとくか。はい。OK。で、控室広げて、で、客を呼び込んで、OK。こんな感じでやっていきましょう。もう一回送ってダメだったら文章を諦めます。すいません。届いてないみたいなので、後でまたお願いいたします。申し訳ない。すいません。欲しい時にまたやらせていただきます。もしかしたらアプリのアップデート来てるかもしれないですね。それも確認しとこう。あ、レトナガさんこんばんはいらっしゃいませ。ありがとうございます。今日はいつもの配信とは完全な味変で、お寿司屋さん経営しております。いらっしゃいませ。何いたしましょう。って言ってもまだ商品ラインナップは少ないのですが、うちの方の商品の一押しに関しましてはね、こちら今ホタテとエビがね、いい感じでございます。今旬変わってるな。今イカが旬ですね。じゃあちょっと旬のイカにラインナップを変えさせていただきましょう。サーモンも旬だね。サーモン旬だ。どうしよう。一旦サーモンも乗っけとこうかな。いや、待て。イカでいいかな。イカの方が。どうしよう。まあ、いやー、たまにはサーモン乗っけとくか。これで OK。いっぱい出るでしょう。OK。あら、短編小説私も気になります。あら、
なんか、本当に皆さんに興味持っていただけて嬉しいですね。なんかそんなあれですよ、お題ポってもらってちょろちょろっと仕事中に書いたやつなんで、長くはない、ギュッとちょっと無理やり短くした素人の作品なんで、そんなあれですけど、普段書いてるわけじゃないんでねっていう予防線をこう連続で張っていくんですけど、何文字ぐらい、多分1100字ぐらいとかじゃないですかね。2センチとかは言ってないはず。仕事中にパソコンでカチャカチャって打って、さあ、いろいろお客さんも増えていい感じですね。どうしようかな。じゃあ、レトナガさんにも、ちょっと試しに送ってみますね。ちょっと待ってください。X のアップデートが必要なのかもしれないんで、もしアップデート来てれば、アップデートしてから DM で送らせていただきます。なんか、やっぱいろいろアップデート来てるな。X も来てるな、この感じだと。これで来てなかったらおかしいぜ。アップデートが来てますね。X のアップデート来てます。アップデートすれば多分届くんじゃないかな。届いてほしいな。せっかくなんでね、興味持ってくれてる人がせっかくたくさんいらっしゃるので、ただ本当に後味とかは決して良くない。ジャンルもう一回調べてみるか。なんだっけかな、ジャンル名。詳しくないんで調べたんですよね。これか。ジャンルで言うと、イヤミスサスペンスっていうらしいです。サスペンスはそうなんですけど、読んだ後に嫌な気分になるミステリーっていう意味合いを持つ、なんか日本独特の言い回しというかジャンルらしいです。なんかそういうものらしいです。確かに後味は良くないか。なんでこの小説書いたんだろう。あれかな、仕事のストレス溜まってたのかな。どうなんだろう。ジャンルとしてはサスペンスホラーなんですけど、イヤミスサスペンスの要素もあり、サイコホラーの要素もありっていう感じですね。これ最後のまとめのところがあんまりこういう話するとあれですね、読んで評価していただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。もしよければ感想とかも聞かせていただけるとね、嬉しいので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そんなこんな言ってる間に、そろそろアップデートが終わったのではないでしょうか。どうだい？アップデート終わったね。スマホあっち。スマホ熱々だ。じゃあ改めて、今、DM の方で送らせていただきますんでね。ぜひ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 。なんか改めてこうやってやるとなんか急に気持ちが恥ずかしくなってくる。急に気持ちが恥ずかしくなってくる。本当にいいか国数。これ人に投げても本当に後悔しないんか。どうなんや。バグると怖いんですいません。メッセージ抜きでポンって作品だけお送りしますね。申し訳ないです。はい。ご拝読させていただきます。いやー、すみません。そんなご丁寧にありがとうございます。さらっと3分ぐらいで読めるはずなんで、さらっと読んじゃってください。じゃあ今、レトナガさんの方にも今お送りしますのでね。ファイルの。はい。じゃあお送りいたしましたのでね。ぜひぜひ、ご感想の方聞かせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ね。順調な売り上げ、ほんとそうね。これで好評だったらね、自信持って。待って。近くの魚屋がハマチを仕入れたらしい。ハマチだよみんな。ハマチ。ついにちゃんとした魚が。95、すぐに行けます。ハマチ。お願いいたします。速攻で依頼をかけます、ハマチ。嬉しい。ハマチは嬉しいな。あとお金も溜まってきたんで、じゃあコンサルさんに候補打ってもらって、動物園で PR。これほぼ10万かかるけど、
新規顧客が増えるんじゃないですか。あんこさん、小倉あんこさん、お客さんいらっしゃいました。はじめまして、魚乙女編集部のものです。女性向けのお寿司企画として、寿司乙女コンクールを開催することになりました。なんかコンクールってつければ本当に何しても、このゲームなんかコンクールってつければどこで何しても許されるんやな。すごい世界だね。女性を対象にしたお寿司が好ましいと。承知いたしました。何が好きなんだろう、女性。甘エビは比較的女性に寄り添った商品だった気がする。何が好きなんだろう。いちごとかあんことか言わないよね。さっき名前があんこさんだったけど。ついにあれか。木をてらった変わり種を用意する日が来てしまったか。マジか、どうしよう。マジか、どうしよう言うて。困った話やな。じゃあ今レトラガさんの方にも送りましたのでね、よろしくお願いいたします。どうなんだろう。さあ、国風には文才が果たして本当にあるのかどうか。本当はね、なんか小説作品みたいなのも一本ちゃんと書き上げてね、ナローのサイトに上げてみたりとかもね、してみたいんですけどね。放送はいくつかあるんですけど、全然活字をもうほとんど読んでないから、いざ書くってなったら全然うまくできないんですよね。つなぎの文章が全然パッと浮かんでこなかったり、いいフレーズが出てこなかったりとか。いざ書いてガッと読んだ時に辻褄が意外と合わなかったりとかっていうのが結構あるんで。ただいま酒とば見ながら、酒とば食べながら見てます。ご飯食いながら読むのどうだろう。まあ登場人物もお肉食べてるしいいか。苦情とかは一切受け付けませんのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そうか、小説じゃなくてゲームの方ね。酒とばいいじゃないの。お酒も飲んでるのかな。お、客増えた。生き物係さんですって。素晴らしい。こうなってくると商品のラインナップもだんだん増えてくるんじゃん。うわ、みんな画面見て。めっちゃ寿司。やっとちゃんとした寿司来た。今までこんな寿司っぽい寿司なかったよ、うちの店に。嬉しい。ハマチなんかさ、醤油もそうだけど塩でもいいしさ、塩で食える。あとは柚子だね。柚子がトッピング手に入ったら最高だね。早く柚子来ないかな。いやーマジで嬉しい。ハマチ来たの。やっと寿司屋さんになってきたよ。かかったね、お寿司屋さんになるまでに。品ハマチはハマチ旬じゃん。高っ、単価。旬じゃないでこれとか、これ900円。イカが今1000円か。なのでこっちは単価の高いホタテに切り替えて、ホタテなんか作んなかったっけか。あれだ。刻みのり塩ホタテがあるからこいつを入れよう。さあ、単価爆上がり祭りやってまいりました。順調だね。なんだかんだ経営は順調ですね。基本的にずっと黒字推移というか、結構黒字幅も大きくなってきたんじゃないですか。今の黒字幅がだいたい、これ朝から夜までの期間が結構ゲームバランス的にちょっと独特で、四半期1回が1日なのかな、この世界だと。朝から晩までの時間経過で確か四半期だったかな、忘れた。違う、朝晩繰り返して何月3ヶ月経過してか、それで四半期で1回店クローズしてっていう感じだった気がする。でも割と順調だね。お客さんの好感度意外とマックスになってるんだね、こうやって見ると。新商品が入荷したそうなので、なんかいいのがあれば購入しに行こう。切った。マックスハンマー55万だ。高え。さすがにいい金額しますな。あとは種とかの強化アイテムも本当はゴリゴリ買っていきたいところではございますが、ちょっと厳しい。
100万貯まったらクマックスハンマー買って店舗をね、広げて、もう一発でこの角のへこんでる部分、ここは完全開放できるんじゃないだろうか。よし。夏休み、イン。夏休み、イン。これで OK。お、ハマチが入ったから評価上がったね。いいよいいよ。すごくいい。ちょこっと点数が上がって。よしよしよし。そこの賞金があればすぐに100万貯まるね。そしたらクマックスハンマーで店舗広げてだね。このまま順調に広げることができれば、出入り口もう一個増やすのもやぶさかではないな。そうするとレジカウンターを増やせるようにちょっと工夫もしたいところかな。悩ましいね。多分このゲームもっと進めていけば、ほら道こっちにもあるから、こっちに出入り口を設置するっていう方向性に持っていくことも多分可能だと思うんで、そうするとあえてこの扉2つのまま粘ってこっちに繋がったら扉の位置を四隅に1個ずつ置く形にした方が、また PR 案件来ましたね。よし。じゃあまずはクマックスハンマー購入します。OK。で、その上でコンサルさんにお仕事、候補頼んで、運動場かな？値段的にはライブハウスとかの方が安価か。あ、待って、せんべい屋がある。じゃあ、せんべい屋行ってきてください。お願いします。なんか残りもう一個いけるって言ってたな。お仕事もう一個頼める。じゃあ、金額的に安いやつ。54,000。じゃあ、会社の受付の方で PR お願いします。また新しいお客さん増えるといいね。客層が、お客さんの幅が増えるのがいいですね。そうなってくれると非常にありがたい。非常にありがたい。割と順調そう。寿司コインもまた80ぐらいまで溜まってるから。クマックスハンマーどんどん入荷するじゃん。売上14万。あれ、旬ずれてるかもしかして。あ、ホタテの旬がずれてるな。ハマチ、赤貝。今、ハマチがラインナップ入ってるから赤貝入れとこうか。オッケーオッケー。枚数出るといいけどな。単価がまだ安いから、本当は上げていきたいところ。あとは職人さんのレベルを上げて、いや、一旦でもいいかな。あ、季節が変わったので、ラインナップ、全部旬だけど、赤貝の新しい寿司を考えよう、じゃあ。OK。赤貝の新商品を今から開発します。まあでも普通のお寿司がいいかな。赤貝。あ、B ランクだ。待って、調理できる。いける。今なら調理できるよ。女性向けの寿司が作れるから今度のコンクールに持ってこいだ。今旬だからね。で、今、リュウコさんじゃなくて、ものすごく能力の高い人が一人おるでしょう。春尾さん。待って、でも春尾さん、調理が足りない。そっか、調理が足りないんだ。じゃあダメだ。ちょっと待ってね。そうなると、リュウコさんを修行に出して、リュウコさんを修行に出そう。その上で赤貝のレベルを上げる。間に合うかな。まだ仕事が完了してない。OK。よし、OK。来た。今ならいける。で、
龍子さんに行ってきてもらえば、じゃあお願いします。季節の間に間に合ってくれればいいな。いけるかいけるかどうだ、果たしてこのゲーム内の細かいことだけど、自販機で買い物してるキャンパスライフの男の子とかが1回で1700円分とか1700円分とかのジュース買ってくんだけど、何買ってるんだろう。この近所コンビニないのかな。コンビニで飲み物買う代わりに、ここで自宅でドンチャンするためのジュースここで全部買ってる。さあ龍子さん、レベル上がってらっしゃい。どうだ、調理が、調理60超えたね。よし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 、いいよいいよ、いい感じいい感じで、この状態でありがとうございます、ダックスフンドさん。両読。読量、ありがとうございます。パウルを登場させるタイミングが大したことない日常のワンカットなのに、そこからの伏線回収が唯一でよかったです。嬉しい嬉しい。人生の針という曲を思い出した。そういうのもあるんですね。読みました。レッド長さんもありがとうございます。いやー、なんかむずがゆいなんかむずがゆいけど嬉しいです。そう言ってもらえると、いやー、よかったよかった。書いた甲斐があったというものです。タイトルの伏線もうまいことか。いやー、でもタイトルの伏線の回収はもうちょっとうまくできたのかなっていう、分かりづらいんですよね、タイトルの回収が。だからちょっともっとうまくできたのかなとは思いつつ、いやでも褒めてもらえると嬉しいです。ありがとうございます。いや、いいですね。どうですかね、読み物として成立はしてます？世に出して恥ずかしくないかどうかのラインってやっぱ自分だとよくわからないんで、どうなんだろうっていうところがあるんで、でも本当に世の中の広いところに何か出すってなれば、もっともっといろいろ洗練したりとか、読みやすさとか雑味というか、自分の文章にちょっと幼さを感じる部分がまだ後から読んだ時にあるんで、ここは直していきたいところが。今ジスタパチパチありがとうございます。感想は優しいのと厳しいのはどっちがお好み？わあ、なんか辛いこと言われそう。必要そうなところで、伸びしろがあると思うなら、厳しく言ってもらった方が嬉しいかもしれないです。まあこんなもんかなと思うなら、さらっと褒めて、終わりにしてもらった方が傷つくはないかもしれない。どうなんだろう。はい、いい感じの方でお願いします。ラインナップに味噌が増える可能性が出てきた。味噌どこで使うんだ？お寿司に味噌、カニ味噌じゃなくて。難しいところやな。どうなんだろうこれ。難しいところや。寿司コインがね、また100枚超えてますんで、また話を進めていきましょうか。違う、寿司の開発をしようと思ったんだよ。間に合わんかも、開発。旬だったら、まだ旬だ。よしよしよし。いいよ。じゃあ、こいつを開発していきましょう。目利きも49だから結構いいとこ行くんじゃないかな。じゃあ、りゅうこさんお願いします。期待してます。で、りゅうこさんがいない間、アルバイト一応入れとこうかな。ただのシャリ。ただのシャリは辛い。ただのシャリは辛すぎる。赤貝が乗ってないただのシャリ。つんない。味噌の合うやつ。ただのシャリに味噌、わさびみたいにピッて塗って終わりっていう。じゃあ焼きおにぎりでいいじゃないってなっちゃう。味噌焼きおにぎりと同じような感じ。握ってる部分だけ。目利きが難しいときた。多分ね、これ目利きの上限100だと思ってるんですけど、コインでそれの上限まで補填できるシステムなんじゃないかなというところで、
全乗せ。これでもそれなり？マジか。70でそれなり。じゃあ70乗っけます。お願いします。いい感じ。いい感じに、どうだ？うわー、失敗した。20点は低い。でも経験値が24入った。レベルアップだ。初めてのレベルアップだ。すげえ。直接そこの数字上がるんだ。てか赤貝って食感55もあるの。えぐいな。それは嬉しい。でも点数低いな。まずか。いやー、目利き40か。いやー、なかなかだな。難しいとこだな。いやー、寿司コインもっと貯めてから行けば。さあ、ここからです。トッピングは今だと割とチーズってトッピングレベル30必要なの。それ厳しいな。となるとですよ。一旦困ったら塩かけとくっすよね。一旦困ったら塩で、刻み海苔か七味のどっちか。タイトルで強調されてるだけに薬を混ぜるのがパンナコッタである理由付けがあると嬉しいかな。例えば夫の大好物だとか。とこなんですよね。で、これ実は作品の一番最後のオチがパンナコッタにちょっとなぞらえてる。あえて桃のパンナコッタにしてるのと、最後の茶色い瓶が実は繋がってるんですけど、そこの表現がどうしてもうまくいかなくて、やっぱりそこっすよね。そこかなとは思ってた。その通りでございます。そこはね、完全に失敗です。いやー、悔しい。そこが本当に悔しいとこです。正解です。そこがうまくいってなかったとこです。まさに。さらに言うと、今回お題目を募集したときに、お題ください、ポーンって言ったときに、パンナコッタって言われたんですよね。やべえ、どうしようつって。なので、オチに関しては結構無理やりではあるんですよね。そう。喋りたいけど、グロい内容を補填するための内容になるんで、あんまり配信中に言語化するのは厳しいか。どうしよう。赤貝に七味って合います？七味乗っけとくか。七味乗っけとこう。一旦これでいこう。どうせうまいでしょ。オッケー。いやー、感想ありがとうございます。やっぱ細かい表現、理由付けとかのバランスがやっぱり難しかった。うまくいってなかったですね。いや、これちょっと次に活かしたいですね。また機会があれば、またお題を募集して、多分仕事中暇なんでお題募集してまたチャラチャラと書きたいですね。もっと時間かければいけんのかな。仕事中にどんぐらい時間かかったんだろう。仕事もしながらだったんですけど、2時間2、3時間ぐらいで書いたのかな。普通に小説長さ書くんだったらだいぶ時間かかってる方かなとは思うんすけど。さあどうだ。よし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 、ポイントが上がっていく。美味しさ6、価格500円。手間の割に手間の割にだな。塩七味赤貝でいいかな。 OK、 新商品ありがとうございます。売上が12万8000、ちょっと低い。また旬の食材切り替えるの忘れてた。結構でも赤貝出たっすね。赤貝なかなか売れましたな。まだ旬か。冬の旬だからいいんだな。オッケーオッケーオッケー。やっぱ最後のタイトルにあげるならそうなんだよな。難しいところだ。
タイトルの意味をもっと考察できるよう肉付けされると読み返したり、想像が膨らんでより面白くなりそう。ああ、確かにそれはありかもしれない。今度自社にエアサス導入しようと思ってます。熱い改造っすね。高価だけどエアサスあるとね、バリッと決まるっすからね。いや、男のれますからね、エアサスは。それも非常にわかる。いいっすね。いいな、エアサス。ワイもズーマに導入したいな。タイトルの方で、せっかく名前が桃のパンナコッタになってるんで、さっきその最後のオチの方でって話をしたじゃないですか。多分、オチのところで、処理工程と調理工程を多分一緒にうまく入れてあげると。あと同一人物のセリフがカッコで連続して一瞬夫と会話かと思いました。なるほど。確かにあれ読みづらいですね。表情の描写を入れるとか、ため息の描写を入れるかなと、他の字の文を挟む、また一つのカッコの中に収めるのがいいかと。同一人物、そうですね。あの辺やっぱ難しいんですよね。いや、結局妻が喋ってる間に夫が息絶えてることを表現したかった時にいい表現方法見つかんなくて形にしてみたんですけど、やっぱり読みづらかったか。難しいな。じゃあの辺ももうちょっと詰めれるですね。もうちょっと上手い表現とかあれば、あそこで奥さんのセリフを全部地続きにしちゃうと、そうすると長ったらしいセリフになって、多分それはそれで読みづらくなるなと思って分割にしたところもあったんですけど、間に何かの表現を挟む。それがいいかもしれない。いやー、後悔の念というか、まだああいう方法もあったかって今まだどんどん思いついてくる。せっかく食事してるんだから食事の音とかをその暗喩にしてもいいんだ。また次なんか書きて。いや、まだ伸びしろですね。ワールドカップ目指せるんじゃないですか。伸びる。ズーマーオーナーですか。あら、ダックサウンドさんもまさか。自分もズーマー乗ってました。ロンホンしてオーバープーリーかましてました。カスタム楽しい。いいっすね。僕もあれですね、ちゃんとしたカスタム環境がないんで、駐車場の端っこでこっそりできるぐらいしかやってないですけど、150ミリロンホイと、本当は太足したかったんですけどね、加工ができないからちょっと諦めたっすね。ちょっとした車庫帳とロンホイだけっすね、今のところは LED 化と。一応ね、あれなんですよ、オーバープーリーはしなかったっすね。普通に細かいセッティングで、ウェイトローラー変えたりぐらいしかしてないですけど、マフラー変えたり、ライトなカスタムしかしてないですけど、今でもたまーに乗ってます。とりあえずプラの外装は全部外しますよね。とりあえずね。で、フットレストの方は、前側につけました。僕の場合は。車高ギチギチにサドル低くしてるんで、スポーティースタイルよりもヤンキースタイルで足も前に手も前にやる感じで乗ってるっすね。もっとね、お金あればいろいろいじりたいんですけどね、なかなかそうはいかないっす。ロンホイもな、本当はフレーム加工で300とかやりたいですけどね。そしたらフレームの加工をして直接エンジン下げる形にすれば太足とかももっと現実味が帯びてくるじゃないですか。幅決まってくるっすけど、本当はムッチムチの太足にしたいんですけど、なかなか、いや、今の経済状況じゃ多分もう無理でしょうね。年も年っすから。いやー、本当はやりたいですけどね、もうどうしようもないっす。辛いな、辛いところっす。今実は軽トラのエンジン変えたりしてますね。実家に帰ったらですが、実家の軽トラがハイパワー仕様に大変なことになっている。やっぱ乗り物いじりって楽しいっすよね。いや、今思うと20代の時とか無理してでもお金稼いでもっと遊んどけばよかったっすよね。今思うと本当にそこは本当に後悔しかないですよ。旬変わった？旬はでもいいのか。赤貝がいまいち単価が上がらない。
あ、エビ入ってるじゃん。エビが旬だから、じゃあエビ入れよう。こっちじゃない。こっちはハマチだ。ハマチとエビで高単価商品並べれば売れるでしょう。いつの間にかお金もだいぶ溜まっておりますな。今何ができるだろう。お客さんをもっと増やしたいからコンサルさんに。どうしよう。この辺もいけるかな。大根おろしと味噌。大根おろしいいな。でも多分もっと予兆が必要になってくるんだろうな。鶏ま、いちごとかコーンとか。プリンとあんこいってみますか。勢いで。全部外しますね。やっぱそうですよね。コンドルハンドルに配線組み直す作業が地獄でした。やっぱ配線大変なんですね。やっぱ怖くていじれなかったっすもん。ハンドル純正のままなんですよ。僕あれの方が好きで。そう。純正の配線全体的に長いんですよね。そうか、切り詰めるんだ。ハンドル短くなるから。そっか、逆の加工か。ボックスの中に収まればいいですけど、ギチギチになる。意外とボックスも、あれですよね。コンピューターポンって放り込んだりすると、バッテリーの上とか、あとはなんだろう、軸のところに抱かせたりするんですけど、結構、ギチギチで開かなくなるですもんね。あんこも開封しちゃうか。勢い任せでいろいろやっちゃう。オーケーオーケー。オーケーオーケー。実にいい感じだ。お茶飲みます。いいなぁ。お金があればもっといろいろやりたいなぁ。やってる人いるか分かんないですけど、最近投資にハマってて、今まで外食とか遊びとか交際費とかに使ってたお金、ちょっとでも浮いたお金はなんか毎月基本的に決まった金額で積み立てとかやってて、もういい年ですからね。もう年金も信用できないし、稼ぎ少ないから、今のうちにできることやっとかないと割と取り返しのつかないことになるかなと思って、最近ずっとそういう真面目なことをやってて、どうなんだろうなと思いながら、本当はもっと遊びたいですけどね。ハーレーのチョッパーカスタムに憧れて、いらないものはほとんどそれで楽しんでました。また乗りたいっす。もう売っ払っちゃったんですか、もしかして。あれもね、結局ね、難しいところっすよね。イカが旬だけど1000円か。まあでもイカにしといていいか。イカでいいや。これでいこう。イカでいきます。イカはいかがなんでもないです。なかったことに今の一瞬。時を戻そう。あれ、チョッパーカスタムもね、たまに街中で走ってる人見かけたりすると、やっぱ、すごい目止まりますもんね。まん丸いヘルメットかぶったぐらいにして、丸サングラスで、ちょっとひげ生やしたぐらいの人が、チョッパーハンドルのバイク乗ってると、おーって思うですもんね。イカでいいかイカでいいか。パンダさん、そんな僕と一緒に怪我してくれるなんて優しい。傷一緒に半分こしましょうね。僕とパンダさんの中ですから、怪我しても半分こしましょうね。あ、プリンなんか寿司っぽくない。そのままプリンでいけそう、もしかして。やった。単品でそのままレーン流せそう。あんこは寿司じゃねえかよ。ふざけんなよ。どこの県にあんこの寿司なんかあんだよ。ちょっとみんな聞いていい？あんこの寿司なんかある？さっきコメントでもあったけどさ、おはぎじゃん。しかもおはぎの割にシャリ見えてるし。海苔もあるし。ウニプリンウニプリン。いや、プリンはいいよ。今見たら皿に乗ってなかったから、普通にプリン単品でいくんじゃない？シャリ見えなかったから。ほら、おはぎって今言ったもん。海苔とあんこはちょっと、ほんとそう。海苔とあんこの組み合わせないよ。アボカドが意外とお寿司に合う。サーモンアボカドとかあるからね。トッピングか、アボカドは。これワンチャンあるだろ。ワンチャンあるぞ。なんかラインナップ充実してきたっすね、だんだん。いい感じ。プリンに醤油かけるとウニになるという話あるよね。昔からまことしやかに囁かれてはおりますが。あれ、信憑性どこまであるのか。実際どうなんすかね。結局、
リンの原材料なんか卵じゃないですか。うん。多分普通のプリンじゃなくて、いわゆる寒天プリンじゃなくて卵プリンの方がいいのかな。どうなんだろう。寒天プリンだったら、明晩漬けのウニの可能性がちょっと出てくる気がしてる。僕の中では。そういう気がしてます。逆にもっと自然な感じなら、純度の高い卵プリンに醤油で、少し砂糖と醤油の塩っ気で、クリーミーな高級なウニは甘いよねっていう理論でそういう理論で言ってる可能性もなきにしもあらずなのではと思わなくもない。どうなんですかねどうなんですかね。アボカドトッピングだ。偉い。じゃあ次トッピングのアボカド大根おろし味噌あたりを開放したいですね。いちご餅はこれスイーツだな、普通の。うん。ウニがたくさん乗ったプリン誰が食うねんって。食えないよ、そんなの。あるのかな。ないと思うな。さすがにな気がするけどな。どうなんだろうね。さすがにちょっとなんだけどな。なんだろう、今までなんとなくバラスルーしてたけど、バラ作ってみようか。なんかあるのかもね、バラも。何かの特性があるのかもしれない。で、あとお金が貯まってるんで、後方でまた人を呼ぼう。で、ライブハウスが今一番安いかな。雑誌広告はただお客さんの頭数一瞬増えるだけみたいなんで、新規顧客はこういうところから引っ張ってくる。よし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 。よしよしよし。いいよいいよ。あれだね、なんか売り上げも100万いったり来たり。あ、ほんとだ。なんで？国がアグレッシブなポーズで止まっちゃってます。あー、バグってる。あー、困った。じゃあ皆さん少々お待ちください。今ちょっと修正いたします。わー、ショック。治る気配ありそう？どう？アグレッシブだ。マイクが邪魔かな。で、こう。多分ね、手のトラッキングが切れてる。トラッキングとかメタ発言しちゃうけど。お手手バイバイしてる。顔は動くのにお手手バイバイしてる。そっか。じゃあちょっとお待ちいただいてよろしいですか？立ち絵の方をちょっと修正いたします。国風一回消します。めぐさいのでね。めぐさい国風は一瞬バイバイ。で、こうして、で、こうして、こっちか。で、治ったかな？ OK、治ったけど、治ったとて、問題はこっから。こうして、で、またね、1調整、2調整用なんですが、ちょっとお待ちいただいて申し訳ない。なかなかちょっとうまいこといかずに。で、ちょっと国風位置が高いんですよ。この状態だとね。そっか。腕飛ぶとこうなるんや。なるほどね。ほんとあれなんですよ。配信環境のね、調整をほんといろいろやらなきゃいけないんですけど、ずっとサボってたんで、これもなんか考えなきゃいけないですね。困っちゃったな。そうか、そんな時期か。いろいろ考えなきゃいけないですね。あとは、メランかな。OK。これで設定ほぼ完了。で、どうしよう。いつもね、お気に入りの、黒っぽい、薄い生地のアロハシャツがあって、最近パジャマに着たりとか、たまにコンビニ行くときに着るぐらいのやつがあるんですけど、黒いから、多分ちょっと、多分ちょっとなのかもしれない。こうかな。マッチョメン。今袖口を肩までまくって国風のこの姿と同じぐらい今肩の露出が
相変わらず肌も白いからね、肩のところ日焼けしなくて、大体一緒。本体とアバター大体一緒。肩だけ。これでいこうと思います。日常の静かな導入からの不穏さを感じさせる流れと食べ物の映像が見える描写は丁寧だったと思いました。嬉しい。嬉しいです。なんかありがとうございます。褒め上手。もうみんな褒め上手なんだから、もう次の小説頑張って書こう。いや嬉しい、褒められるの。ハードロッカーさんがお客さんに来ました。こっちも嬉しい。いやー、やっぱ小説、やっぱ創作はいいですね。感想を言ってくれる人がいるとすごい嬉しいし、しかも褒めてくれるってなるとものすごい嬉しいですね。いやー嬉しい。また今度 X でよくわかんないタイミングでポロッと題材ネタ募集しますね。ぜひ構ってください。よろしくお願いします。小説いいな。もっともっと。バラってそういうことか。この何かと思ったらこの建物のこの手か。この手の観葉植物的なやつや。腰壁ぐらいのサイズの。なるほどね。多分そっちの方がポイント高いんだ。なるほどなるほど。まあでもポイント突き詰めるのはこの先のも全然構へんな。オッケーオッケー。全然オッケー。もう一発候補打ってる。運動場がまだあるな。運動場に候補打ってもらおう。よし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 。オッケー。で、寿司コインが今残り52枚。ちなみに、プリンとかってもう並んでるのかしら。ああ、いいね。プリンもう並んでますね。あんこは、おはぎが並んでる。しかもこれ海苔巻きおはぎじゃない？もしかして。海苔巻きおはぎだ。待って、おはぎってこんな形で売ってるの見たことあります？おはぎじゃなくない？これをおはぎと言い張るその勇気。称賛に値する。これをおはぎと言い切る勇気。おかしいなぁ。岩手県でたまに見るおはぎとなんか全然違うなぁ。うちの方で見るボタ餅とは全然違うな。なんかボタって言わなそう。おはぎやっぱそうですよね。絶対おはぎじゃないもん。でも強化のとこあんこを強化します出てくる。なんでこれ採用しようと思ったんだマジで。いやーおもろすぎるなぁ。やっぱり年配の方に対して圧倒的にキャッチーなおはぎとはね、本当にそう。おはぎの定義を知りたい。これをおはぎと呼ぶならその定義を教えてくれって話になる。あ、プリン高っ。1300円する。いやー子供人気強いな。お寿司のコンテストでこのプリン出したら圧勝できるのでは。今度コンテストでこれ出してみよう。よし、じゃああとはあれだな。経営の方のおすすめの、でも旬になってるな。オッケーオッケー。春はこれでもいけるのね。オッケーやね。いやー経営順調ですな。マジで経営順調。Google のメッセージが来てる。なんでこれ。そういうことか。なんでもないです。配信中にスマホを置こうぜ。なんかだんだんろれつ回らなくなってきた。もう2時40分だもんね。結構配信やってるね。カイロソフトのゲームってその区切りがわかんないんですよね。めっちゃ褒め上手。受付嬢さん。とても満足しました。こんな美味しいお寿司を作る人が悪い人のわけがない。やばい。利益追求の話なんかできない。ちょっと耳が痛い。私の勤める会社の上の階へ上がっていいですよ。何？どういうこと？何？そういうことか。会社の会議室で PR。もっと偉い人が来てくれるってこと？もしかして金持ちが来るんじゃねえか。リトルリーガーがお客さんに来てくれる。いいね。うちでいっぱい飯食って、いっぱい腹いっぱい寿司食って、体作って、大リーガー目指してくれよ。いいね。お店が流行ってると嬉しいね。あと、気持
100万に到達するペースも上がってる気がするな。順調ですな。今の広報はこれか、会社の会議室10万。これ太客来るのではワンチャン。早めに太客呼んどくか。単純に財布、ぶってえ財布持ってる、ぶってえ財布持ってる、恰幅のいい、お金ありそうな旦那にお店に来てもらった方がダメだ。そっち表現汚い。コーン召喚できる。コーン召喚しよう。オッケー。さあ、ラインナップをバッチバッチ増やしていきましょうぜ。バチバチ参りましょう。バチバチ。新しいメッセージっていうのは、ありがとうございます。新しいメッセージの方、今アップデート、メールアプリのアップデートできまして、マシュマロをいただきました。ありがとうございます。マシュマロの方、今この場でさらっとじゃあ読ませていただきます。小説のお題、1、開かずの踏切、いいですね。2、扉開けたらまた扉。3、リスナーに見られてるあたりいかがでしょうか。いいですね。すごくいいですね。そうですね。じゃあ直近でなんかこのうち一つでピックアップしてなんか書いてみたいですね。前はお題3つもらってイラスト3枚描くぜって言って1枚も書き上がってなかったんで、欲張らずに、いつか書こうとは思ってるんですけど、1枚ぐらいは仕上げたいと思ってるんですけど、今回の小説に関してはこの中からお題1つ、ピックアップさせていただいてなんか書ければなと思いますんでね。次の出勤、次の仕事中にチャラチャラっとやろうと思ってます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。嬉しい。ちょっとこれ後でまた X の方で改造させていただきますね。いや、ありがたいですね。マシュマロもやっててよかったな。よし。メールは読ませていただきました。あんこ巻きってありっぽいよ。へえ、あるんだ、あんこ巻き。梅の塩気と甘いあんこは相性いいっぽい。さらに海苔の香りと塩気がよりあんこの甘さを引き立てるらしい。見聞はあるらしい。いやー、やったー。会社役員。金持ちが来ました。嬉しい。いっぱいお金落としてってね。よろしくね。なんか見たことある人だな。中の会長さんも同じ服装だった気がする。太客。会長。太客。嬉しいね。太客は嬉しいね。あんこにカニ味噌、またペースト&ペースで真逆のものやるんだから。さあ、コーンが参りました。いや、いいっすね。王道が増えるとやっぱり分かりやすくていいですね。よっきよっき。よっきよっき。まあ、そんなこんなやってるうちに、うちのお店もね、もう7年と6ヶ月っすよ。皆さん早いっすね。時の流れって早いもんっすよ。このゲームを始めて、いや、先駆け国和市開店してからもう早いこと7年経過いたしました。ご愛顧いただきまして、たくさんのお客様にね、日々うちの方でね、食事をしていただいているところでございますれば、いろんな商品も増えてまいりました。いろんな皆さんの協力もありますし、ラインナップも増えまして、ファンの皆様もね、信頼度が、青天井というところで、毎日、生臭みがプラスされそう。いや、案外合うかも。それは、ぜひ試してみてもろて。ちょっと勝負しすぎな感じはある。カニ味噌はね、お米と単品でその匂い楽しむところはあるけど、あんことどうなんだろう、馴染むのかな。あんこって結局豆を甘く煮たもので、結局豆の深い奥の方から香ってくるものに対して、その砂糖で思いっきり甘さをバーンと添加したものって僕は思ってるんで、独特だと思うんですよね。あれはあれで何かと合わせるって結構難しい気がする。お餅もだってあれはお米で、おはぎか、生臭いものではないじゃないですか。雑穀を練ったもの、もしくはそのベース雑穀。日本人は主食にしてるけど、お米って基本雑穀なはずなんで、穀物なんで、やっぱり匂い強いものと合わせると、あんこはどうなんだろうな。攻めてる気がするな。昔TKG の歌ってあったんですけど、そこにもあんこ放り込んだんですけど、助からないですよね。
そこにあんこと味噌っていうラインナップがあったんですけど、まあ並べちゃ多分いけないような気はしてる。おすすめはしないっす。おすすめはしないですけど、誰か試したらぜひぜひ結果報告お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。結果報告。どうなんだろう。どうなんだろう。なかなか攻めの姿勢が強い気はしてる。そういえばコンクールずっと言ってなかったね。さあ、ぼちぼちやってみます。攻めの姿勢強。お腹壊さないでね。気をつけるんだよ。さあ、前回はハンバーグ寿司をやるのに、多分ノーマルのハンバーグを間違ってやっちゃったんですよ。確かカスタムハンバーグが、これマヨマヨハンバーグ、こいつがいるからこいつを出せばいいんだ。これでいけんじゃねえかな。優勝目指して頑張るぞい。参加者で寿司コイン確かもらえるからね。いい味が出てるね。人生の深みというか、そんな感じのが。僕の小学校教えてあげるからみんなにも教えてあげてよ。すごい深いセリフ言ったけど、この子小学生か。セリフが全然小学生味がない。小学校で PR これでまた新キャラ増えそうですな。やばい、割かしお腹空いてるな。どうしよう。どうしましょうね。ちょっとまた換気しますね。鼻先しびれてきた。めっちゃ涼しい。人間酸欠になると鼻先とか目の下、ほっぺたの上の方とかがピリピリしびれてくるんですよ。酸素の巡りがいなくなって。たまに酸素供給が減ると顔の毛細血管がピリピリするんですよ。今ちょっと危なかった。結構ね、時たまあるんでね、気をつけながらやっていきたいです。よーし、行くぞー。勝てるかな。頑張って勝ってほしいな。いけいけゴーゴー。ダメならハンバーグにチーズのっけた寿司作れば勝てる。焼肉ってずるいっすよね。無敵やん、そんな焼肉。10点10点はずるだよ。だからね、このかば焼き太郎はさ、遊びすぎなんだって。冷やかしじゃん。完全に冷やかしで。まあ、ワイなんかも邪道寿司の、邪道も邪道だけどさ、マヨマヨバーグって。でも子供たちは好きだろう。あ、アジ。今どうだ。あー、低い。厳しい。いや、焼肉はずるいって。それ、肉じゃん。それはさ、肉じゃんだって。食材強化する？ハンバーグ強化するのまだ全然違う気はするけど。ハンバーグ強化しようか、じゃあ。いや、ハマチ強化して、本物の勝負した方が、お店的にはいいのでは？ちょっと待って、ハマチの得意分野を確認したい。これでワンチャン、ハマチの兄貴の得意分野が、学生はどっち？子供？若者？どっちがいいんだろう。ワンチャン、ハマチを全力強化して、ハマチをカスタムして勝負したら、大体どの大会でも勝てそう。よし、じゃあハマチ強化しよう。どのみちハマチは売れるからね。じゃあアイテムいろいろ購入して、であれば、品質の種、鉢の種、お、刺身包丁、買えるだけ買って、じゃあ、これは関係ないけど一応買っとく。グルメオイル、ガスバーナー、相性がどうか全くわからんがって、特選商品。次に買っとくか。ノリと勢いで。一旦これで
どうしようかな。入るうちに玄関買っとくか。悩むな。まあ玄関買っとくか。ハンマーは厳しいけど、この辺ももう買えるだけ買っとこう。視界に入る情報量は少ない方がね。よし。では、これよりハマチを強化します。ハンマチ。待って。ラインナップミスってるかも。ミスってないや。では、アイテム強化。品質上げて、よし。美味しさ10。これも勝つでしょ。で、価値を上げて、値段上がるんだっけが価値上げると。それは違うか。で、食塩水入れて、まだいけるか。美味しくなーれ。美味しくなーれ。食塩水。まだいける。こんなもんか？限界か？まだいけるか。いやー、こんなもんか。パワーアップ。どうなる？よし、いいぞ。これはいいですぞ。いいぞー、これ。もうワンランク上がりそうだ。琥珀さん、あら、まだやってらっしゃる。意外と好調ですよ。意外といい感じですよ、琥珀さん。見て、ハマチ。やっと寿司らしい寿司がうちにも来たんですよ。嬉しい、これマジで嬉しい。もう一回いけるか。可能な限り性能を上げていきたい所存。限界か。いや、待って、グルメオイルがまだある。あの CM が脳内再現される。ハマチの CM ってどれ？ほら、お寿司とかお刺身とか海産物ってご当地 CM あるじゃないですか。ハマチどれだろうな。ハマチの CM どれだろう。これ気になるところ。ブリハマチ。頭が。ブリハマチ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 。いや、懐かしいな、ブリハマチ。元ネタなんだっけな。映像が出てくるのに、フラッシュ時代の。元ネタの作品タイトルが出てこない。あれ、アクションゲームでしたっけが。なんか、格闘アクションゲームみたいなやつだった気がする。パフェイワシ聞いたことない。やっぱりこっちの話ではないのでは、パフェイワシ。聞いたことないやつや。ガスバーナーまだまだいけるね。ガスバーナーもう一回いけるかな。いけ。惜しい。限界か。よし、最後フライパンで。いけ。いやー、いかない。待って、厳選醤油があるじゃないか。美味しくなーれ。強塩キュン。うわ、値段一気に上がった。すげえ、2200円になった。ってことは、単品で1100円だ。まだ上がる。マジ？まだ上がる。いけるか。厳しい。あとアイテムがもうない。抹茶は多分効果ないから OK。 これはもう限界。品質の種と価値の種はあれば使えるけど、これで勝てるんじゃない？もしかしてパフェにイワシが入ってるとか、なんかスターゲージパイの亜種みたいな感じになってる。ね、パイからイワシの頭がジョギジョギ生えてるあれみたいになってる。
ハマチのレベルが激しく上がりましてございます。ありがとうございます。順調ですね。実に順調。いいね、いいね。いいよ、いいよ。すごくいい、君。めっちゃ単価上がったね。ちくわパフェの方がまだマシだと思う日が来るとは。うわ、ちくわパフェなんかで聞いたことあるな。何でしたっけ？ちくわパフェ。実際にどっかであるんでしたっけか、ちくわパフェって。いや、強烈だな。結局、魚の練り物っていうね。スターゲージでカリッとしたイワシが刺さってるか、それから魚の練り物が刺さってるか。あ、そうか、練り物だからまだマシか。究極の二択すぎる。あ、でも究極の二択でもないか。その二択ならちくわか。何でもありすぎて怖い。だって、今、あ、そう、鮮魚店の仕入れの強化ができるから、これを強化するのはあり。じゃあ強化します。OK。で、あと1個はお金で解決。あとは、地域の公園で PR。お願いします。ポチッ。チクパチクパ。ちくわのパフェなんだよ。CKP、CKP。元ネタなんだ？元ネタなんだそれ。多分知ってるってことは多分イニシエのネタなんですよね、これ。うわ、どっかで聞いてるんだな。多分、ニコ動か、フラッシュ時代の多分どっちか、ニコ動かフラッシュのどっちかで多分、知ってるんだ。ただ、ブリハマチがニコ動だったから、多分それ系なのかな。朝月を乗せたお寿司。朝月って何でしたっけ？パッと出てこない。まあいいや、導入したらわかるだろう。よすよす。売上14万1000。なんか、売上下がってきたっすね、ちょっと。なんでだろう。あれか、客層がばらけたから、客層がばらけたせいで席に座るお客さんの頭数に対してのバランスが取れてないんだ。朝月、ネギの一種のことではなく、あ、ネギなんですね。ということは、白髪ネギみたいなやつをサーモンの上に乗っけたりとか。そうですよね、サーモン寿司の上に白髪ネギみたいなのを乗っけて、食べるラー油を乗っけた寿司とかあるんですよね、今、回転寿司で。あ、主婦が来た。嬉しい。主婦層をね、なんぼ取り込んでもいいから。主婦なんかなんぼ取り込んでもいい。いや、最高ですね。来てますね。じゃあ今度は兜町 PR。お客さんどんどん増やしていこうぜ。オッケーオッケー。いい感じいい感じ。羽木なんで青いやつですね。あさっき。あ、青いやつなんですね。でも美味しそう。くっさいの大好き。青ネギうまいんすよね。食べた後に誰にも会えなくなる感じがすごく好き。よし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 。どうか入ったかな。バラもいいな。フライパンとかがまだ一応買える。フライパン買ってたわ。あとは、バラニュー。そういうことか。このお店で並ぶのは初めてってことか。なるほどね。青ネギ、勝手に育ってコスパいいから助かる。いいですね、青ネギ。自分もなんか家でやってみようかな。実家にいるときは母親がいろいろ、なんか適当にペットボトルとか、タッパーの器とかで簡単に育成できる葉物野菜とか、いろいろやってたんですけど、一人暮らしやってからそれの真似しなかったんですよね。ネギいいなぁ。そばも食うし、牛丼も食うし。ネギなんか何個あってもいい。チャーハンでもいいですからね。いいなぁ。やばい。ネギとニンニクめちゃめちゃ食いたくなってきた。チクサくなるやつ。あれうまいんすよね。背徳の味がすんごい。もう今日俺絶対家出ねえって言って食いますもんね。そういう時に限ってなんかよくわかんないお客さんが来たら急に電話かかってきたりするんですよ。
今からちょっと車出せるか。やめてよ、つって。俺口臭いんだって。俺のこの狭い軽自動車で俺と密室で過ごせんのか、お前、つって。俺ネギ食ってるよ、つって。ニンニクだよ。臭いよ。口臭臭いんだよ。大丈夫って。汗かいたらすごいよ。そういう風になりたい。そういう風な、美味しい、もう、人のことを何も考慮しない食生活をしたい。ニンニク塩ネギで総菜。バチコーン。バッカス。事件事故ですよ、そんな。何核融合の話してる。ネギをわざわざ買いもせず味噌汁に刻み入れられるのも最高。これ最高。味噌汁にネギってふっと欲しいなって思うけど、買うってなったらそれなりの金額もするじゃないですか。僕最近それこそ豆腐と油揚げの味噌汁ハマっててよく作ってたんですけど、これだけだと物足りないんでわかめもちょっと入れて、でそこでやっぱりあれなんですよね、もう狭いキッチンで調理が切ったり刻んだりとか大変だから、もうめんどくさって買ってきちゃうんですよ。100円とかするんですけどね、もう刻んだ輪切りにしてあるネギ、塩とか緑とか気分で買えるんですけど、それわざわざ買ってきて味噌汁にドカッ全部入れちゃう。一人用のいい感じの鍋に、一人用でもないか、少人数用の適当な鍋に味噌汁作ると、こういうなんか刻み済みのネギ100円分買って入れるとちょっとネギ多かったりするんですけど、いいんすよね。味噌汁飲んでもぐもぐするとジャクジャクって言うんですよ。シャキシャキしたネギの食感が味噌汁の中で噛み締めると、ネギの香りとね、これも背徳なんですよね。で豆腐がね、やっぱりタンパク質な感じが意外とするんですよ。ネギと一緒に食った時に。舌触りが滑らかだったりするんですけど、ネギの食感とのアクセントが意外と豆腐とシナジーがあって、最近気づいたっす。この手のネギって豆腐と意外と食感合うんだな。年食ってから気づいたっすね。意外とこの組み合わせってうまいんだな、ありなんだなと思って。ちょっと待って、旬の設定してなかった。もったいね。今は赤貝が旬ですね、お客さん。もったいないことしたな。秋だからしまった。10月分も1ヶ月分損した。これは仕方ないね。楽は楽だけど香りが飛んでるから大量投入しちゃうんですよね。刻んであるネギ。そうなんですよね。やっぱ刻みたてのネギとはやっぱちょっとやっぱ差があるっすよね。どうしてもやっぱ叶わないですよ。実際に食材買ってきて自分で調理して作ったものと比べると、香りとか食感とか鮮度とか考えると、野菜なんか特にそうですね。極端な話、肉なんかも冷凍でもともと売ってるやつを使うのか、冷凍じゃないやつ買ってきて自分で一口大にしてちゃんと加工して調理するのかで変わってきたりするんでしょうけど、野菜ほど顕著じゃない気がするっす。あれに関しては悪くならない、落ちない、変化はするけど極端に落ちる気はしてない。ちゃんとしたステーキ焼くとかだったら話は変わるんですけど、それ以外だったら意外と肉は変化ないなと思いつつ、野菜っすよね。思う。野菜と果物。だいぶ違うんですよね。どうしても。なんて話してるうちにまた寿司コインが100枚溜まってるので、また。そう。お肉はまだ手の入れようもありますからね、まだね。そう。結局熱入れるのも加工だけど、それ以外の加工。刻んだり、結局練ったりとか。結局ソースとか味付けの問題でも全然変わってくるですからね。野菜みたいに食感がとか、食感が香りがってあんまりならないものだから、なんなら塩コショウでね、あともう酒で臭み取りしたりとかっていうする前提だから、いろいろ話が変わってきちゃうんですよね。冬だからラインナップおすすめ変わるでしょ。変わらない。このままいきます。月110、もうちょっと待とう。月はもうそろそろ寿司コインがあと4枚あれば朝月は形成できるですね。いやマジでこのゲーム時間泥棒ですね。
となんだろう、軌道に乗ったおかげか、今実質雑談配信に切り替わってて、雑談配信の片手間にめちゃめちゃちょうどいい。序盤やっぱ手かかるんですけど、軌道に乗ると片手間で遊べるのがいいですね、やっぱね。しかも片手間でも変化成長、伸びしろが視界に入って伸びしろが見えてるにもかかわらず、それをなぞっていくとまだまだ伸びしろが後から出てくるっていうこのゲーム構造いいですね。人間のドーパミンの引っ張り出し方をよく知ってるゲーム構造ですよね。さすがカイロソフトさんやってらっしゃる。肉は小細工がいろいろできるんで肉食いたいですね。なんか余計に肉食いたくなってきた今。サイコロステーキみたいなやつ雑に食いたい。それなりの塩とたっぷりの胡椒で。あとあれかな、ただの油でやるのもいいけど、油出るんすよね、最初からできてるサイコロステーキ。成形肉のやつ。あれも嫌いじゃないんですけどね。体にいいかどうかは別として。ガーリックオイルとかわざと使って、深くして熱通して食べたい。まあガーリックオイルじゃなくてあれか、スライスしたガーリック一緒に炒めればその方がいいのかもしれない。別にサイコロステーキ食べたいな。ガーリック醤油、白米、最高すぎる。いいな。今日僕ちなみにこの後配信終わったら空腹なんで白米を、冷やご飯ですけど温めて食べるつもりでいます。さっきちらっと話したんですけど、納豆の変わった食べ方があって、イメージできないというかゲテモノ感はあるんですけど、実はめちゃめちゃうまい食い方。元料理人の先輩から教わって試したら当たりだったんで、それを久しぶりにやろうかなと。1、2年ぐらい前に教えてもらった食べ方だったんですけど、伸びしろですね。純一ダベヒットさん。純一の方か。モノマネ芸人の方。伸びしろですね。納豆に砂糖。そう、それ。しかも、ただ砂糖じゃなくて、納豆に砂糖とマヨネーズ。この組み合わせですよ。皆さん。甘くてふわふわしたドレッシングとか、なんか独特なペーストソースみたいな感じになるんですよ。納豆の粘りが砂糖とマヨネーズとすごい馴染んで、だからもう全く違う料理に変わるので、あれを最初にひらめいた、その先輩がひらめいたかどうかわかんないですけど、天才だなって思う。もうあれを久しぶりにやりたくなったんで、近いうちにやろうと思います。東北とか寒い地方だと一般的ですよね、お砂糖。そうみたいです。秋田だと一般的で、ただ岩手だとあんまり一般的じゃなくて、うちの家庭内でもうちの親父が砂糖入れて食う習慣ちょっと持ってて、ぐらいですね。親父の影響でちょこちょこっと存在はしてたぐらいなんですけど、美味しさは当時わからなくて、で大人になってから自分で試して食ったら、意外とうまいじゃんと。でさらに魔改造カスタムしたそのパターンのやつを教えてもらったら、なんじゃこれうまっ。納豆じゃなくなった。完全に変化する。多分化学反応の部類になってくると思うんですよ、感じ。そのぐらい食感変わるんで、納豆キナーゼと多分マヨネーズと砂糖が何かの反応を起こしてるんですよ、あれは。じゃないとあんなふわふわにならないはずなんで、だから興味ある人はぜひとも納豆、砂糖、マヨネーズ、これで試してみてほしいです。でマヨネーズは想像の2倍から3倍入れてください。本当に化けます。全く新しい料理が生まれるので、ぜひぜひ試してみてください。それをお米とかじゃなくて、なんか、パスタのパターンもあったんですけど、パスタとか、あとサラダ。サラダにかけるパターンとかあったですね。なんかそれが合うみたいです。だからもう、とろみのあるドレッシングみたいな扱いになるらしいんですよ。確かになと思って。僕は今日はそれお米で食うんですけど。いや、単品でめちゃめちゃうまいんですよね。ただ砂糖もマヨネーズもすげえ量入れるから 100% 体に悪い。あと混ぜるときにいわゆるお茶碗とかお椀とかに入れて一生懸命混ぜないとふわふわにならないんで、ちょっと手間かかるんですけど、相当ガーッと混ぜて綺麗にダマなくなじませてってやると、美味しいね創作納豆が生まれるんで、ぜひぜひ興味ある方は試してみてください。よろしくお願いいたします。
ゲテモノかな。でもなんだかんだゲテモノかな。あれちょっと待って。あ、今気づいた。職人の設定忘れてるわい。アホだねー。春尾さんと、あ、間違った。全然間違った。春尾さんこっちだわ。誰がいない？カリフォルニアおるし。で、こっちに、ゆうこちゃん入れて、もう一人枠が空いてる。誰が入ってないの？ゴロータさんか入ってないの？ゴロータさんいるわ。ゴロータさん。ゴロータ。違う。もともと5人しかいないんだ。これもう一人雇った方がいいかもしかして。ワンチャン雇った方がよき？機械室も今あるから、余計に雇ってもなんとかなる。雇おう。じゃあ。では。求人雑誌ドン。じゃあ求人お願いします。お、で今169コイン貯まったので、朝月行ってみましょうか。楽しみじゃのう。楽しみじゃ。飲み物切らしてだいぶ時間が経つが、喉はほどほどに乾く。なんなら腹減りの方が。どうしよう。どうしましょうね。てか、なんなら、このゲーム自体もそもそも終わりが見えないから、適当なとこで切り上げても本当はいい。カイロソフトさんのゲームって区切りがわかんないんですよ。本当に区切るタイミングがわかんなくて。あるとすれば、四半期、3ヶ月に1回ずつ、店が1回閉店して、準備期間が設けられるんで、その間にセーブして終わりってしてもいいんですけど。お、私の修行2、増えてくねー。順調。良いですなー。次々出てくる。求人が終わって、6人入りました。おい、首にしたやつ戻ってきたぞ。さらばよ。君の実力じゃもう無理や。1日3食お寿司を食べています。嘘でしょ。FX で貯金がつきました。うわ、対応しづれー、こいつ。対応しづらいな、ガリオくん。納豆菌が活性化し、納豆キナーゼが増加し、血栓予防などの効果が高まります。また、砂糖の保水効果により粘り気がアップします。さらに少量を加えると、みたらし団子のような味わいになり、コクが引き立つらしい。ああ、なるほど。砂糖と醤油でみたらしか。そういうことね。ここの醤油の代わりにマヨネーズパターンか。てか、そうなんだ。砂糖がそもそもその粘り気アップに貢献してるんですね。これは知らなかったな。面白い発見や。ガリオしかおらんな。勝利65。じゃあガリオくんよろしくね。よし、OK。で、ここの職人をガリオに切り替える。あらばじゃ。ガリオ目怖いな、こいつ。なんか。丸米ガリオ。なんか目赤い、こいつ。怖い。よろしくね。さつき。ほぼ万能ネギの、刻んだ万能ネギですね、これね。さつきいいですね。万能そう。何でも使えそう。トッピングのレベルが激しく上がるのではないでしょうか。嬉しいね。どうしよう。今の感じだと、ガリオの調理が65あるから、ガリオを修行に出して調理を70、80ぐらいまで伸ばしてあげると、いやー、70、80足んないか。ただ、80あれば、85だ。今のガリオだったら、80か。80あれば、ハンバーグにチーズを乗せられる。よし、それでいこう。ほぼシャリですがな。ほんとそう。
シャリの上に申し訳程度の小ネギパラパラって散らしただけっていう問題ありすぎ。じゃあガリを修行に出すか。いやダメだ、ゲーム終われない。どうしようか。今ね3時13分。みんな大丈夫？眠くない？みんなどう？もうね、このゲームはね、終わるタイミングが本当にないから、ノーマンズスカイよりも終わるタイミングわからない。だって一生同じ場面続いてるから、切れる場所ないよね。操作しなくても勝手に進んでっていろいろ事態は動くし、なんなら画面ついてる間はずっと手がかかるところまである。こうやって旬の商品変えてみたりね。ハマチは最高に熱い。ミダリイカかな、イカのランクも上げたいけどなーってなるんですよ。変わってると。セーブしとくか。マジでやめときわからん。あと意外とあれですね、なんか金額が100万から伸びない。あ、そうか、そもそも建物の拡張もしてないしな。ハンマー買っとくか、勢いで。勢い大事。で、大胆にもこの辺を買ってお金をゴリゴリ減らしていく。生きた心地がしないレベルでお金を使っていく。グルメオイルがまだ7000円台で買えるなら今のうちに。8000円になった。9000円になった。かい。やばいやばい、資金がやばい資金が。さすがにこのまま買い物続けるのは危険な感じはあるが。なんだこのツルピカンデラックス。鉄をピカピカに磨きます？なんだそれ。よくわからないやつやった。危ねえ、ギリギリセーフだ。ピカピカンギリギリ変えたかな？変えないか。ねえ、危ない。どうやら職人さんの数が足りてなさそうだな。どうしようかな。そっか。注文のキャンセルが。お、来た。アナゴのご注文が入りました。アナゴを食べたいとお客様から要望が上がっていますよ。アナゴはもう、アナゴ行きましょう。すぐ行きましょう。アナゴなんてね、もう何本置いたっていい。間違いないの。なんなら今までアナゴ置いてなかった意味がわからん。115枚。OK。じゃあ115枚貯まるの待ちますか。終わんねえ、マジで。全く終わんない。いやー、困っちゃったっすね。困っちゃうね。カイロソフトのゲームは時間泥棒なんでね。本当に時間泥棒。何があるわけじゃないけど、延々とずっと時間潰せる。本当にもっと細かいとこまで行っちゃうと、なんだろう、お客さんのステータスとかもこうやって終えたりとか、あとはこの辺の予算とかいろんなものを加味した設定とかもいろいろできるんで、いいね、好き嫌いがだいぶ確かね、女性キャラの好き嫌いが OL の人が確かかんぴょう巻きに対し親の敵みたいにその怒りを覚えてる女性がいたんだけど、どれだっけかな。いや主婦じゃねえな。 OL だっけか。 OL か。確かかんぴょう巻きに多分親殺されてるんですよ。ありえんレベルでかんぴょう巻き嫌いっていう。大好物がプラス4だったらもうマイナス4は本当に大嫌いのさらに上っすよね。見るのも嫌っていうレベル。レールに流しただけで苦情来るんじゃないかレベルですよね。4までいくと。いや。お、ハンマー追加来ましたね。今ハンマー2個あるから拡張できるんじゃないか、もしかして。
今期の売上17万5240円。自己ベスト更新です。ありがとうございます。いいですね。順調ですね。営業も8年6ヶ月となりました。8年半経過いたしました。いやー、区切りがまだお店の広さ、半分に拡張していいことにするか。ハンマー2本あるけど。素晴らしい。もう1個拡張できるけどどうしようかな。もちろん奥にレールは伸ばすのですが、伸ばそうと思ったらここしかないか。よいしょー。ありがとうございます。いい感じですね。で、22万しかないので、ちょっと増改築は厳しい。お金がかかるんでね。一回あるものを壊して新しく買って設置しないといけないから、ちょっと心もとないな。せめて30万、40万ぐらい欲しい。10でも足りねえか。これ、ここのとこ全部だもんね。でもレールも伸ばしたいし。で、レール伸ばしたらそろそろ各レールに職人さんを一人ずつ追加したいところ。ああ、暇人さん、寝ます。おやすみなさい。じゃりじゃり。なんかくっちょい。了解いたしました。暇人さん、今日もありがとうございました。お疲れ様でございました。ゆっくり休んでください。じゃあ、暇人さん、今日もいい夢見ろよ。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあどうしようかな。いいタイミングですね。じゃあもう皆さんもそろそろ眠いと思うので、こんなとこにしときますか、配信も。そもそも、終われないので、このゲーム。では、一旦セーブして、ありがとうございました。タイトルに戻りましょうかね。よいしょ。やべ、消しちゃった。タイトル戻るつもりが間違って丸々消しちゃった。締まりが悪いからタイトルだけ出すか。失敗。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、寿司街道お楽しみいただけましたでしょうか。2回目やるこれ。多分ね、この先絵面は変わらないと思う。遊べって言われたら、遊べるけど、絵面は多分ずっと変わらん。この感じ。意外とあれだったね。単発で、中途半端だったけど、単発で終わらせるには程よい感じだったかもね。流れこんな感じかで言って、あとここから追加要素とか開放要素がカイロソフトさんお得意のね、開放要素でゲーム性が変わってくるっていう流れがあるので、そういう意味ではぜひぜひここから皆さん自分たちの目でね、実際に遊んでこの先をちょっと確かめてみてはいかがでしょうかというところでございます。おすすめはですね、カイロソフトさんのラーメン作るゲームがあるんですけど、あれが非常に面白い。ラーメンの魔改造をどこまでも極めることができる。足し算の美学もあれば引き算の美学も非常に楽しめるゲームなのでね、そっちも試してみてはいかがでしょうか。例に対して寿司でかっ。確かに人の頭ぐらいえぐいな。多分サーモンとか1枚あたりがもう人間の手のひら縦に手のひら合わせたぐらいのサイズが多分ネタがありそうね。雑談配信の時の背景にいつありかもしれない。ゲーム配信とは名ばかりの雑談配信やるときはカイロソフトさんのゲームで遊ぶとかっていうのもなきにしもあらずかもしれない。でも序盤は手込んでやっぱり集中しちゃうんですけどね、一回波に乗っちゃうと時間経過でコインを貯める、お金を貯めるとかっていうフェーズにどうしても入るので、そこ加味するとやっぱ雑談しながらだとワンチャンちょうどいいのはあるかもしれないですね。どうですか、面白かったですか、今回の寿司街道自体。でも途中、だれるシーンもあったし、流れが変わんなくなっちゃうから、ちょっとやっぱだれちゃったかなって思うところもあるんでね。そこは反省点としつつ、そもそも、このゲーム自体が実況配信で、ねえ、6時間もやるゲームでは少なくともないわけで、それは持ちませんわ。もう雑談配信、でもあれか。
雑談配信オンリーで6時間やるよりは、同時にこういうちょうどいい感じのライトだけどツッコミどころ満載で、ちょっとしたところでクスクスっと笑えたりするゲームっていうのはすごいちょうどいいのかもしれないですね。はい。今日はね、ちょっと珍しい試みで、はい、カイロソフトさんの海鮮寿司街道遊ばせていただきました。ありがとうございました。カイロソフトさんのゲームはね、なんだろう、たまにまとめ売りでセールされてて、まだ遊んでないタイトルが10本ぐらい控えてますのでね、また似たような感じでなんだろう、肩の力抜いて雑に遊びたいなとか、ゆるーく遊んでおしゃべりとか楽しみたいなぐらいの時にまた遊ぼうかなとも思ってましたんで、その時はね、またお付き合いいただければなと思います。まあ、カイロソフトのゲーム遊び始めたら、なんか雑談したいんだなと思っていただければそんな感じで思っていただければと思うのでよろしくお願いいたします。3時半だ。みんな寝る時間は大丈夫かい？夜型の人は大丈夫だろうけども。国和は意外と仕事やるときは朝からだからちょっときつい線はあるよ。自業自得。自業自得。自殺行為。ね。これはよろしくない。こんなもんにしときましょうか。もうみんな寝たかな？じゃあ、こんな遅い時間までお付き合いいただき、誠にありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。あと小説の方もね、読んでいただいて感想もらえたの本当に嬉しかったです。お題もね、マシュマロの方でいただきましたんで、3つのうちから1つ選んでなんかいい感じの小説書いてね、あげるというか、また PDF の形にして読みたい方にお送りして、また評価とかしていただけたら嬉しいなと思います。なるべく短い文章でも楽しめるような文章を書けるようにね、これは練習の機会と思って作品の創作に取り掛かろうと思いますのでね、それもぜひぜひお付き合いいただければと思います。だからすいませんね、なんかいろんなものに付き合わせてしまって、本当に申し訳ないです。本当にみんなが見に来てくれたりとか構ってくれるから、こういう活動とか創作とか配信活動もですけどね、いろいろはかどったりとかモチベーションが続いたりするのでね、モチベーションといえばね、グッドボタンを押せれてる方はぜひ最後にポチッと押してってグッドボタンでプラスしておいてくれるとね、すごい嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。現金なものでやっぱね、数字があると嬉しいんですけどね、気にしないようにとは思ってたんですけど、人間は現金ですよ。はい、長引かせてもあれですからね。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさい。じゃあエンディングいきます。ポチッとな。